こんばんは。12月31日水曜日22時のコマリンライブを開始します。わーい。で、準備しますのでお待ちください。そもそも配信ができているのか。できてるな、これ。ちょっとフライングしちゃいました。で、今から配信の設定をするので、少々お待ちください。あ、できてる、多分。あ、でも、コマリッコ不仙台になってるタイトルが。年越し配信、レジンの質問やいろんな返答しつつまったり押しますにしよう。押して、あ、嘘できてないかも。公開モードになってる。今公開にしたんで気づいてくれる方がいるかもしれない。できてないかも。ちょっと待ってね。スマホ。まずスマホでチェックします。できてる。ということで、こんばんは。変なチャット開いてて誰もいないと思ってたら結構いてた。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。もう大晦日に来てくれてめっちゃ嬉しいねんけど。こんばんは。今日はね、もう今から1月1日までやります。わーい。1月1日までやりますよ。ね、ありがとうございます。今日はね、前から話してた通り、レジンはするかな？なんか、見せた方がわかりやすいみたいなシーンがあったらレジンもするかもしれないんだけど、コマリとこちらの手元とコマリで2窓で配信させていただきます。帰ってこれた、よかった。こんばんは。ね、音とか大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。今日はね、年越し配信用に事前に質問を皆さんに受け付けておりました。2週間ほどフォームで。その結果こんな感じで、もうたくさんの質問をねいただきましたので、これ答えつつ23時59分になったらやばいって感じでね、わーって言おうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。大丈夫だった？最初私を下にしよっかなって思ったんだけど、下の方にチャットがあるかなって思って、たまに目が合うかもしれないんで、ガン見してもらってね。ね、そんな感じでやっていきますね。いやー、何分かかるだろう。0時までに全部答えれるんちゃうかな。真剣に集中してレジンとかせずに質問にしっかり答えたらいけるんちゃうかなって思ってて、で0時になったらまた毎年恒例春の海流しますんでね、正月気分を味わってくださいね。もういい世の中になったよね。こう家にさ5つ数百人の人と一緒に祝っとるみたいな状況になれるのっていい世の中になったよね。どんな質問が多かったですかって。レジンの質問がめっちゃ多いけど、たまに人生相談みたいなのもいただいたので、答えていきたいと思いますね。で、ちょっと待ってね。動かしたいな、マイク。肩。これでいいかな。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。来てくださって。キャー目があったって言ってくれてる。ということで、もう
こちらの質問ガンガン答えていきますのでね、送ってくださった方本当にありがとうございました。で、いろんな、私へのメッセージとかもいただいてたんですが、今回は質問の部分だけを切り取ってこちらのプリントに載せております。他の部分も全部読ませていただきました。ありがとうございます。こんばんは、夜勤中にお邪魔しますだって。お疲れ様です。えらい、もう大晦日に夜勤されてる方も結構たくさん、事前のチャットでね、結構たくさんいるかなって思ってたんだけど、本当にお疲れ様です。頑張ってくださいね。ね、今日も可愛いとか可愛いって言ってもらえて嬉しい。私、5時に風呂入って、その後からずっとメイクしてたんやけど、ちなみに下はパジャマね。そんな感じでよろしくお願いします。で、ちょっと待って、先に言っとく。1時じゃない、1月1日になったらやりたいことがあって、私、猫好き姉ちゃんにこれ買ってきてもらったねん、これ、見て。じゃーん。クラッカーを買ってきてもらったで。もうこんなんやるのさ、5年ぶりぐらいじゃないかな。ちっちゃい頃1回だけ子供の誕生日にパンってやったらめっちゃ泣かれて、で、それからやってなかった。すごい久しぶりにさ、クラッカー鳴らそうかと思って年越したらめっちゃ楽しみなんやけど、まだ我慢しよう。年越したら鳴らすね。すんごい楽しみ。5年ぶりじゃないな。子供がちっちゃい時だから。7年ぶりとかそんぐらいかもしんない。にクラッカー鳴らしたくてすごい楽しみ。ダイソーにあるんだって。キラキラテープが飛び出すクラッカーが。これ年越したら鳴らそうね。めっちゃ楽しみ。これこっちに置いておきます。2回目ましてですって。嬉しい。ありがとうございます。ということでまったりいきますのでね、お菓子などつまみつつテレビなども見ながら、みんなテレビ見ながら見てくれてる方何見てるやろ。さっきまで紅白子供たちが好きなアイドルが出てる言うて見たいって言ってたから見てた。私もクラッカー買えばよかったって。今言ってももう間に合わないよね。オソロンのブラウスかも。どこのやっけこれ。名前忘れちゃった。結構気に入ってる。久しぶりに来た。よし、行きます。ということで、質問答えていきますね。よろしくお願いします。テレビもこまりさん、すごいありがとうございます。縦長テレビで見にくくない？孤独のグルメやってるんや。私好き、孤独のグルメ。では、まず1個目からいかしていただきます。じゃーん。カレドショコラのラングドシャうますぎさん。何それ気になる。まず名前で気になるな。はい、質問はこちら。商品としてレジンを売る際に実際に技法はどこまで OK にしていますか？作品を今後販売チャレンジしたいと思っているのですが、どこまで OK にすればよいか悩ましく、金具とかもステンレスにするかとか、どこまでこだわるか迷っています。おまりさんの販売物に対するこだわりなどがあれば教えてほしいです。これむずいね。私、たまに気泡が入ってますっていう体でアウトレットで販売するものがあるねんけど、だいたい気泡の大きさが3ミリ超えてて、パッて見た時に気泡ってわかるやつがある時はアウトレットにして気泡あるよって言うんやけど、3ミリ以下の時、2ミリかな、2ミリ以下かなで、パッと見てよく見るとわかるなぐらいの時はもうアウトレットにはならないみたいな。でもね、気泡の場所にもよるんだよね。ちなみに今ここにアウトレットがあるんだけど、違う、このアウトレットはね、メンダコちゃんが動かなくなっちゃって、封入とうまいこと挟まってもう永遠に動かないんだよね、このメンダコちゃん。どう頑張っても。これアウトレットで今手元にあって、何個かアウトレット今おるねんな。2ミリぐらいで位置によるかなって感じ。位置がほら下の方にあって分かりにくかったらアウトレットにはならないみたいな。で、一応商品ページに気泡とか入ってます、手作りなのでみたいな注意書きは絶対するようにしてるよね。なんでもうこれ難しいよね。でね、絶対に注意書きは書くようにしてて、過去に結構販売始めて序盤の頃に苦情来たことがあって、気泡が入ってますっていう、そんなでかいの入れたつもりなかったんけど、でそれ以降は
とりあえずレジン作品は全部それ書いとこうって感じになったよね。なんで難しい。でステンレスにするかどうかはもうしちゃった方がよくて、今ステンレスって安いんですごい。私が販売してた初期ステンレス今の5倍ぐらいしてたんだけど、取り扱うとこが増えて競争しだしてどこも値下げしたもんで、ステンレスって今すごい安いんだよね。ステンレスマルカンとかピアスとかも。でステンレスだと、アレルギーはステンレスでも出ちゃう方いるんだけど、黒ずみが抑えれるって言いたいところなんだけど、前回のライブで話してたようにステンレスなのに黒ずむやつが最近登場しちゃって、主にシーインとかあの辺で売ってるやつ、ステンレスなのにステンレスじゃないみたいなやつが現れてるらしくて、それがちょっと見分けるの難しいよね。でもしちゃった方がいいよね、販売しようって思ってるなら。趣味とかでもプレゼント用もステンレスがいいかもしれなくて、とりあえず100均とかのやつはすぐ黒ずんじゃうからね。そんな高くないから、私がよく買うのはピンクゴールドさんってとこ、楽天市場のあそこ10個から売ってるから100円とかで10個丸缶10個120円やっけ、そんなに神経、もっと安いか、10個じゃないかもよくわかんないけど、ピンクゴールドさんってとこおすすめ。そこの黒ずまないで報告いただいてるのはシーインとかのは黒ずむらしいステンレスって書いてあっても、さすが某国って感じだよね。なんでその辺だけ気をつけつつステンレスおすすめしておりますよね。そんな感じでした。早速こんばんはってたくさんありがとうございます、いい締めくくりだよね。いろんな方とご挨拶して見てくれてる方もね、ありがとうございます。気泡もキラキラして綺麗な雰囲気なら気にならないかも。そう気泡好きって方も いてるしね、難しいよね。10時半から某アイドル事務所のカウントダウンライブ見ながらこまりさんの配信も見ますって。ありがとうございます。一緒に見てくれて。もしかしてこの中に同じもの見ようとしてる方いてるかもしんないよね。でどんどんいきますよ。続いてはじゃん、ボーナス頼りにレジンの福袋すでに買いすぎている女ボーナス出たかな、大丈夫だったかな。こんにちは。ライブ279回で出てきたクリームソーダなどのモールドで作るのが大好きなのですが、細い線を埋めるときにどうしても効果ムラができてしまいます。クリアにしたり光の強さを弱くしてもどうしてもドデカ気泡が発生してしまいます。何が原因なのでしょうか。コツや対策などがあれば教えていただけると幸いですと。279回、もう分かってるんだけど原因は。まず私が作った時にできなかったからレジン液だと思うんだけど、もし私と同じレジン液を使っているとしたら、指が反応しない。指が反応しない。反応した。カリンレジン279。でもちょっと私の検索すると私が出てきてやだね。最初に279が出てこないね。279で検索しても私の動画が出てこないっていう。これか。何も見せたい。完成品を見せたいんだけど。わかる。セリアのさ、フルーツというかスイーツシリーズのやつだよね。他のやついっぱい作ってる。ネット重いね。もしかして年末だからかな。これ年末でネットが重くて見せたいのに見せれない。この白光もすごいね。ちょっと待ってよ。シーインで金具を買ったことあるけど、届いた時から黒ずんでました。それはステンレスって書いてあったのに黒ずんでたんかな。あった。これわかるかな。これだよね、きっと。この電気が映っちゃう字幕が出てるね。このやつやと思うんやけど、原因は下の方が固まってなくて、
で上の方だけ固まっちゃってて、下から気泡なんてやろ、表面だけ固まってて下がやわやわなもんで、下のレジンが歪んで隙間とかができて気泡ができるんだけど、これレジン液次第ではできなかったりするし、下から当てたらいけるんちゃうかなって思うけど、ライトを下から出てるんだよね多分。今手持ちのレジンでやり方変えてうまくできるようになりたいって思ったら、こうライトをこうやって置いちゃって、この状態で眩しい、この状態で下から当てたらいけんかな。ステンレスで黒ずんじゃったんだね。やっぱりあれだよね、あれはあれだよね。そうだと思う。あと、レジン自体が収縮するタイプとか、あとサラサラじゃないタイプだと隙間があったりするからね、見えないだけで角の方に空気入ってたりするから、レジン液を変えるのと下から当てるのでいけんかなって思う。あと色濃すぎるのもダメ。効果ムラ出ちゃうから。色が濃すぎても生まれる、効果中にその3個かな。レジン液変える、着色剤入れすぎない、下から当てるでどうにかならないでしょうかね。うまくいったらまた教えてくださいね目がって言ってる。またライト登場するかもしれない。こんばんは。ちゃん終わったので、こまりさん、こまりっ子の皆さんと初の年越しライブよろしくお願いしますって。ありがとうございます。年越し自体は2回目だよねコメント早すぎてついてくのに必死そうやねん。縦長やとね、スマホによっては3行しか出ないからね。もう今日誕生日は私はパソコンで見てるから気づけると思う。誕生日の方もしいたらね。皆さん無理せずお付き合いくださいね。で、続いていきますよ。じゃん。かなり最初横置きしてたのでラベルが全部読めずなくなりそうなものを追加購入できない女名前がみんな面白いね。個人的にずっとシェイカーに入れられるパーツを作れるちょうど良い大きさ、厚さのモールドがなくて困っています。可愛いのに大きすぎてシェイカーに入らなかったり、小さすぎて目立たなかったり、欲しいハートはたくさんいろんな大きさ種類があるのですが、もっとたくさんの種類があったらいいのになって思ってます。特に自分は推しグッズを作りたいので、推しの概念パーツとか欲しいなと思うのです。ただあまりこれで困ってる方を見ないので需要があるか分からず要望も出せてないのですが、どう思いますか？わかるかも。推しとハートとかはシェイカーにちょうどいいやついっぱい出てるよね。どこにあるかな。こんなんじゃんね。こういうシェイカー用の細かいパーツってことだよね。自分の好みのやつがないって感じか。正直さっきから話してるシーンとか、テムとかに日本よりめちゃくちゃあるんだよね。言うたら日本の企業も中国から仕入れてるからね。めちゃくちゃあるんだけれども、そういうとこで買い物したくないって方もいると思うんだけど、そういう海外サイトのやつをメルカリとかで転売っていうんかな、小売りもそういう職業として小売りをしてる方が多いから、メルカリとかラクマに意外と楽天とかアマゾンにないものがあったりする。海外サイト嫌だったらね。で、私も推しの概念パーツってものが分からなくて推し活してないから、この中に推しの概念が分かる方いるかな。で、もっとどうにかしたいんだったら作っちゃうのありで、モールドを作れる道具を売ってるんだよね。なんつうんやろ、四角いブロックの中に液流して、で粘土で作った形を入れて固まったらモールド完成みたいな。お湯丸でもいいか。モールドを作っちゃうのありかもしんなくて、多分デコパーツだったらそういうのいっぱいあると思うんだよね。レジンのモールドじゃなくて、もうすでにセリアとかダイソーに推し活コーナーとかにある封入みたいので
ネイルチップで探すといろいろありますよ。だってネイルチップにつける用の指の先にちょんってつけるようなデコパーツってことかな。ね、多分レジンを飛び出した方がいいよね。ネイルとかの方が充実してるからね、世の中のアイテムって。で、そういうのをお湯丸とかモールド作るやつで複製できるようにするのありかなって思う。ただ推し概念が分かってなくて申し訳ない。推し概念とは、推しのほら絵文字とか名前の後ろにある推しマークみたいなああいうやつってことかなって思うねんな。初コメだ。ありがとうございます。オリジナルモールドを作ってる方がコメントしてくれてる。エポキシパテなどで原型を作るといいですよってね。もうモールドを作っちゃった方が良さそうだよね。リクエストをしても作ってもらえるかわかんないからね。あとこれ今はいないんかな。ミンネとかにモールドを作るオリジナルモールド受注してる方とかを過去に見つけたんだけど、こんなんに頼むとかって思うんだけど、どうかな。で、漢字でね、もう推し概念が分からず申し訳ない。私が推し活そこまでやってないせいでね。でも詳しい方がいっぱいいる気がする。作るの良さそうかなって思ったモールドからね。で、そんな感じであんまり知識ない部分も結構あるんで申し訳ないんですが、分かる方ぜひぜひ教えてください。で、続いてはじゃん。どんなキャンディーを買っても装飾していくと結局同じような色になってしまう。どういうことあれかな、濃度とかが一緒になっちゃうってことかな。いつもたくさんのものを作っていらっしゃいましたが、お気に入りのものなどがあれば教えてほしいです。で、それはもうね、完全に今年は琥珀糖が楽しかった。しまった、見せたいのにあっちにあってさ、取りに行くとパジャマ見えちゃうからできないや。今ないかな、この辺にね。昨日スレッズに投稿したんやけど、私のインスタグラムで私の投稿で人気やったやつ、トップ Q ってやつがさ出せたねんけど、ね、その中でもね、もう琥珀糖が人気すぎて、見えるかなこれ。ボタンどこやっけ。間違えた。ピントあった。じゃーん。ね、こんな感じで琥珀糖がすごい好評やって、リールもいっぱいあげたしね、琥珀糖は。多分今年一番作ったの琥珀糖ちゃうかな。マジで琥珀糖気に入ってるし、来年もいっぱい作るんじゃないかなって思う。うちもシリコン材でモールド自作したりしてますよ。ね、してる方結構いる気がする。エポキシパテ、昔よく使ってました。エポキシパテってなんやろ、初めて聞いた。パテってなんやろ、練るやつかな。練ってどうにかするってやつかな。パジャマダメ。レジン、パジャマっていうか部屋着なんだけど、レジンめっちゃついてて超汚くて、もう一気に貧乏臭くなると思う。琥珀糖だね、完全に今年はって思う。続いてはじゃん。こまりさんの名前の由来を教えてください。あとプラスチックのこまりさんの丸いタグはどこで購入できますか？実はこれは過去に10回ぐらい聞かれてて、こまりの由来は私の公式サイトにも書いてあるねんけど、長女がリコって名前で最初リコママメイドでやろうとしたんだよね。なんか剥がれてる。リコママメイドって名前でやろうとしたけど、そのまんまやと安直だなって思って、ちょっと名前をもじってごちゃっとさして、リコママメイドがこまりメイドになって、でこまりメイドになったって感じだよね。これは別に公式サイトに書いてるからね、いいやって思ってる。そしてこのタグはね、ナナズグッドだよね。こんな感じで、これで2000円ぐらいで作れた気する。で、注意なのがこの QR コード飛べないらしい。全然意味ないらしい。なぜかこの QR コード
ナンナズグッドってとこの、もうこの板1枚に自分の好きなデザインを印刷できるっていう商品がね売ってて、 L サイズこれ2000円なんだけど、初めて買う時半額じゃなかったっけ。なんだけど多分今2000円やった気する。それでね、この困り画像をキャンバで作ったやつをボーって並べてる感じ。でもここにいろんな写真をさポッポッポって並べていっぱい一気にアクスタ2000円で作れちゃうとか、そんなこともできるらしい。タグまねっこした。私もこれこまりっこさんに教えてもらって作ったからね。ナナズグッドじゃないんやってなんて言うんやったっけ、忘れちった。名前ねこまりじゃないんだよね全然。しかもさ、こまりって名前のせいでちっちゃいと勘違いされる身長が。なんかちっちゃそうじゃんね、こまりって名前。本当は大まりなんだけど167センチあるから、この名前のせいでちっちゃいと勘違いされちゃう。でぜひね、ナナズグッドのなんちやろ SML サイズ展開されてるセブンズグッドだって、セブンズグッドで作ってみてくださいね。これもでも海外サイトなんだよね。だから海外サイト基本クレジットカードじゃなくてさ、ペイペイとか辺使った方がいいなって思ってる。並べるの大変やし、再注文するときに注文履歴から頼めないから、もう一回作んなきゃいけないのめんどくさいよね。だから一気に 3枚作っといた。一気にめんどくさいから。こんな感じですね。セブンズグッドだそうです。はい、これもいい加減どっかに貼って紹介しようかな。すごい聞かれるからね、わざわざ聞いていただくの申し訳ないし。私もそれ作ったんですけど、上下交互に詰め詰めしてできるだけたくさんできるように時間かけて調整しました。そうそう、こう隙間になんつうやろ、こう並べるんじゃなくてこう並べていくみたいな、そんなことしてた私も。安いからね、送料込み2000円ぐらいだから。送料込みだっけな。でももう、はい、続いてはじゃーん。職場で年末ジャンボの話をしすぎてみんな購入しそうな勢い。共同購入とかしちゃえばもうみんなで一人でかいの当たったらラッキーみたいなね。でもこれニックネームなんだった。さんからの質問で、シェイカーの中に入れる液体は基本的にオイル系が推奨なのは理解しているのですが、グリーンオーシャン社の魔法のオイルは精製水で濃度調整可能となっています。水性での封入をしたことがないのですが、こまりさんはしたことがありますか？カビなどが生えるのか、生えるかの性があるそうなんですが、体験したことはありますか？私今までシェイカーに入れたことあるオイルはベビーオイルと魔法のオイルだけなんだよね。これでさ、精製水で薄められるってことは水性ってことか。魔法のオイルこれでも私魔法のオイルこぼした時にぬるっとしてたから油なのかなって思ってた。水性なんだね。で使ったことなくて、これとベビーオイルしか。普通の水はカビ生えるらしい。やっぱり水道水とかミネラルウォーターって雑菌が入ってるらしくて、でそういうのが完全にないのが精製水らしいんだけど、これも先週のライブで話になったねんけど、水道水を沸騰させて蒸発した水分を集めると精製水が作れるらしい。めんどくさいよねそんなこと。なんで水は生えるらしい、カビ。多分そのせいで水ダメなんだろうね。私も作家ではないけど、こまりさんの真似っこがしたいって、どんどんねしてくださいね。2026年も年末ジャンボ外れましたって。そっか、もう発表されてるんか。年末ジャンボ宝くじとか買った方いてるんかな。私もう定期購入でとうとうやっけずっと買ってるからな。とうとうとなんか最近違うとうとうから変えたんだった。なんかに変えた。当たりたいよねいつか。
うちの水道水ならサビ水やしあかんねって、サビ水出てくるのかなね。そのせいでカビが生えるらしい。ドラッグストアあるらしいで。さっきからね、抽選販売が届いたっていう報告をしてくれる方がいっぱい見えて嬉しい。ありがとうございます。また来年もいっぱいしたいなと思ってますね、抽選販売。ということで、2枚目に行きますよ。理科の実験で作ったっけ忘れちった。さっき掃除機かけてたらレジンで作ったクリスマスピアス片方だけなくなってたのが出てきた。すっきりだね。今日掃除しとった方多いんちゃん。我が家も私以外の人間たちは大掃除してたんだけど、朝から大掃除始まって、でみんな途中で飽きちゃって、なんちやろ、ひっくり返して出した状態でみんな飽きて終わっちゃって、今家中廊下とか物だらけになって、今年一番汚い状態で年越すことになっちゃった。みんな途中でやめちゃって飽きたらしくて、年越し家一番汚い今年。今この家すごいことになってる。こんな状態ですね。そうトトだよね。初めて話した時にとうとうくじやってるって言ってトイレのマークめっちゃ流してもらった記憶がある。で続いてはね、ちょっと似た悩みが2個続いてるので一緒に答えようと思ってるんですが、ヤトラのあずゆさん。最近レジンをした翌日に顔の皮膚がザラザラになり、ポロポロむけるようになってしまいました。恐れていた蓄積によるレジンアレルギーなのかと怖くなってきています。マスクは二重にしてますし、手袋もニトリールのものを使っています。レジン大好きですが、やめないといけないのでしょうか。で続いての方も、プルンママさん。レジン製作大好きなんですが、顔がチクチク喉の違和感出てしまいます。がっつりたくさん作りたいですが、なかなか進みません。レジン液の開発してほしいです。質問ではなく要望になってしまいましたってね。ありがとうございます。2人とも同じ悩みで、レジンするとアレルギーだよね。アレルギーが出てしまうっていう悩みなんだけど、これ私2液したらなっちゃうんだよね。この状態にもうマスクして手袋がっつりしても、この皮膚の露出してるところに出ちゃう。なんでもう蒸発してるんだよね。レジンって固める前からね、もう作業してる間から気化して成分蒸発してるわけで、それが当たってるんだよね、こういうとこに。だから手袋こうしてるじゃん、ここに出るんだよね、私2液やると。もうガードできちゃいるんだけど、マスクと手袋で結局皮膚の露出してる場所に当たってる。なんでこのレジンのアレルギーが出る成分が人によって違ってて、稀にどれもダメって方もいるんだけど、だいたいこのレジンはダメだけどこのレジンはいけたみたいなパターンとかもあるもんで、一回変えてみるのありかもしれなくて、私も出るやつと出ないやつとあるもんで、でこのね、レジン液の開発してほしいですって言ってくれておるねんけど、これも難しくて、人によって反応してる成分が違うもんで、私多分ね、黄変を抑える青い成分が入ってるレジン液に反応しちゃうんだよね。青色、黄変を抑える青色成分みたいのがあるねんけど、レジン液の原料の中にそこに反応してるんだよね。それだったり収縮を抑えるとこに反応してる人がいたり、効果早くするところに反応してる人がいたり、いろいろ違うもんで、私がどんだけ気をつけて作ったとしても出ると思うんだよね、誰かしらは。人によって反応する場所が全然違う。ですんごいアレルギーやけどレジンしてる方で、こんなんもうこんなんこういうマスクあんねん。ガスマスクみたいな。風神マスクかな。防塵マスクじゃない？それをつけてる方がいてるねんけど、本当に私もしその状態になったらつけようと思ってて、あるねん、ちゃんとそういうグッズが。
コロナの時に使ってたフェイスガードとかどうかしらって。どうなんかな、こうガードしてるさ、横からさ、こう液の成分がわーってきてさ、こううわーってなってさ、顔がわーってなるかもしんないよね。顔を覆わなきゃいけない。乳液がまさにその状態だからわかる、私も。防塵マスクじゃない？防毒マスクとか。ねえ、そうそうそう、それ。それをつけるしかない。これ本当に私全然出ないから大丈夫って言って、何もつけずにやってる方いるけど、マジである日出るからね。私星の雫3年目に出たからね。最初の方って手袋とかマスクするっていうのが風潮がなかったんだよね、私が始めた8年前かな。で当然のようにスウェットマスクなしでやってて、3年目に出だして、その頃にそういう手袋した方がいいみたいな意識がネットで広がりだして、そっからつけるようになったって感じだから。目出し帽、泥棒みたいなやつかな。目だけ出てるやつでメガネするとかね。もうとにかくガード皮膚を出さない。フルフェイスのメットとかってすごい重たそう、頭。で駅変えるのありかな。これスポンサーライブじゃないから出しちゃうんだけど、私結構愛用してる駅がこれなんだけど、アクシア。これ中国製なんだけど、日本でなんか元は中国の成分だけど、他は全部日本でやってると思うんだけど、これがマジで出ない、私全く。なんで結構使ってる、ライブ外で。私の友達作家さんが宣伝してたからね、それきっかけで買ったねんけど、これマジで出ない、私。マサルもサラサラ出なくて、プレミアムはちょっと一気にバーっていっぱい作ると出る。こんな感じかな。でソフトレジンはどのメーカーだろうと全部出る。ソフトとエポキシは全て出る。ホームセンターで売ってるんだって、ワークマンとか。多分作業の仕事してる方がつけてるよね、きっと。あとネットにもあると思う。アマゾンとかね、そういうとこも楽天にもあるんじゃないかなって思う。私はアレルギー持ちですが、毎日お薬飲んでるからレジンは反応出なくてよかったってね。猫アレルギーの方で薬飲みながら買ってるって方いたけど、もしかしてレジンもそういう感じでできたりするんかな。薬飲めばできるとか。効果中に咳出るのもそれぞれ。もう鼻水、くしゃみ、咳とか花粉症と同じような症状も出る。レジンアレルギー。頭痛とかで手の皮むけるとか、一発入院になった方も知ってるから、これ難しいね、相性があるから。手のガビガビはニトリルの下にポリエチレン手袋とダブルにしたら少し良くなりましたよってね。今年1回スレッズで話しとったねんけど、ニトリルじゃレジンの液を通過してる説が1回 X で流れてきて、で調べとった時期があってんけど、ポリエチレンの方が防げる疑惑があって、実はだからポリエチレンカシャカシャして使いにくいじゃん。だからポリエチレンをつけた上にニトリルをつけると最強じゃないか説はあったけど、ただこの方はそれ関係なくて、もう作業中の蒸発してる気化してる成分で出てるから、手袋は関係ないね、ぶっちゃけ。だから防塵マスクかなって思う。私も使ってるよって。匂いないと思う。匂いはね、私コロナになった後に嗅覚落ちちゃって、半分以下に。未だに半分以下だから、なんか全部あんま匂い感じなくなっちゃった。そうそう。で、高速効果のレジン液とか効果中に煙出てるやつあるでしょ。でも見えてるだけで結局全てのレジン液が効果中に出てるんだよね、化学成分が。だから換気しろっていうことが言われてると思うんだけど、そうなんでね、もう長くやりたいからさ、気をつけていきたいけど、私もすごい量作ってるから、いつか出るんじゃないかなって思ってる。今ね、マサルのサラサラは全く出ないし、匂いも感じないんだけど、マサルサラサラって匂いあるかな。プレミアムはちょっと感じるなって思うけど、サラサラマジで匂いない気がしそうやけど、これは私の嗅覚がないせいかな。みんなどんな感じやろ、使ってる方ね。
で、ニトリル手袋って知らなくて、医療用に使うようなゴム手袋使ってました。ニトリルとゴムはね、異なるんだよね、確かね。ニトリルにも、パウダーフリーってやつがあって、パウダーでアレルギー出る方多いから、パウダーフリーってパウダー使ってないってことやと思うねんけど、それにした方がいいんだよね。あとなんだっけ、なんとかフリー。パウダー以外にもなんか言葉あったな。何やったっけ。なんとかフリーにしなきゃいけない。あ、そうなんや。サラサラ匂いする？私全く感じんで、これはコロナのせいだ。もう3年経つのに嗅覚ない。コーティングはちょっと匂うね。サラサラは匂いない。あ、そうだよね。匂い感じないって言ってる方が結構いる。プレミアムはちょっとツンとした系するよね。いっぱい使うとするなって思う。で、続いても行きましょうか。コーティング剤。私、ドボンコーティングは全部頭痛すごいくなっちゃう。どのメーカーのも。頭痛すごくなって、臭い、全部。って思う。そして、どこ行ったっけ？はーい。続いてがこちら。はじめ1610さん。買ったのに数日後に見たら鼻の周りに、ごめん。多分私が文章を印刷できてないな。多分ね、レジンに花を封入したらうまくいったのに、だったと思う。数日後に見たら鼻の周りに大きな気泡が大量発生していてびっくりしたことがあります。制作中に気泡抜きしたつもりだったのですが、原因と対策があれば教えていただきたいですって書いてくれてると思うけど、ちょっと切れちゃってて申し訳ない。これはね、私もなったことがあって、でっかい花だと、レジン浸しても浸りきってなくて、あれここにあるかな？あるね。ね、こういうでっかい花だと、これなんて半年後に出てきたからね、気泡。2日つけたんだよね、確か。花かんざしかな。花かんざしをレジン液に2日間つけといたんだよね。で、その状態から入れたけど、半年後に見えるかな？この真ん中の辺に気泡あるのが。見えるかな？そうだかな。角度によってしか見えないか難しいね。とにかく半年経ってから出てきたわけ。2日つけても出たからもうダメでこれ。ちっちゃい花使うようにするしかない気がするな。ちっちゃい花とか、とにかく花かんざしっていうこの裏のもっふりしてるとこにさ、気泡入りやすいんだと思うんだけど、ね、そこまで2日つけてもダメだったんだからね。こういう分厚いような花を使わないようにするしかないと思う。レジンの匂いとガソリンの匂い好きで嗅いじゃうんです。ガソリンの匂い好きな方って結構いてるよね。私苦手なんだけど、そうそう、ラテックスフリーだ、それだ。ラテックスフリー、ラテックスも出る方多いらしいから、それも避けた方がいい。パウダーフリー、ラテックスフリーのニトリルがいいっていう風には言われてるけど、もしかしてニトリルはレジン通してるかもっていう説が上がってたから、最近は手についたらもうすぐ買えるようにしてる。レジン専用空気洗浄機欲しいよね。レジンに反応するやつ。もうこれはね、避けるしかない、そういう花を。でもこの花が入れたいとかあるよね。最悪、もしでっかいバラ入れたいとかだったら、一回、バラを、バラギャグじゃないよ、これ。バラをバラしちゃって、1枚ずつにして、1枚ずつもレジンの中で組み立てるっていうか、なんつうんやろ。一回バラバラにした花をつけて、そっから使うのありかもって思う。本当にこの花をどうしても使いたいってやつがあったら。一回、でもな、花かんざしの場合な。花かんざしやったら、この真ん中のぷくっとしてるとこをスライスして上だけ切り取っちゃって、真ん中に液流して固めといてみたいな、とにかくスライスしちゃうとかさ、本当に使いたいんやって言ってバラしちゃうのありかもって思うよね。紅白を見てて夫がこまりさん歌ってるって言ってて見たら Perfume って
私パフュームだし。やだ、ちょっとありがとね旦那さん。パフュームって休止になっちゃうんだよね。私結構聞いてたから寂しいけど、まあでもしょうがないよね。時代の流れというか、年とかもあんなハードなさ動きずっとできないよねって思ってた。バラは違う勝手に生まれちゃっただけだよ。私この辺のバラとかバラバラにしてくっつけたんちゃったかな。下の方の違ったかな、忘れちゃったな。作ったの3年前だからね。そんな感じで頑張るしかありませんね。私が当たってるらしい。続いてもお花かな。エトテさんの質問です。実は虫が苦手なこともあり、昔から花に一切興味がなかったせいか、現在レジンにお花を封入する際にめちゃくちゃ困ってます。どんなお花をどう配置すればいいのか、どんな色が相性が悪いのか、大きさのバランスはどうか、季節の花を揃えて入れた方がいいのかなど、いつも悩んでいます。何度か挑戦してカスミソウをレジンに浸した時のひらひらふわふわ感が可愛いなと思っており、カスミソウを詰め込みまくることしかできていません。こまりさんのお花封入を見ていると、いつもバランスよく綺麗で可愛くできていて、とても尊敬しています。嬉しい。お花を封入するとき意識していることやコツがあったら教えていただけたらと思います。お花講座の動画あったら嬉しいですとのことでね。ありがとうございます。これに関しては私の花レジン会を見てもらうしかなくて、すごいこだわりがいっぱいあるんだけれども、花を置いてる時に言ってると思うんだよね。なんか今思い浮かばない気がする。で、動画をね作れるといいなって思うんだけども、忙しくてまとめれなくて申し訳ない。この中から答えるとしたら、季節の花を揃えて入れた方がいいかはもう全然関係なくて、色の相性で入れた方がよくて、なんつやろ、パキッとしたカラーはパキッとしたもの同士で合わすとか、くすんでる花はくすんでる同士で合わすとか、パステルっぽい花はパステルで合わすとか、その辺を意識してるんだけど、そうなると季節は関係ないかなってなるんだよね。これね、私の花会を見てほしくて、で、本当に参考になってる花会ってめっちゃ再生されてて、めちゃっていうかね、コマリンライブのチャンネルを表示していただき、ライブを開いてもらって、開くかな、この新しいじゃんって書いてあるじゃん、ここに。これを人気順にしてもらうと、上の方にある花の回が多分参考になってるかなって思うんだよね。この辺とか多分すごい3万回見られてるから、結構話してたんちゃうかな、コツを。この辺とか。多分この辺のなんか再生していただいてる回が説明をしてると思うんで、それを見てもらうといいかもしれないんだけど、ね、動画が作れたらいいなって思うから、また来年時間ができるといいんだけどな。どうなるかな。こんな感じで花会を見てみてくださいね。作りながらだいたい説明してると思います。初コメさん嬉しい。ライブ初めてです。だって。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いいねしましたって。ありがとう。いいねも励みになりますよ。花奥深いよね、すごい。でもうまく、私でも結構捨てるよ、失敗して。ちなみに明日のライブ花やるつもりなんで、明日説明しようかな、なるべくいっぱい。いや、できるかな。明日やるつもりですよ。ね、見てみてください。こまりさんの花作品大好きって言ってもらえてる。めっちゃ嬉しい。花難しいし、奥深いし、組み合わせ難しいよね。セレブリティワークショップでは結構そのあたり説明してた気がする。ね、またやりたいな。できるかな。配置難しいよね。で、自分の場合はね、とにかく置いて違和感を感じるか否かで組み合わせてるって感じねんけど、それって他人に伝わらないものだろうから難しいんだよな。ちゅうことで、縦型配信でもハイプって何やろ、できるんですかねって。何やろハイプって。このさ、2個に分かれてるってやつじゃない？で、なんかちょっと前から OBS で縦長できるようになったんだよね。今までスマホでしかできんかってんけど。ちょっと前からか、もっと前やったから分からんけど、OBS で縦長できることに気づいて、これ合ってる？ワイプかな？違うかな？明日お話しますね。明日は1月1日の20時からやります。
これ一緒にね見て夜更かししてくれた方が寝坊できるように。で続いてがぴょうりんさん。仕事の息抜きの趣味の一環としてこの1年ハンドメイドをしてきたのですが、レジンやホイップデコのハンドメイドがバズって増えてきた今の世の中で、今からハンドメイド作家を目指すのは難しいでしょうか。やる気はあるのですが、やはり結果を求めてしまいます。引き続き作家さんになれるように、日々クオリティ高いものを作れるように努力します。こまりさんみたいになりたいってね、ありがとうございます。嬉しい。こまりさんみたいになりたいって言ってもらえて、これは過去にもすごいたくさんいただいてる質問で、レジン作家になりたいけど難しいんかなっていうやつで、これ正直難しくて、今人気ある方って大体レジンが流行る前、コロナ前からやってる方が多くて、コロナで作家さんがハンドメイド作家っていうかレジン販売する方が10倍に増えたと思うんだよね。体感実際何倍か知らんけど、みんなもなんかデータ出してたの、作家数の10倍ぐらい増えたかなって思う、コロナ禍で。でそんで多分もう販売したい人が溢れちゃってて、昔よりなんていうの、まず見てもらうのが難しいよね、作家さんが溢れちゃってるから。そんな中でもコロナの後に始めたけど人気ある人っていうのはリールがうまいか、なんつうやろう、もう他の人が作らないやつを作ってる方かのどっちかの気がする。でそれ以外の人気ある方は昔から活動してる方が多いなって思うよね。リールもどうなんかな。フォロワーさん増えるだけで購入されるかどうかってなると分かんないんだけど、ニャンダコさんっていうさ、ホビーショーでもあったねんけど、リールめっちゃ上手い方いるねんけど、グリーンオーシャン社のクリエイターで、あの方2年なんだよね、初めて。2年でめっちゃ、今 YouTube10 万人で作品もバーって売れてる。だからめっちゃリール上手いんだよね。そういう方がポッて出てくるんだけど、コロナ禍にやった人は。なんかそれ以外やともう独特な、他の方が作らないような作品を作ってる方かなって思う。で結局それじゃ答えになってなくて、どうしたらいいんだろうって思うんだけど、なんかね、最初の方売り上げに関係なく、もう原価とかでいいからマイナスがない程度でバンバン販売しちゃっていいかなって思う。例えば私さ、グリーンオーシャンのチョコの作品、自分のサイトやと3000円で売ってるけど、メルカリを見てみると500円で出してる方結構いて、で500円だとポコポコ売れてるんだよね。なんだろう、その人気な作家さんたちが3000円で出してるから自分は2000円でって思うかもしんないけど、私がもしガチ初心者だったら500円で売りまくると思う、最初。そのやり方を自分のハンドメイド始めた頃にしてて、なんか前回のライブで話してさビジューの作品を今インスタにあるかな。ハンドメイド始めた時、最初の評価1000件まで利益ゼロでやったるって思ってめっちゃ安く売ってたんだよね。下の方まで行かないと出てこないよ。ちょっと頑張れインスタ。頑張ってスクロールしてる。ニャンダコさんはリール一番すごい人って思ってる、自分の中で。もうちょっと頑張れ。今辿ってる一番最初の方、私のインスタの。出た。ね、私がハンドメイドも、最初に戻された。一番下。いけたかな。なんでだろう、押そうとすると最初に戻されるバグになってる。ちょっと待とうかな。いけたー。ね、これ私がハンドメイド駆け出しの頃に販売してた、レジン作品じゃないねんけど、レジンを使ってレジンやったっけ、ボンドやっけな、レジン関係ないか。最初ね、このビジューをもうめちゃくちゃ販売してて、これ420円で売ってた、最初。送料込み、ナグ込みで、メルカリで販売してて、1日に2、30点売れてたんだよね。それは安いから売れるよね、420円だから。で、こっちのこれは650円で売ってた。でそれをもうとにかく売りに売りまくって、評価1000件までは利益
出さずにとにかく数を出すって思って、で寝てなかったね。2、3時間しか毎日。最初1000件はそれでやってた。今販売したら2500円とかなるかなって思うけど、650円でしかも花の色選べてビーズの色も選べるってやつをやってた最初。だから最初ってもうそんぐらいしなきゃ無理だと思ってる。安すぎますね。安いよね。でもそれでも利益はないわけじゃないと思うんで、数十円レベルでプラスだと思う。そんぐらいでいいかなって思ってる。無名っていうか、ただの主婦がやってるんだからっていう気持ちで、最初のメルカリ1000件まではそれでやってた。で、そうすると何回も買ってくれる方がちょっと値上げしても買ってくれるようになるから、なんつうやろ、バランスを見て値上げしていくって感じだった気がする。こまりさん、はじめまして、いつも参考にさせてもらってますって。すごい、今日初コメさん多くて嬉しいね。ありがとうございます。ね、参考になってたらいいな。でも本当にガチで最初ってそんぐらいしなきゃダメかなって思ってる。だから1000件ぐらい、最初の1年ぐらい、利益なしでやってた。で、倒れちゃった。寝てなかったからね。っていう感じで、メルカリで見てみると、すごい安く出してる方いるから、その辺の価格を見ないと、ガチの販売開始直後なのに、2000円前後で出しちゃうと、そりゃ売れないよなってなっちゃうよね。今の値段でも安い気がします。そんな、ね、ありがたい、そんなこと言ってもらえると。周り見ないといかんね。みんなが何販売してるかとか、同じレベルの方とかが何販売してるか。それより安いか可愛くないと売れないからね。でももう、周りを見るといいかもしんないね。私メルカリ結構チェックしてるけど。グリーンオーシャンのチョコモールドでチョコ一つずつ好きなの選んで1000円ぐらいで作ってる方、全部のチョコ選べて1000円で出してる方とか いるけど、腕は本当に初心者で頑張ってるなって感じの腕だけど、めちゃくちゃ売れてる方見たよ、この前。そんぐらいしなきゃきついんじゃないかなって思う、最初は。頑張ってみよう。周り見るの大事かな。で、コロナで、バーって作家さん増えて、挫折して辞めてる方ちょっと出てきてるんで、趣味としてもうちょっとね、腕を磨きつつ楽しんで、もうちょっと落ち着いてからっていうのでもいいかなって思うよね。こんな感じかな。メルカリはね、大丈夫みたいで、ねっけな。ちょっと前になったよね、話題。メルカリでハンドメイド販売しちゃダメかもみたいな。あれは結局個人事業主だけやった気するねんけど、違うかな。いっぱい販売してる方いるから大丈夫そうな気がするな。なんかね、大丈夫らしい。ちょっと前話題になった。っていうか、してる方が未だに溢れてるから、むしろさ、みんなメルカリダメなのってやめてるから今がチャンスやったりしてとか言ってね。でももう、こんな感じですね。参考になってると嬉しいな。で、続いてが、こちら。レジに関係ない話きた。ひろふくろう大好きさん。注射苦手&前回の親知らずの抜歯で具合悪くなっちゃったせいで、良くも悪くも次の抜歯が全身麻酔になりました。小森さんは親知らず抜いた時どうでしたかって。これもうやったんかな。募集したの2週間前ぐらいやったけど、もう終わったんかな。頑張ってとしか言いようがないねんけど、私親知らずね、いつ抜いたか覚えてなくて、で、前回の配信で、ほら、食レポしてる時に歯が痛いって話したじゃん。あの後、口の中触ってみて気づいたんやけど、歯が痛いんじゃなくて、親知らず生えてきてるかもしれなくて、40で、28歳で親知らず新しく生えてくることってある？なんか触ったら歯茎の奥にトゲトゲがあって、あれ親知らず出てきてないって感じて、それが痛いかもしれないってなったんだけど、この年で出てくる親知らずってね、全身麻酔ね、私もしたことあるねんけど、飛ぶね、時間が。
瞬間移動したみたいになる。だからやっぱりさ、結局麻酔とか手術とかそういうのの前ってみんな不安になっちゃうと思うんだよね。なんか不安をごまかすしかないよね。好きな漫画ひたすら読むとか、美味しいもん食べるとか。40って言ってないよ。歯茎痩せてきた可能性、あ、そんなんあるんや。あります？抜いてなければいつ生えてくるかは個人差ありますねって。いや、私全部抜いたかが分かんなくて、全く記憶がないせいで。逆に全身麻酔の方が楽だと思います。だよね。私猫好きパパが親知らず抜いた時も大変なことになって、でっかい親知らずだったせいでなんかめちゃくちゃ痛かったみたいで、もうそんな話したら怖くなっちゃうじゃんね。でもそうやったらもう全身麻酔の方が楽よな。だからごまかそっか、もうその時までひたすらごまかす。自分にご褒美を与えまくる。ベッドでゴロゴロしながらポテチ食べながら漫画読んで動画見て、でもうごまかしの日々を送ろっか。あ、そうなんや。生えてくるんや、この年でも。ありますよ。主人がたまに親知らず痛いらしいですよ。それかもしんない。親知らずはもともと歯茎の中にいて、それが外に出てきただけだと思います。あ、じゃあ、いてたやつが来たんかな。そう。でもね、昨日より、おとついやっけ配信したの。その時より痛みちょっとマシになってる。一度歯科医院でレントゲン。でも1ヶ月前にね、定期検診で撮ってるな、レントゲン。私、2年ぐらい虫歯できてへんねん。めっちゃ嬉しいねんけど。なんやっけ。名前忘れちった。チェックアップっていう歯磨き粉に帰ってから、全然できんくなった。多分、相性がいいんかな、自分に。虫歯めっちゃチョコ食べるのに毎日。できてない歯磨きじゃない、虫歯。でも痛くなっちゃった。永遠の28歳過ぎてから4本目出たんや。いや、ちょっと怪しいかもしんないね。正月休み明けたぐらいに電話してみようかな。前回撮ってもらってるからさ、1ヶ月前にレントゲン。それで見えたりするかな。親知らず生えてきてない方もいてる。そっか。ね、生え方によってそのまま放置もありらしいよね。歯茎下がってきたり痩せてきたりすると親知らず出てくるかもって。いやー、私それかもしんない。なんかもう年齢のあれで歯茎があれになってるんじゃないのって思う。横向きで眠ってる方もいる。親知らずは早く抜かないと骨が硬くなって年々大変になるらしいと聞いてますが、まだ3本残ってます。そっか。ちっちゃい頃いっぱい抜いちゃった気がしてたけど、全然大人になってからでもあるんだね。4本全身麻酔で一気に抜いて、すごい。後が大変だよね、きっとそれね。結構親知らず横向きの方もいてるね。ラバー歯ブラシもあるかもしれない。チェックアップとラバー歯ブラシにしてから3年弱できてない虫歯。年明けてまだ痛かったら電話してみるね、歯医者さんに。歯茎も鍛えたいね、そろそろね。その辺を意識しなきゃいけないね。ね、とにかく大変だよね、親知らず抜くときって。みんな一緒だ。ね、頑張ってごまかしてで、そして無事抜けたら報告してね。親知らず抜けたよってね。頑張れ。そして続いては、こまりさんがワークショップなどで使用している丸いライトはどこのですかって、これさ、ライブ中も何回か聞かれたのにさ、答えれてなかった気がするんだよね。Amazon のバラエティ本舗さんのやつなんだけど、前回紹介した時に売り切れたんだよね、速攻。今あるかな。ワークショップの配信で映ったやつだよね、きっと。あるかな。住所とか出ないでしょうね。ある、今売れてる。今売ってる、これ。こんなやつ。Amazon にあるバラエティ本舗さんのやつで、価格が1250円。これ前回紹介した時売り切れちゃってて、
3色切り替えが。3色切り替えの方ね、私が使ってるの。これレジンの気泡をチェックするのにすごくいい。この Amazon で買いましたね。結構、この丸いライト、いっぱいいろんなとこで買って、CN やらどこやら、4種類ぐらい買って、これが一番良かった。これ電池式だからね、紐いらないからそういうとこもいいし。こんな感じだよね。あと裏のスイッチもあるから移動中についたりしない。なんでおすすめです。バラエティ本舗さんでした。みんな親知らず抜くのに苦労してるじゃん。そっか痛いよね。頑張ってほしいね。で私も抜くかもしんないからね、これ。子供の頃は要注意入試って読むんだよね、これね。入試って言うんや。すごい。まだ専業主婦してた時、テレビの向こうでこまりさんがヒルナンデスに出ていて、すごいな、レジンか。私は無理だわ。なんてテレビ越しで見ていた私は、まさかのこまりんレジンをコロナ期で始めましただって、すごい。ね、結構、ね、確かグリーンオーシャンの方も、私のことヒルナンデスで見てたって言ってくれたんだよね、入った後に。すごい、そんな昔から知ってくれてたの嬉しいし、なんちゅうの、やっぱ縁があるんだろうね、そういうのってね。ありがとうございます、見てくれてね。ね、そんな感じで2枚目が終わりました。じゃーん。続いてが、2026年も全力推し活。1、モールドの寿命を教えてください。何回くらい使ったらダメになりますか？ 2、モールドが傷まない方法はありますか？3、モールドにベビーオイルを塗ると取り出しやすいと聞いたのですが、黄変の原因になると思いますか？以上3点お答えいただけると嬉しいです。とのことでね、ありがとうございます。これね、寿命はモールドの質によって違ってて、モールド何個か持ってる方はわかると思うけど、なんてやろ、ちょっとモールドの質違うじゃん。多分作ってる工場によって違うんだよね。なんだろう、ツヤツヤしてるやつとかさ、雑に切ってあるやつとかあるじゃん、たまに。パッケージモールドも私雑って思ったんだよね、ぶっちゃけ。なんつうの、たまに歪んでるじゃんね、斜めに。これ私結構雑って思ってるモールドで、でも透明なやつって割と持つんだよね。作ってる工場によって多分耐久度違うなって思う時があって、でセリアのシェイカーも去年の夏ぐらいから急に質ちょっとしょぼくなって、ここに出てたやつよりなんかすぐマットになるようになったんだよね。だからモールドによるとしか言えなくて、この寿命。あと流すレジン液多いモールドほど早いよね。多分硬化してる時にさ、熱がすごい伝わるんだと思うんだけど、ちっちゃいモールド、レジンちょっとしか流さないモールドの方が持つイメージがある。そうだよね。次の傷まない方法はありますかね。これ多分朝食パレットってあるじゃん。あれモールドと同じ質じゃんね。朝食パレットの中に私よくカラーレジン作りだめして置いてあるじゃん。その辺にポンって。お菓子のカンカンとかに入れて、それやるとすぐ朝食パレットがなんかついてる。朝食パレットが悪くなっちゃうのすぐ。なんで多分レジン入れっぱなし良くなくて、あと固め終わった後に取り出すまでに時間置くのもいかんかなってのも感じてる。傷まない方法はもうでもなんかあちあちのうちに取り出すのも良くない気がするよね。なるべくレジン入れとかないが大事な気がする、モールド。朝食パレットなんてね、もう一気に300個とか買うからさ、毎回。なんで、どんどこポーチに使っちゃってるけど、本当は入れとかない方がいい気がする。ヒルナンデス見てた方多くて嬉しいね。でも結構レジンの回何回かあったから、私かどうかわかんないけど、私の時はラインストーンレジンの回に出てた私は。満足ポンにしたら斜めってるモールドあるよね。パッケージのさ、やつもさ、グリーンオーシャンオリジナルじゃない方、あれ結構雑だなって思った私。今スポンサーライブじゃないで言うけど、ちょっと歪んでるっていうか斜めってるから、下に
何かを引いて斜めをまっすぐにして使うとかいう必要があるよね。で、オイルを塗ったら黄変の原因になるかはわかんないんだけど、モールドが黄色くなる分にはあんまりレジンには関係ないかなって思ってて、何もしなくてもね、色変わるモールドとかもあるよ。ずっと使ってね、買ったっきり使ってない。てか1回しか使ってないのに、久しぶりに出したら黄色くなってるってやつもあって、ベビーオイル関係あるかな。私あんまりベビーオイルを塗ることがないからわかんない。なんか感じる方いるかな。塗ると黄変の原因になるとしても、モールドが黄変するだけでレジンは関係なさそうだから大丈夫な気がするなって思ってる。で、とにかくなんちゅんやろ、傷まない方法ね、作った後すぐにレジン取り出す。難しいよね。ガッチャンコモールド10回でダメになるやつとかあったからな。で、モールドの質によって全然持ちが違うって感じ。硬化後十分に冷ましてから、やっぱ熱いまま取り出すのはデンジャーかな。最後にクリーナーで綺麗にするように心がけてますね。ホコリとかつけとかんと綺麗にした方がいいんやろうな。そんなんしてへんわ私。雑だからさ、大雑把だからクリーナーなんてせずに全部ポコスカしまっちゃってる。本当はした方がいいんだろうな。ものによりますが、私は剥離剤スプレーをかけて伸ばして使ってます。ただ曇ってしまいますって。そっか。でも曇ったの結局コーティングするもんね。そういう工夫の方法ありそうな気がするな。モールドはレジンが冷めてから出した方がいいのか、熱いうちに出すのか迷います。多分冷めてから出した方がいい気がするよね。熱いうちに出すとモールド歪みそうとか、熱で。そんな気もするよね。多分冷めてから出すのがいいけど、冷めたまま長時間置かない方がいい気がしてる。今慌てて何日も前に硬化したレジンをモールドから取り出したよってそう、入れっぱなしは多分良くないだろうなって思ってる。モールドにクリーナーのアルコールつけてレジン外してますって。みんなしっかりしてて偉いなね。モールドの辺は日光とかもあるのかなってね。日光もあるし、暗闇で保管しといても黄色くなってるやつもあるからね。経年劣化もある気がする。私引き出しの中でもしてるもん。ほら前回やったさ、水面モールドも1個だけ黄色いのあったでしょ。今いるかな。あれこれじゃなくてほら一人だけさ、おかしいじゃん色。これね、買ったんじゃないや、福袋に入ってたやつね、これで。他のやつはなんやっけ、スポンサーKOL になった後にもらったやつなんで、これでも使ってなかったんだよね。1回だけ使ってないよね。使ってないんだよこれ。これでこの差だよ。2年経つと暗闇に保管してあった気するし。わかるかなこれ。だからやっぱあるよね。あれ同じじゃないこれ。同じの2個持ってる私。ほら全然違うよね。同じの2個持ってる。ってなるともうこっちは捨てちゃってもいい。でも量産したい時に使うかもしれないから、やっぱ捨てるのもったいないからやめよう。こんな感じですね。貼り合わせモールド早いよね。ハンドメイドラボさんのモールド何回か買ったことあるけど、1000いくらの方10回で毎回ダメになるから5000円の方を買ったけど、100回使えるって書いてあったけど、そこまでは使えなかったな。でも多分ね、レジン液の硬化速度にもよるよ。硬化するときに早いやつ、熱すごい発するんで、早いやつモールド炒めてると思う。緩やかに固まるレジン使う方が持ち良さそうだよね。でももうモールドの材料の質、全然工場によってちゃうよ。1回でも使ったら応変するんかな。そして続いてはね、さやさやさんの質問お答えします。今年1年振り返って一番印象に残ったことなんですかって。やばい、本当に何にも覚えてない今年。
何したんだろう今年。横浜オフ、帯衣装、何オフやっけ次。福岡オフ、一宮オフ、仙台オフ、テレビ撮影とかね。グリーンオーシャン入ったり、ワークショップやったり、ハンズワークショップもあったね。うわ、一番印象に残ったなんやろう。難しいな。でもさすがに今度ね、来年放送されることになったけど、NHK さんからテレビ出ませんかってメール来た時はすごい衝撃だった。でもそれさ、最近だから覚えてるだけで、一番印象に残ったことって何なんだろう。あまり覚えてない。やばい、記憶がない、記憶が。印象って牛タンめっちゃ美味しかったで、仙台で。でも印象に残ったっていうのもな、難しいよね。みんなさ、今年一番印象に残ったことって言われて思い出せる？何も出てこなくてやばい。印象、衝撃とか、ないかな、なんか。もう、忙しくてね、ただでさえ覚えてない。そうそう、ワット数も強いほど熱出るね。レジン液熱くなる。だからワット数も弱い方がモールド持ちそう。ね、すごい聞いてくれてた。日光当たらない冷暗所で風通しの良い場所に関する。まあそうなるよね。だいたいお菓子とかもそんな感じだもんね。日光ってやっぱ良くないんだね。ベランダに出しといたさ、ケースとかってズタボロになるよね、日光に当たって。黒白ちゃんのお迎えね。でも衝撃ってわけじゃないもんな、じわじわ決まったからな。ほら、あのことだよって。印象に残ったか。難しいね。いい印象か悪い印象かにもよるもんね、これ。ホビー賞はね、印象に残ってないんだよね。ごめんね、ホビー賞に会いに来てくれた方。本当にいっぱいいっぱいで迎えたから、あれ。逆に覚えてない、大変だったせいで。だから動画とかみんなにもらった写真を見て、思い出すようにしてる。なんか忙しいと忘れるんだよね、逆に。記憶が、大変だった記憶を消し去ろうって思うんか知らんけど、忙しいやつって全部忘れちゃう。私は今年こまりさんに出会ったことです。私は福岡オフかなって。嬉しいな、こまり系を印象にしてくれてる方。セレブリティワークショップ一番印象に残ってますって。ねえ、でもあれはね、相当濃い3時間にできてると思う。いや、私のこと書いてくれてる方多くて嬉しい。ホビー賞プレミアムワークショップ仙台オフ会って。初めて人に作品をあげて喜ばれたことですっていいね。てかやっぱ他人が喜んでくれるのってすごいいいよね。なんちゅうかいいホルモンみたいに出てないの。人に喜んでもらうと。体にいい成分出てそうな感じするよね、体の中で。そういうのって大事だよね。黒白ちゃんお迎えはね、もうなんか毎日毎日黒白ちゃんを触ってはいたから、印象っていう感じじゃないんだよな。1年が早い。あっという間に。レイのあれ、お会いしたいです。いつか北海道来てください。実は、昨日ウォーキングしてる時、猫好きパパと北海道行こっかなって計画してた。北海道のさ、スープカレーまた食べたい。めっちゃ美味しいスープカレー。北海道今年来年行くかみたいな話はしてる。私の迷子は忘れてないよ。猫好きパパと妹に迎えに来てもらったこまりっこさんのことは忘れてない。横浜オフとホビー賞ですって嬉しいな。そう、別れと出会いといろいろあるよね。生きてるとね。プレゼント今年2回当たったこと。でもプレゼント企画に当たった時にすごい衝撃があるみたいでね、喜んでもらえてて嬉しい。当たった方に住所のところに備考欄つけとるねんけど、すごい衝撃とか手が震えたとか書いてくれる方すごい多い。こまりさんの YouTube にたどり着けて毎日楽しくレジンができるようになったことですって。めっちゃ嬉しい。もうそう言ってもらえると。今年もあと50分で終わっちゃうらしい。やっぱ終わんないじゃん、2時間じゃこれ。このブラウスそれじゃないの？これ色違いのやつじゃない？ね、ピンク着てて、私がこれブラウン。どっかのブラウス。それだ。
息子の独り立ちとレジン始めたことかなって。それは印象に残るよね。だって生活がガラッと変わっちゃうもんね、きっと。息子くんが家を出てったってことだよね。レザフェス行けたのは今年一番の思い出です。やっぱそういうイベント系が思い出に残りやすいよね。来年もなんかあるかな。でも今日グリーンオーシャンシャンちょっと書いてたでしょ、 SNS に。来年なんかどうたらこうたらするみたいな。ちょっと関わってるかもしんないよ、私。札幌。前回札幌行ったけど、でもやっぱ飛行機でね、本州からチャって行けるのって札幌なんだよね。でも前回札幌行ったから次小樽あたりとか行きたいかもって思ってる。広いよね、北海道。でもプレゼント当選したこと印象に残ってくれてる方多くて嬉しいもん。来年もバチコリやるね、プレゼント。どんどこ。ね、年取ると1年早すぎて最初の方覚えてないって。ほんまそれ。どうしよう。答えれてない。ちょっとさ、自分のインスタのプラーカ見てみていいかな。何か載ってるかもしれない。何か載せてないかな。一応私、記憶が全然残らないから、危機感を感じてて、自分のプライベートアカウントもほとんどリア友しかおらんやつやねんけど、そこに写真だけ投稿しまくってて、ストーリーズと。そん中に、ごめん、もう2024年だった、伊勢神宮行ったの。今年何してたんだろう、私。やばい、何にもない。でもなんか、オフ会ちゃうかなって雑すぎる。でもグリーンオーシャンシャンに入ったのはマジで衝撃っていうか、もうなんつうやろ、その1ヶ月ぐらいすごい気張ってて、戦ってたから、日々。いいっていうか嬉しいことだったよね。それにしとこうかな。グリーンオーシャンシャンに入れたことが印象に残りましたとか言って、そういう返答にしとこう。でも全体的にリアルイベント多かったからすごいたくさん会えて嬉しかったな、いろんな方に。ね、そんな感じでしたね。札幌小樽は電車で行ける？ 1 時間ぐらいかからんかったっけ、札幌から小樽まで。前回の北海道行った時に小樽も行くか悩んだんだよね。お仕事でレジン作業できたことですね。レジン好きなこと仕事にできるのって幸せだよね。こんな感じで、答え、グリーンオーシャンシャンに入れたのが一番印象に残りました。続いてはこまりさん、ちゃんちーさんから、こまりさんは住んでみたい都市はありますか？住みたい都市、すごく住みやすかったところなど、まりっこさんたちも含め、じっくりねっとりと聞いてみたい。私は子供の頃大きくなったら六本木に住むと言ってましたが、大きくなって無理だと悟りました。六本木ってあれだよね、すごい。グルコサミンしてる？六本木ってさ、多分家賃とかやばいよね、きっと。治るか？出てないな、グルコサミン予告ね。多分ライブ配信してる方が多いのかもしんないね、これ。ちなみに住んでみたい年ね、実は今年結構考えてたんだよね。私結局今猫好きパパも仕事辞めて専業主婦になってくれて、で私の今やってる仕事って全国どこでもできることなんだよね。 YouTube ライブとそのレジンの案件とかね、仕事と販売、こうやってどこに住んでてもできるんだよね。なんで猫好きパパと子供たちがもし巣だったら違うとこ住んでみるのもありかなみたいな話をしたことがあって、今年でその時に上がった都市は大阪、名古屋、東京はちょっと高いから東京から外れて、なんちゅうの、埼玉とか横浜でも、横浜までか、とにかく東京の周り、その辺に住むのありじゃないみたいな話をしたことあるよね。で今まで結構私引っ越しを7回ぐらいしてて、いろんなところに住んでたんだけど、一番楽しかったのが通天閣の麓のマンションに住んでた時期があってんけど、そこが超楽しかった。今でも子供おらんかったら住みたいって思うぐらい。通天閣のねすぐ下のもうホームレスとかヤクザとかめっちゃいるところがあるねんけど、何かあれ、新世界の中に住んでたんだけど、もうカオスでめっちゃ楽しかったけど、絶対子供育てるには向いてない場所だね、あれは。
マジで楽しかった。通天閣のに住んでた3年ぐらい。ここで猫好きパパと出会って同棲始めたんだけど、大阪はマジで楽しい。で、私東海生まれだからさ、大阪に来たら大阪の人たちってみんなめっちゃ面白いねんな。大阪っていうか関西人の人たちすごい勢いに押されて、何これ、みんな面白いなって思いながら生活してたから、そういう感じでいい思い出が多くて大阪大好き。埼玉大歓迎、安いですよって。青森へどうぞ。で私東北さ、雪下ろしが雪下ろしだっけ、なんだっけ、雪かきだっけ、雪かきが大変って聞いてね。雪は憧れるけど降りすぎるのも大変だよなって。でも食べ物とかも美味しいし、なんつうかマイナスイオン出てそうだよね、北の方ってね。大阪に近い滋賀どうぞ。滋賀か、琵琶湖があるよね。千葉に来てください。千葉も東京とかってポンって行けるんかな。横浜高いですだよね。オフ会の会場を探してる時に思った。東京より高い、なぜか横浜って。人気なのかな、横浜。田舎暮らししたいけど爬虫類と両生類がダメなので諦めてるね。自給自足の生活みたいなちょっと憧れるよね。でも始めたら厳しいんだろうけど、1週間ぐらいしてみたいって思っちゃう時は。埼玉いらっしゃいませ。千葉は交通の便いいよ、ね、交通の便大事だよね。やっぱり大阪ですわって。私は都会には住めないな。田舎じゃないとほとんどできない。でも今田舎でもさ、なんかネットあったら何でも来るし問題ないよね。スーパーとかコンビニまで車で20分とかやとちょっと大変かもしんない。歯の抜けたおじさんもいるし、おかまとかもいっぱいいたよ。家から出ると変な人いっぱいいてめっちゃ楽しかったな。母の実家は六本木でしたが住むところじゃないですよって。どういうこと？住むところじゃないって。住む環境としては微妙ってことなんかな。名古屋にぜひ来てください。名古屋も住んだことあるんやけど、過ごしやすかったな。北海道はもう食べ物の美味しさがすごいレベチと感じたから、住んでる方は本州に来た時に大丈夫なんかなって心配になる。全てがあんな美味しいのに本州来たら全部まずく感じてまうんかなって心配になっちゃうよ。今年雪少ないんだ。もしかして温暖化とかで住みやすくなってったりするんかな。和歌山どうですかって言ってくれてる。和歌山もいいよね。白浜のイメージが強い。で福井県とかね、あの辺を行ったことがなくて、なんつやら北陸っていうんかな。北陸やっけ、あそこ。この地域石川とか行ったことなくて、一回上陸してみたいなって思う。すごいすごい。海外は怖い。でもさ、たまにさ、海外でなんつうの、タイとかに行くと、物価が安いんかな。で、そんな貯金なくてもいい暮らしをゆるっと暮らせるみたいなテレビで見たことあるねんけど、で本当は海外に行っちゃった方がいいみたいな見たことあるけど、海外に行く勇気はないな。すごいな、海外行ってる方。六本木は物価が高そう。高そう。スーパーかなり遠くて買い物大変でしたって。なるほど。東京生まれ世田谷育ち、現23区外ですが、23区外であれば東京でもほぼ地方と同じですよって。ね、そっか。言うても東京でもちょっと自然ある田舎っぽいところとかもあるもんね、きっとね。ね、大阪の感じ今でも好きです。だよね。でもね、今多分道頓堀とか行くともう外国人ばっかって聞いたけど、それも時期落ち着くんかな。私毎日道頓堀、難波で働いてたから毎日道頓堀行ってたけど、今もう雰囲気違うらしい。六本木のさ、夜明けは何がやばいんだろう。ネズミとカラスだらけってこと？
どうやばいんだろう、気になるよ。北陸いつか行きたいな。日本海のお魚は美味しいよって。ね、日本海って絶対さ、太平洋側と雰囲気違うよね。だから気になる。ということで、ね、盛り上がりましたね、ここ。みんなのも後で全部読んでみようと。あ、茨城の方も多い気がするな。海も山もあるし、美味しいし、食べ物もあるしって、茨城の方も多い気がする。暮らしやすいんかな。北海道函館へどうぞ。工場近いので最近は芸能人2拠点生活にしてる人多いですよって。へえ、でも飛行機ですぐ行けるもんね。みんな弟は大学休学して4ヶ月ぐらいニュージーランドにワーホリしてましたって。すごいなあれ、前回のワークショップ、どこの国やっけ、マレーシアのこまりっこさんが娘さんと来てくれて、なんか話を聞いたら母と娘でマレーシアに留学してるって話してて、すごいなって、かっこいいって思った。全然英語喋れないから怖い。やっぱそうだよね、難波周辺外国人だらけってね。そんな感じで皆さんのも教えてくれてありがとうございます。また後で読ませていただきますね。で、続いてがここね、コーティング3連続いきます。コーティングに、しまちゃんさんからの質問です。コーティングについて教えてください。コーティング効果後に小さなポツポツができてしまいます。どうやっても完璧なツヤピカになりません。マサルコートのハケがうまく使えないので、ドボン液をシリコンペンでちょんちょんと表ができないように全体にたっぷりめにのせて広げ、しばらく放置した後、気泡がないことを確認してから硬化しているのですが、硬化した後見てみると数箇所ポツポツと硬化前になかったはずの針でちょんとしたようなポツポツが出てきて気になります。これ多分みんなできたことあるだろうから、みんなわかるってなって、私もできるもんこれ。表面をヤスリがけしてからコーティングしても変わらない気がしてます。コツがあれば教えてくださいというのが一つ目で、あとクースケさんもコーティングするときにいつもポコッと小さなくぼみができてしまいます。多分同じものだよね。どうすればできなくなりますか？最強放置がいいのかな？何かカバーとかされてますか？ホコリや横だれしないかも気になりますね。で、黒猫こてつ15歳さんもツルツルの作品を制作したら、コーティング液は必ず塗らないとダメなのでしょうかって。これは違うか、他の質問とは。上2つから答えていこうと思うんですが、このねポツポツは私もできるわけ。どんだけ気をつけてもできるときはできる。でも過去に動画出しとるねんけど、ちょっと内容変わってるからまた動画作り直したいんだよな。ないかな作品。この前作ったシマエナガちゃんいける。やばい、ガン決まってる。こういう感じで完成したやつを研磨するじゃんね、ゴシゴシって。まずね、コーティングにできるポツポツのなんつうの中身、ポツポツの中身がこの研磨した時に残ってる粉と、あとブラシのハケの先につくわけ。こうちょっと置いてる時とかにホコリがさ、空気中のホコリとかがついたり、この瓶の口についてたホコリがついたりで、大体それがポツポツの原因なんだけど、研磨に関してはこう研磨し終わった後に頑張ってテープでペタペタって取ったり、何言ったっけ、これゲルクリーナーで取ったり、水道で洗ったりするんだけど、こういうとこのが取れてないわけ。こういう隙間にあるコーティングの粉が実は見えてないだけで絶対いるんだよね。こういう合わんやん、全然ガン決まり。あった。何かこういう段差とかに、もうこの隙間とかに絶対に残ってて、どう頑張っても。で、それが筆に巻き込まれて、でコーティングになるんだけど、硬化してから出てくるのに理由があって、コーティングって収縮するんだよね、レジンと一緒で。なんで塗った時に見えてないやつが硬化すると縮んでるもんで、
コーティング液も。だから減って下にいたポツポツが出てきてると思ってるんだよね、私。コーティング結構収縮するんだよね。結構いろんなやつで過去に試してたねんけど、だいたい収縮してる。で洗うのが一番だし、筆をもうコロコロ変えた方がよくて、こういうフロッキーチップで変えるとか、でもシリコンペンで塗ってるってやつはいいと思うね。シリコンペンで塗ってるやつで、あとこの液ももう下の方にとにかく苔についたポツポツがここの底に溜まりまくってるんで、その底からコーティング液出してるんで、こっちに移動した方がよくて、こういうあるじゃん、よくコンテナみたいなやつに液を入れて、で上の方の液から取る。底の方に残ったやつも最後の方捨てちゃうかな、私は。どうせだねえだろうって思って、こっちのコンテナに液移して上から使うのでだいぶマシになるかなって思う。洗っても取れてないと思う。もう隙間のやつでもね、本当に気をつけてもできるときはできるよね。だからね、研磨の後にもう頑張って取ったつもりでも取れてなくて、で筆に巻き込まれたりしてね、シリコンペンで塗ってるな。シリコンペンで塗ってるってことは、まあ取れてないんだろうね、根本的にこっちについてるやつが。そうだよね。どうしたらいいんだろうね。こういうので細かいとこまでやるしかないかな。こういうとこで細かいのやって、私はジェルクリーナーで取っちゃうんだけど、でもできる時あるね。やだよね。多分これはみんな悩んでそう。私もできるもん。ガン決まってる。その最後の方に残った汚いのガーゼでこすのもありだけど、もうこの一番下のにちょろっとだけ残ったやつは捨てちゃうかな、私は。固めてペリッとして、滅菌室みたいなところでやらないと拭えない悩みかもですねってね。そうなんだよね。もう目に見えてないだけで、ほらレインしてる時さ、黒いほこり入ってくるもんね。特に不透明のカラーで作った時、だいたいこういうとこについてるねん。ひょろーって黒いやつ。地震？大丈夫かな？東北で地震だって。スマホどこ行った？いや、なんかちょっと嫌だよね。去年もあったし、心配になっちゃう。東北の方大丈夫かな？この前あったとこかな？頻度4。この前と同じとこかな。出てる。でも今調査中らしい。大丈夫かな？岩手県の方ね、東北の方。3分前。今調査中だからなったばっかかな。犬がビビり散らかしてますが大丈夫ですって。よかったね。4も結構でかく感じるからね。やだな、もう起きてほしくないね。東北でもこの前でかいのあった後もちょこちょこ起きてたもんね。神奈川まで揺れた？そんなとこまで。出た。今出たよ、詳細。前と同じとこだね、震源地。マグニチュード 5.7 らしい。津波心配なしだってよかったね。最近多いよね。気をつけよう。よかった。その周辺に住んでる方大丈夫だって言ってくれてる。よかったね。引き続き気をつけてこうね。もうでもやめてほしいね、年末年始にも。これでなんかパワー分散してしばらく来ないと信じよっか。でも最近多いよね。はじめまして。ずっとファンでしたってコメントしてくれてる。いや、嬉しい。ありがとうございます。ファン嬉しい。これからも楽しんで見てもらえたらいいなって思ってるんですけど、わざわざコメントありがとうございます。揺れちゃったか。よかったよね。なんもないなら。とにかく引き続き気をつけていきましょうね。で、
これもそうかな。で、最強放置正直意味なくて、意味ないね、最強放置。でも、シェイカーの表面とかを塗るときは結構意味あるかな。球体とかさ、塗ったときはあんま意味ないんだけど、シェイカーの表面にコーティング仕上げて、で、ポツポツどうしても出したくないなって時は5分ぐらい置いたりはしてるけど、意味あるかな。あんまない気がするな。気持ち多く塗るのも大事で、収縮のこと考えて。でも塗りすぎると端っこから垂れてくるから難しいねん、量が。なんか垂れないギリギリの量。薄く塗りすぎてると出やすい、ポツポツ。そもそも収縮もしてるからっていうイメージで、また出せるといいな、動画、新しいやつ。一応コーティング動画過去に2個出してるけどね、また出せるように考えますね。で、収縮も結構違う。コーティング液によって後編とかもあるねんけどね。被害なくてよかったよね。気をつけていこうね。で、同じコーティングだけどちょっと違う質問で、ツルツルの作品をコーティングしたら、制作したらコーティング液は必ず塗らないとダメなのでしょうか。で、これに関しては私塗らない時があって、たまに塗らない時ってのが、もう輪郭をパキッとしちゃいたい時は塗らないことがあって、最近塗らなかった作品ってなんかあるかな。でもね、もうできることなら全部塗った方がいいよね。私が塗らないパターンはシェイカーの、もうこんなサイズじゃなくてもっとでっかいシェイカーあるじゃん。でっかいシェイカーの時に表面のコーティング塗るとやっぱポツポツできたり塗れてない場所があったりで、失敗しちゃう率が高いんだよね、でっかいシェイカーって。そういう時はもう表面は塗らないパターンはあるねんけど、こんぐらいのシェイカーやったら今はコーティング塗るようにしてるんだけど、昔は塗ってなかったな。ってのもコーティング塗っとくとレジン作品が2年とか3年経った時に加水分解しにくくて、コーティング剤塗ってある方が。レジンって加水分解ってやつが起きるねんけど、2年とか3年で過去の作品が結構溜まってきて見てて気づいたんだけど、ペタペタってしちゃうんだよね。ツルツルに仕上がってた作品でも。で、なんでだろうって調べた時に、ほら自転車のさ、持つとことかさ、ベタベタになるじゃん。外に置いとくと、自転車外に置いとくと、あれ加水分解ってやつでベタベタになってるらしいねんけど、なんかレジンも同じことが起きるみたいで、 2,3 年経った作品って表面べちょべちょになっちゃうんだよね。で、それがね、コーティング剤塗ってあるとならないんだよね。なんでかわからんけど。違うんかな、液がそもそも。なんで塗った方が長期的に見た時に絶対にいいんだけど、塗らない時もあるって感じなんだよね。そうそう、インスタでコーティング液剤よりレジンでコーティングしてる人がいたのですが、それやと加水分解を受けるから 2,3 年後を見据えた時にやめた方がいいかなって思う。でもでっかい作品って粘度がある方がうまく塗れるから、レジンでコーティングした方がうまくいくんだよね。でっかい分厚いさ、モールドとか側面が分厚いやつとか、そういう時私レジンで側面コーティングしてたねんけど、大きい作品でコーティング失敗するともう一回さ、表面削ってさ、もう一回塗ってさってやりまくるとどんどん作品ヘボくなってくじゃんって思うと、もう塗らない方がいいかなって思って、でかいシェイカーとかは塗らない時がある、私は。なんだけど難しいとこだよね。あとはモールドが表面仕上げっていう、もうツルツルに出てくる時あるじゃんね。あれの場合しなくても綺麗だったらいいかなと思うけど、でも結局 2,3 年後のこと考えるんだったら全部した方がいいかなって思う。加水分解2,3 年前に作った作品たちを見比べた時に、コーティング塗ってあるところは加水分解になってないなって思う。でもね、なんか場合によっては塗って失敗するリスク高い場所とか塗らなかったりするなって感じだよね。それで大丈夫かな、答えはね。こんばんはって、いらっしゃい。この配信はね、年末年始特別配信でレアな配信ですね。これは普段の配信ではないやつです。ありがとうございます。
やばい、もうあと20分ぐらいで終わるんだって。ね、ちょっと待ってね、一回水飲むね。皆様のお菓子とか食べてね、食べてくださいね。あ、見ないで。みんなもお菓子などを食べてまったりお付き合いくださいね。コーティング剤減り早いよね。私もレジン液張りに減る。どんどんヘボくなる。それ私コーティングからの研磨のエンドレスループ。なるよね。こうなっちゃうんだよね。わ、お蕎麦食べますっていいじゃん。年越しそばだ。見ないで。マスク取ると10歳老けるねん。てか、マスクすると10歳若く見える顔してるからつけとるねんけどな。ということで、続きもいきますね。続いては、お悩み相談です。トマト大好きさん。悩み相談、失礼します。私はかなり周りの人を気にしてしまいます。実生活だけでなく、SNS のいいねや反応も気になってしまいます。なるべくいいねを表示にしたり、意識的に見ないようにしていますが、気になってしまいます。こまりさんは SNS などの反応が気になることありますか？また気になるときは、どのような対策や気持ちを切り替えているのでしょうか？教えていただけると嬉しいです。もうこんなみんなあるよね。私このライブは全然見てもらえないから面白くなかったんだなとか、もう日頃からそんなんばっかだよ。数字ばっか気にして生きてるけど、気にしすぎるとしんどくなっちゃうから、見ないようにしたりする。もう YouTube の、YouTube スタジオっていうアプリあるねんけど、再生数とかのデータが載っとる。もう開かないようにする時とかあるよ。で、あとは、4月とかになんかごたごたしてる時期に猫好きパパが SNS ね、私の周りの SNS をね心配してチェックしてくれてたんだけど、見てるうちに SNS 疲れになっちゃって、でなんかやみ出したからもう SNS 見なくていいって言って禁止させたんだけど、そんな感じで SNS ってね、 SNS 疲れって言葉があるように数字とか反応とかで疲れやすいもんじゃないかなって思う。見ないのが一番いいんじゃないかな。そういう時私も見ないようにしてる。気になるよね。作家活動されてる方とかもさ、いいね少ないなとか気になるよね。で、私1000いいねいかないやつ投稿全部消してるんだけど、インスタそういう感じで、なんつやろ。でもそういうことしてるから余計疲れるんかな。あと20分だって大変だ。わ、楽しみ。ちょっとこういった。ね、楽しみ。早くパンってしたい。あと20分で鳴らせるでパンって。そうそう。コーティング減ってきた時ハケ届かないでしょ。そういう時もコンテナに移すのがおすすめ。コンテナ安いよ。いっぱい買っとくと。100均にもあるもんね。ちっちゃい。こういうサイズの、こんぐらいのが100均にいっぱいあるんでね。そういうのでもいいからやっとくといいかもしんないよね。みんなお蕎麦食べてる。すごい。年越しそばだ。ありがとうございます。覗きに来てくれた方もね。蕎麦食べてるさ、やってくる方がたくさんいる。嬉しいね。こんばんは。1個の作品を3時間コーティングしてる人通りますって。偉い。すごいね、3時間は。そうすると私さ、結構自分の作品に時間換算も混ぜて価格つけてるから、3時間コーティングが加わると500円ぐらい高くなっちゃう。いや、時給で考えるともっとか。ダイヤ型はコーティングしなくていいですかって。ダイヤってどれやろう。これでしょ、これだよね。これもね、したらね、微妙になっちゃったけど、でもあれツヤツヤの方が綺麗だったからな。これね、したらちょっと輪郭がぼやっとしちゃって、しない方が綺麗だなって思った。確か私サンプルのページとかではしないやつを提出したな。グリーンオーシャン社の感じ。デジタルデトックスは難しいのでゲームしてますね。もう見ない聞かないが一番だよね。 SNS やってると疲れるよ。特にリールとかさ、挑戦してる方、リールの再生数とかさ、もうとらわれるじゃんね、あれに。私でも気になるもん。明日もお仕事って、頑張ってね。明日もお仕事の方もね。年越し前に急いでシャワー浴びてきますって言ってらっしゃい。
いいね欲しくてレジにしてるわけじゃないといえども気になるんだよね。だからやっぱ数字って病むんだよね。見ない方が、枯れてる時見ない方がいいと思う。私も見ないようにしてるし、周りの人がそう SNS 疲れてるなって感じた時は見ちゃダメって言ってきたって感じ。そんな感じでしたね。はい。続いてがうずきさんの質問です。ライブ中に小森さんがよく色の濃度の話とか反対色の話とかをよくしますが、濃度は経験を積めば分かってくるかなと思いますが、色についてはちゃんと勉強とかした方がいいでしょうか？赤が入った茶色とかよく言われてるけど、正直なところ分からないにゃとなっているのでってね。これそっか。何色と何色を混ぜたら何色になるみたいなやつは多分美術要素だと思ってて、これ結構私は生まれ持って備え付けられてたっぽいんだけど、反対色に関してはあるかな。昔画像編集の仕事をしてたことがあって、その時に画像のアプリっていうかソフトかパソコンだから使うことがあって、こういう出るかな、こういうわかるかな、こういう円みたいなカラーチャートが結構画像アプリって出てくるんだよね。画像ソフトか。これで反対色がわかるわけ。これこっちの青色、濃い青色の反対がこっちかな。ほんまにそうやっけ？あれ違くない？なんかちょっと違う気がする。いやでもピンクの反対緑だから合ってるな、ね。こういうさ円を使う機会があって、これで反対色は学んだんだけど、勉強したら学べるかなこれ。こういう円を使うことが、画像ソフトを使う方はよく見るんじゃないかな。こういう円でもね、最近のソフトってこれ表示しないんだよね。なんか横長のカラーチャートみたいな使ってること多くて、昔のソフトじゃないと出てこないかもしれない。これで反対は把握したんだけど、私は。でこれまあさ、黄色と青を混ぜると緑になるじゃん。この辺は多分美術で学んだかな。過去に学んだっけ？なぜかやらなくてもわかる。美術でやらんかったっけ？なぜかわかる、それはって思ってる。あるんだ。美術の教科書にあるらしいよ。勉強するといいかもしれない。これわかりやすいよね。すごい。過去に使ったソフトにこういうなんつうの色を選べっていうやつが結構あったもんで、それで覚えた気する。ゆるこま出せるけど上にも下にもおるね。年越しになったら芋のゆるこまも出そっか。美術で習うらしい。だから習ってたんだろうね。私色の12色相関っていうんだって。もう配色の本買いましただって。そういうのもありかもしんないよね。行く年来る年始まったらしいよ。やばい、いよいよだね。紅白を見てた方もお疲れ様です。ほら、自分の理想の色を作りたいって思うんだったら買うといいよね、きっとね。ということで、まだいけそうだよね。続いてがこれ同じ質問2個続いてたんで一緒にお答えさせていただきます。ひよよさんのグリーンオーシャン社の取り扱いのレジン液それぞれの適切な用途を分かりやすく説明してほしいです。制作時どのレジン液が適切なのか正しいのか不安なので初心者に分かりやすく小森さん流で教えていただきたいですとのことですね。でもう一人がまりまるさん。質問ですが、小森さんはマサルの液スタンダード、サラサラ、プレミアムの3種類をどのように使い分けてますかとのことですね。これ一緒の質問でありがとうございます。これはもう結構わかりやすくて、紙に書いちゃおうかな。白組ってどっちやっけ？男族が勝ったってことね。もうあっという間に終わっちゃったね。私ね、どうやって書こうかな。こうやって書こう。こうやって。これ多分、でもグリーンオーシャンさんのさ、
商品ページにも載ってる気がする。ノーマル、プレミアム。なんか、これあるじゃん、こんなんよく。よいしょよいしょよいしょ。やばい。この角度にちょっと待って、自分の方向けて書いていいかな。これまず、粘土ね、粘土。ごめん、漢字出てこないや。めっちゃサラサラ。ほぼ水みたいな感じ。でも、言うてもノーマルとプレミアムもサラサラなんだよね、結局、グリーンオーシャンさんのって。で、めっちゃサラサラで水みたいだから、これ、モールドに流すときにいいわけ。で、あと、収縮もね、収縮が、すごい少ない。超少ない。超少ない。言うてもこれも少ない。こういう感じ。プレミアムちょっとあるか。超少ない。よくわかんなくなっちゃった。って感じで、とにかくね、もうこれモールドに流すのにめっちゃ向いてる。で、問題ここ。応変が、ぶっちゃけする。ノーマルは、結構持つ。ちょっとするっていうか、こう長いことをしない。で、これしないんだよね、もう。しない。なんで、こうなるともう、透明作品はプレミアム一択だよね。カラーレジン使うときは、ほら、もう応変してもさ、言うたら青色がちょっと緑がかるだけだから、あんま関係ないんだよね、応変しちゃっても。なんで、もうカラーレジンはサラサラ一択かなって思ってて。カラーレジン。で、難しいのが、ノーマルがもう、この、ちょうど間の性能なんだよね。中途半端なんで、もう、めったに使わないよね、私、ノーマル。すごい。ちょうど間って感じ、すべての性能が。カラーレジンにぴったりもう、サラサラサラ。もうカラーレジンは一択だよ。そして透明作品はプレミアム一択。もう透明作品プレミアム一択っていう感じにやってる。結構配色の本買ってる方いてるね。そういうのがあるんだね。やばい。あと10分ぐらいになってきたら、鐘鳴り始めただって。すごい。鐘聞こえないや、ここ。いいな、鐘の音聞こえるの。だいたいそんな感じで、表面をぷっくりしたいときは、まあ森線なんだけど、森線は私の中で結構問題があって、ちょっと後で質問来るからまた答えるね。すっごいでかい作品で、溝とか魔の谷がいっぱいある作品だったら森線使うけど、それ以外では全部プレミアムでやってるって感じ。とにかく応変しない方が嬉しいからね。って感じで、ノーマルがごめんねって思う。そう、かわいそうだよね、私の配信で登場したの2回ぐらいちゃうかな。ジョヤの鐘鳴ってるってみんな言ってる。いいな、聞こえないよ、なんも。ゴーン。このぐらいに鳴り出すんだ、ジョヤの鐘って。ノーマルサラサラより応変早いって。そうなんや。めったに使わんから知らんかった。ってなるとノーマルの良さなんもないよね。なんもないよねとか言って。プレミアムはほんまにしないらしい。ただちょっとね、難しくて検証って、レジン液ってロットで全然違うもんで、あんまり、検証だけを当てにしない方がよくて、例えば同時期に違う作家さんが同じレジン液で検証したのに、一人はめっちゃ応変して、一人は全然しないパターンとかあったんだけど、ロットで成分変わるもんで結構、なんかあんま当てにならないって思う。そのあたりは。トラブル起きやすいね。そんなにしないですよって怒る人現れたりしちゃうからね。そう、気をつけなきゃいけないとこって感じ。透明作品はプレミアムかなって思ってる。こんな感じでやってます。小森さん聞こえないってか、ここに住んで鐘聞こえたことないねんけど、鐘がないんちゃうかな、近所に。みんな鐘鳴ってるらしい。いいな。鐘鳴らす場所ないと聞こえんやんな。鐘聞いたことない、今。多分そうだと思う。これでわかるかな。なんか、これが結構するかもしんないから、するにしとこうか、じゃあ。
今教えてくれた方いるから、私ノーマルめったに使わないからね。あと匂いもちゃうよね。ここにおまけをつけるとしたら匂い字めっちゃ下手じゃん。これね、私さっきも序盤に聞いたけどしないって感じてる方が多いよね。これ結構臭い。ちょいする方かな。他のレジン液に比べればちょっと臭い方かな。ちょいちょい臭って感じ。この間ちょいちょい臭い。同じぐらいやっけ、これとこれ。もう使わないかわかんないや。こういう感じで違いがあるよね。ノーマルの良さがね、いまいちこの間中間だからわかんないなって思ってあんま使ってない。あ、鐘聞こえない仲間たくさんいてた。お寺がないと聞こえないのか。聞こえない方も結構いるらしい。ね、そんな感じでした。ね、もう一個いけるかな、質問。続いては、ココさんです。ありがとうございます。レジン作業中に、あれこの間買ったモールドどこやった？あの資材どこやった？と物忘れがひどくて自分でも怖いです。すごく探してやっぱり見つからないときは諦めるのですが、皆さんは資材の管理はどのようにされているのでしょうか？たまにこんなところにあったってこともあるのですが、見つからない時の方が多いです。整理整頓が下手なだけなんでしょうか？これ大丈夫？全員そうでしょこれ。ごめん、見えてなかった。みんなそうでしょ。私もだもん。だって次のライブでこれ使おうって思ったのにそれ見つからんくて3時間ぐらい探して無駄な時間がみたいなしょっちゅうあるねんけど、これみんなだから大丈夫じゃない？大丈夫じゃないっていう問題じゃないけど、みんなでしょこれ。なくなるよね。どんだけ私結構整理整頓頑張ってる方だと思うけど、とんでもなくなるもん。これは多分全レジンやる人類の共通の悩みだから、もうみんな悩んでるから大丈夫って感じ。難しいね管理。私すごいしっかりやってる方だけど、そんでもなくなるよ。ガンダムマーカーもさ、探すのに2時間かかった。みんなに配信で見せた後に、次の配信で使おうとしたガンダムマーカー、あれ前みんなに見せた後どこやったっけって思って探しまくって見つからず、どこから出てきたんだっけ。結局2時間ぐらいかかった探すの。そうだよね、みんなそうだから大丈夫。買ったものをどこに置いたか忘れます。買ったもの一度放り込んどく箱とか作った方がいいんかもしれないかな、もしかしてね。そうで追加で買ったら出てくるよね。あるある。よかった、みんな一緒じゃん。大丈夫ね。妖精がいるよね。妖精がいて隠してると思う。で 2,3 時間探して他のどうでもいい日にポンって出てくるよね。ホテルキーモールド1ヶ月ぐらい見つからないだってどこにあるんだろうね。使いたい時に見つからない。ほらもうこれはもうみんななってるからどうしようもないと思うから大丈夫。みんなそうなってるから。なんつやろ、レジにするみんなの、課題というかみんなの悩みだから大丈夫っていう。こんだけみんななってるってことは解決方法ないんじゃないって思っちゃう。ね、こんばんはいらっしゃい。もう全然悩み解決になってないで。みんななってるから大丈夫だって。ごめんね。でもどうしようもないと思うこれ。エコバッグから出てくるときはそれはもうどうしようもないね。でダブって買ってるものたくさんあるよね。応変はね、太陽の光以外でもなるね。私検証したけど全部暗闇に置いといたやつで、なんやっけ、経年劣化で応変するやつもある。で太陽の光って全然応変しないやつが2年後にめっちゃ応変してるパターンとかも経年劣化であるから、光以外でも結構変わるよね。待って誰かさしめじ持ってる方さ、どうしようみんな集まれ。しめじ入れてる方ナウって言ってもらっていいかな。みんなとの時差を把握したいかも。多分このライブ配信って1分ぐらい遅れてみんなに届いてるんだよね。その時差を把握してそれに合わせたいかも。ちょっと待って、まだ出さないで。ちょっと待って。世界時計出すから待ってね。これね、時差をしっかりと
分00。あれ、お。はい。やってみるんやっけ。あ、しまった。なうって言ってもらっても意味ないじゃん。私が今、何分って言った時にみんなの時間がさ、何分か教えてほしい。今ね、私の方は、57分30秒、31、32、33、34、35、36ってなってるねんけど、どんぐらいずれとるやろ。多分1分遅れて届いてるんだよね、みんなに。57分46、47、48、49、50、51、52。めっちゃなうってもらってる。申し訳ない。なんか意味なかった、これ。私もチャット欄と同じ時間を生きてるみたい。で、って言った時間がみんなに届くのに1分ぐらいあるわけ、多分。すごいなう出してくれてる。そんな差がない？ほんまに？でもなんかもう同じタイミングで言えばいいか。やばい、あと2分切ったね。大変だ。なんかそんな時間差ない気するよね。わかった。ライブ見ればいいんじゃない？自分の。ぐらい差があるかを。ほら、もうみんな集まってきて。ちょっと。早く。どんどん来て。でね、こんなんも用意して、100均でキャンドゥで買った光るやつ。ほら。じゃーん。何も見えんくなるだけやった。なんか派手になるかなって思って画面が。で、キャンドゥで買ったよ、これ。光って何も見えないだけだったね。みんな集まれ。私の机の上のぬいぐるみみんな来るよ。時間差ないか。ね、横長の時すごい差があるのにね。来る。やばい、もう来る。ちょっと待って。落ち着いて。みんな集まって。みんな始まる。もうなるで。どこ行った？時計消えた。あと30秒ぐらいってこと？ちょっとみんなと私のタイミング合わないだろうから申し訳ないけど。ねえ。コメントでお祝いしましょう。ましておめでとうってね。もうすぐ、2025年もお疲れ様でした。みんな、無事に、普通に生きてて偉い。もう、普通に生きれてるだけで偉いよね。ね、素晴らしい。やばい、パソコンだとなうって出ないじゃん。もうすぐだ。カウントダウン。多分遅れてる。明けましておめでとうございます。ちょっと待って、子供がめっちゃでかい声でなんか言ってる。おめでとうございます。イエイ。鳴らしていい。行くで。行きます。ハッピーニューイヤー行きます。めっちゃうるさい。やばい。すごいうるさい。出た。煙出てる。めっちゃうるさかったかも。ノイキャン入ったかな。うわー、すごい。やった出たで。おめでとうございます。わー、焼けましておめでとうございます。花火鳴ってる。すごい。私もよろしくお願いします。待って、超火薬の匂いすごい。イエーイ、やったー。パンって言った？聞こえた？めっちゃうるさかった。うるさくて耳がキーンってなった。やばい、8年ぶりに鳴らした。ね、もう一個鳴らしていいかな？めっちゃ楽しい。次、無言で鳴らすね。はい、明けましておめでとうございます。うわ、すごい。あれ、さっきのよりすごい出た。めっちゃ出るやん。なんかダイソーのやつ、リボンのさ、あれちゃうで、中身が。1個目めっちゃしょぼかったのに2個目めちゃくちゃ。ライトが落ちちゃった。待って、ライトが落ちていった。私の顔面も照らしてごまかすライトが落ちていった。おかしい。いいかな、これで。中身全然違ってた。結婚記念日だってすごい。1月1日おめでとうございます。おかしい。1個目のやつすごいしょぼかって中身が。2個目のやつめっちゃ入ってた。さすがダイソーだな。
このクラッカーの紐がライトに引っかかって電気倒れちゃった。おめでとうございます。めでたいね。初コメ、今年初コメありがとうございます。面白い。もう一個だけいいかな。もう一個、でも2個残しといて、何かの記念日にまた謎、これ。常に常備しといて、すごいコマリンレジンで、なんだか、起きた時に、あれしよっか。そっか。実は本日誕生日です。年取りました。だってすごい。1月1日お誕生日。おめでとうございます。ね、今年も素敵な1年にしてくださいね。めでたいね。私が座ってる机はね、ごく普通の机な気がするよね。ごく普通かもな。こっちの方がいいか。わーいわーい。アフロになって、かわいい。アフロになっちゃった。じゃーん。そして、今から初詣行く方が、ね、結構いてる。気をつけて行ってきてくださいね。でも今日ちょっと、マシじゃない？寒さ。クラッカーの紐、着払いで送ってください。こっちでもいいかな、これ。こんな紐もあるよ。クラッカーのこっちの引っ張る方の紐もある。久しぶりに鳴らした。めっちゃ楽しい。あと2個は大事に取っとくね。これさっきの紐引っ張りきれてないんだ、1個目のやつ。まだ出るってこと？あれ？ 1 個目のやつ紐が引っ張れてない。出てないってこと全部。やばい！下段にあるかもしれない、これ。なんかおかしい。1個目に鳴らしたやつ、全部引っ張れてない、紐が。鳴らしてみていいかな？引っ張れないんだけど。壊れてる。なんかおかしい。解体していいかな、解体。やばい。お誕生日の方が、さっきお祝いした方かな？他にもいてるかな？おめでとうございます。キボさんが本日誕生日なんです。なるほどね。一緒にニコとも挨拶しなきゃいけないもんね。おめでとうございます。ね、今年もよろしくお願いしますね。ちょっとおかしいやつあるでさ、解体してみていいかな？危ない？引っ張れてなかった1個目のやつ。あるな、これ。危険らしい。ちょっとやめとこっか。怖い。じゃあ、ほっとくね。危ないらしい。中どうなってるんだろう。とにかくね、無事お祝いできました。ベープの福袋狙いに行ったら速攻で売り切れた。10万するのも秒で売り切れてただって。10万の福袋なんてあるんや。すごい。セレブリティで手が届かない、そんなの。ねえ、やっぱ、新年早々福袋販売してるとことかもあるんだね。私はオールナイトレジンしましてね、頑張ってくださいね。そう。でね、引き続き質問に答えていくんですが、実はまだ半分も答えてないんだよね、2時間で。いや、3分の1ぐらいかな。なんでね、まだまだ答えていきますね。引き続きお時間合う方はお付き合いください。とにかくね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いってらっしゃい。初詣行かれる方。ということで、これはどうしようもないってことで、ちょっと待って。ごめん、忘れてた。歌を、春の海に変更させていただきますね。新年になったということで。新年気分を味わっていただけたらと思いますね。これでいけるかな？じゃーん。かな？歌聞こえたらぜひ教えてください。ね、これ新年早々のやつに変えてみました。はい、今年もよろしくお願いします。めでたいね。本当に今から行く方多い。気をつけてね。これ音量とか大丈夫かな？うるさすぎないかな？
ということで続きも答えていきます。あ、明日お仕事の方も寝てくださいね。ありがとうございました。うん。ね、一気に正月だよね。そう、もうクリスマスも年越しも、いつでも、引きこもりなんでお任せください。いつでも過ごせるこまりんです。いきます。次。これね、さっきの続きでもう一つお悩みいただいてました。チャット欄でもお話ししたことがあるのですが、巻き爪がひどくて悩んでます。皮膚科の先生に歩かなさすぎてもダメと言われ、ウォーキングも徐々に始めてます。調子に乗って歩きすぎるとまた傷になるの繰り返しで良くなりません。テーピングの方法も教えてもらいましたが、テープで皮膚がものすごいかぶれるので今はテーピングはしてません。爪の処理方法も教えてもらい、それは実行してます。右は親指と中指、左は親指と人差し指が巻き爪です。親指以外の爪はものすごく小さいです。何か良い対処方法があれば教えてください。ね、これは私、わからないもんで、もし巻き爪になった方がいたら教えてほしいねんけど、実は猫好きパパも一時期巻き爪でめっちゃ悩んでた。でもう短く切っちゃダメなんだって、短く切ると伸びる時に肉に食い込んでいくから、常に長くしてないとダメとか言って、ずっと長くしてるけどね、器具みたいな、てこの原理でネジくるくる巻いて、指と爪の間広げるみたいな、てこの原理の機械つけてたけど、意味ないって言ってやめちゃってて、なんか今はもう、伸ばすことによって回避してるみたい。妹は巻き爪の手術しましたよ。だって今治ってます。手術があるなら手っ取り早いよね。手術あるんや。巻き爪で悩んでる方って思ってるよりも多かったりするんかな。私は外科手術で横幅を削りました。だって爪を切るときはスクエアカットがおすすめだよ。こうやって四角く切るってことか。端っこの方を切り落とさずに。手術があるんだね。今、なんか何でも手術あってすごいね。私もさ、鼻の頭にほくろあって昔、もう20年前ぐらい。で、手術で取ってもう出てこなくなったよ。そういうのがあるよね。今、猫好き姉ちゃんが足のすねにあるほくろを気にしてて、私はもう取ればいいんじゃない派なんだけど、なんていうの、パパがそんなことまでしなくていい派。これ性別がちゃうでわからんのやろうな。で、なんかやらせてもらえんって言ってブーブー言ってた。やばい、外科じゃなくて外科らしい。やべえ。新年早々やっちった。外科です。手術があるらしい。やってる方もいてるね、何人か。巻き爪です。たまに痛い。だって。歩くときついよね、きっと。巻き爪で切りすぎてしょっちゅう出血してましたが、伸ばしてからはそこまでひどくならずに済んでます。でもヒールのある靴は痛くなるので履けません。ね、その感じでね、猫好きパパも伸ばしてる。伸ばしてると大丈夫だったらしい。でもあれだよね。伸ばしてる爪が刺さるんだよね、たまに。うん。外科。私も巻き爪の手術しました。でも切り落としたところから新たに生えてくるので抜いてます。毎回痛いですって。もうそっか。手術しても、なんとかしないかんっていうパターンもあるんや。とりあえずすぐできることとして切るときに四角く切ってみる。でもさ、多分、すごい巻いてるとそんなんでもダメなんだろうね。そう、それ、バネみたいなやつつけてたんだけど、もう、あんま意味ないし邪魔って言ってすぐやめてた。ネジバネイヤリングみたいなやつを爪につけると、なんか間を、なんつうんやろうな、反りを戻すみたいな器具があるわけ。何時までやってますか？今3分の1終わって2時間だから4時ぐらいまでやっとるんちゃうかな。ね、皆さん無理せずお付き合いくださいね。そして初詣行く方めっちゃ多い。皆さん気をつけて、やってたらまた覗いてくださいね。ありがとうございます。こんばんは。ずっと体調崩してて全然配信来れなくてお久しぶりです。
出ましておめでとうございますってね、おめでとうございます。体調大丈夫かな？ありがとうございます。無理せず過ごしてくださいね。お恥ずかしながら爪水虫で爪が分厚くなって巻き爪になったのですが、爪を徐々に薄く削っていったら治りました。薄く削るとかもあるんや。やっぱ結構さ、なってる方いてるよね。そう、ほくろ気にしてるからさ、もう5000円ぐらいで取れるから取ればいいのにって思うんだけど、なんてやろ、パパが昔ながらのさ、もう自分の体にあれをみたいなタイプ、堅物タイプなもんで、でも私がなんか、女の気持ち考えろやって言ったら多分やらしてくれると思うけどね。もうちょっと様子を見て、その辺も考えようかなって思ってる。4時起きてるかな。無理せずお付き合いくださいね。アーカイブは残るつもりです。ね、おやすみなさいの方もありがとうございました。いい夢、初夢いい夢見れるといいね。高ナス富士山出てこい。ということで、でも経験者がたくさんいてるからやっぱ心強いね。今年も師匠についていきまして嬉しいね。ついてきてくださいね。ありがとうございます。出ましておめでとうございますのご挨拶もありがとうございます。よろしくの数字のよろしく確かに最近見ないよねこれ。ということで続いてはじゃん。封入とかモールドとかお気に入りのものができるとストックを買ってしまって永遠に資材王さん。ニックネーム長。いやもう長い方多いねな今回。こんにちは。モールドを動かすとレジンが流れてしまうことについて質問です。モールドを動かさなくても収縮によってモールドとレジンの間に隙間ができてしまって、どうしても後から追加したレジンが入ってしまうと思うのですが、落ちないようにそっと流す必要があるのでしょうか？それとも均一に収縮するのでレジンも均一に隙間に入って段差にならないということでしょうか？これね、してる。過去のライブで。してるんだけど、もう手っ取り早いから今説明できるんだよね。1層目が縮んで2層目に流したカラーレジンが下に落ちる現象のことで合ってると思うんだけど、まあ方法があって、で過去のライブで1回説明してるけどもめちゃくちゃ昔に説明した気がするんでもう一回説明したくて、なんかちょうどいいモールドないかな。基本的に絶対やっちゃダメなのがもうどうやろう、分厚いモールド分厚いモールドかな。これいいね。まあ収縮しないレジンを使うのがいいんだけど、すごい机ごちゃごちゃしてるね。収縮しないやつを使うのが一番いいんだけど、そんでも収縮、でっかいモールドとかだとレジン液使う量多いと収縮しちゃうよね。これで1層目流すじゃんね。ダーンって。で流して、レジン液もったいないけど透明作品も可愛いかもしんないからいいや。で、これ固めるじゃん。で、この次にカラーレジン流した時に隙間から下に落ちるんじゃ悩みのことを言ってるかなって思うんだけど、これは対策方法があって、説明したのがもうはるか昔の海のキット、自分が監修した海のキットが出た時に説明したんだよね。もう2年前ぐらいに説明したかもしんない。固めてる間に一回読ませていただくと、梅酒を何杯か飲んだら眠気がってすごい。今ね、飲んでる方何人いてるんやろう。私もレーザーで撮った。もう一瞬で撮れた。スパーンって。巻き爪を削ってる方も何人かいてるから有効なのかもしれないね。ワインと日本酒とカシオレとカルーアが回ってきたってめっちゃ飲んでるすごい。カルーアって美味しいよね、甘くて。で、こうなるじゃん。で、ここにカラーレジンを流したら下に落ちちゃう悩みだと思うんだけど、まずここのレジンを収縮しないレジン使うのが一番手っ取り早くて、でもね、それを使ってもモールドによっては剥がれやすいモールドとかあるんでね、1層目が。そういう時にやる方法が、もうカラーレジンを流す前に、もっと近くだ、もっと近く。紐邪魔やねん、これ。
ここに、端っこだけに薄く流してほしく、この色が落ちちゃうとここだけに流すと、全体に流すとさ、レジン液が多いから収縮率高くなっちゃうんだけど、もうちょっとしか流してなければそんな収縮しないんだよね。なんでこの色が落ちちゃうとこに流してほしくて、こうやって、この周りだけ。で、これでもう一回固める。モールドもずっと触っちゃダメだよ。もう一層目固めてからモールド一回も触っちゃダメ。モールドを動かすとすぐ剥がれるから。これ固めます。で、その後に流すと多分落ちないんだけど、モールドから剥がした時にちょっと段差できてるんだよね、横に。で、そこはもう剣までどうにかしろって感じ。この状態で流すと絶対下に落ちないんで、多分収縮するレジンとかでもこの方法なら有効じゃないかなって思う。なんでぜひその方法でやってみてくださいね。モールドに触っちゃダメだよね、とにかく。ちょっと触っただけで一層目の隙間がほらポって開いたりするじゃん。で触らずに、今の隙間落ちる部分だけレジン塗って硬化した後に流して多分なんとかなる。で外した後にちょっと段差できてると思うんだけど、サイドにここは削れば OK かなと思っております。飲んでる方も結構いてた。梅酒をオレンジジュースで割って飲んでます。だってすごい。飲みながらレジンしてる、すごい。500ミリ3本目終わっちゃったって。今日解禁してる方多いね。マッコリ飲んでる。バラ梅酒ってやつ美味しいですよ。だって。名前がかっこいいな。未来のレモンサワー飲んでます。みんな飲んでるから今日大丈夫だって。タコハイ、安定のタコハイも飲んでるらしい。これまた後で見せるけど、なんか大したことないものができたね、きっとね。固めてる間に次のやつに行きたいと思うんですが。どこ行った？いいじゃん、いいじゃん、みんな飲んでて。新年だしね。続いては、これちょっとね、みんなに聞きたいかも。私、わかんなかったやつ、これ。最近布や折り紙も封入できると知って、100均の、ごめん、これじゃないや。後で聞きたいやつ。100均の滞在時間がさらに長くなっていく資材王さん、ありがとうございます。こんにちは。レジン枠は、こまりさんは動画でやったことありますでしょうか？いやー、ないかもしんない。可愛くてたくさん持っているのですが、レジン枠用、緑のテープが粘着すぎて、いつも綺麗に剥がれず、テンション下がってタンスにしまってしまいます。こまりさんのレジン枠作成は今後ライブや動画で実施する予定はありますでしょうか？ポイントなどあれば教えていただきたいです。やってるかな？ちなみに、緑の使わなくてもマスキングテープっていうかもうクリアファイルの上でやっても十分なんだよね。横から漏れたやつに関しては後で取ればいいからね。やったんかな？やってないかな？私、レジン枠、やってるどっかでセリアのやつやった記憶がある。これと同じやつ。で、そこでめっちゃコツを語ってるはずなんだよね。どこだろう？やってる。風景シートと共に入れたと思うんだよね。どこかわからない自分のライブの。すごい昔の気がする。緑のレジンテープね、結構そういうこと言ってる方多かった。レジンと相性が悪いと、くっついて全然取れなくなるみたいだし、時間が経つとべちゃべちゃになっちゃうみたいな、話があった気がするんだよね。いやー、どっかでやってるんだよな。セリアの回でやってる。いろんなセリアのグッズ作るぞみたいなライブでやってた気がするんだけど、風景シートを入れて作った記憶あり。サムネイルに設定してないとわかんないんだよな、自分で。サムネイルにさ、作った作品載せるの大事だね。もうはるか昔の気がする。かなり初期の気がする。やる予定はリクエストがあればやると思うけど、あんま自分自身がレジン枠そこまで好きじゃないみたいのがある。
ないかな。ね、マスキングテープとか、なんならクリアファイルの上に置いて作っちゃってもいいもんね。違うか。間違いなくどこかでやってるんだけど、もう探せない場所でやってるって感じ。マステのり残るんかな？残らないよね。マステによるんかな？残らないイメージあるけど、残ってもさ、後で、アルコールつけてゴシゴシしたら大丈夫そうな気がするけど、どうかな？緑のテープレジにつくので使うのはやめましたって。ね、そう言ってる方多いから、あれ全然良くないんだろうね。いやー、やってない。いや、やってるんだよな、絶対どっかで。すごい、本当に最初の方かもしれない。多分サムネイルにいなくて、でもセリアの回ってことは確かセリアの枠でやった記憶があるからね。これじゃないか？ 61 回でやってるかも。61回。これ多分背面がないやつで作ってて、めちゃくちゃ序盤だね。どうやってやってるんだろう。あれ？そうだよね。やってる。だからね、コマリンレジン61で検索してもらうといいかなって思って。私が思ってるやり方でやってるね。でも緑のテープ使ってる。そう。私が思ってるやり方でやってなかった。ね、まさかのみんなが言ってる噂の緑のテープ使ってるや。またどっかでやろうかな。なんならマステもいらないと思う、私。最初に縁だけ流して硬化したらいいと思ってるから、クリアレジンを。クリアファイルの上でやればいけそうな気するな。でもマステでやってる方多いよね。マステでやるのもありかな。どっかでやろうかな。このおまけに入ってたし、ちょうど。で、風景レジンもしたいかも、久しぶりに。さっきと同じものをもっと、なんかさ、イリュージョンカラーとか使ってクオリティ高いやつ作りたいな、もっと。とにかく緑のテープはダメってこと。でもさ、レジンの最初の方って、ああいう枠使うよね。難易度。ちょうどいいし、初心者さんに。周りのさ、言ったら、ここだけさっきみたいにクリアレジン薄く塗ればいいんちゃうんって思っちゃう、私。またどっかでやりますね。緑のテープ、私もどっかにあれ捨てたんかな。なんかみんな一回買ってみて微妙で使ってないって感じするね。続いてがこちら、てちてちさん。レジンを始めた頃、何色か入っているスターフラワーのドライフラワーを購入したのですが、赤のお花だけうまく使えずに残っています。結構はっきりとした真っ赤っかです。おまりさんならどのように使いますか？またこのドライフラワーは古くて使えないというのはどんな状態を見て判断したら良いのでしょうか？色もまだ綺麗でパリッとしてますが、かなり前に購入したので使って大丈夫なのか迷ってます。それはね、使っても大丈夫。パリッとしてて色も残ってるやつは全然使って大丈夫で、私色落ちしてるやつとか湿気含んでふにゃってしちゃったやつは出ちゃう。で、同じように私も赤が苦手で、ほら見て、同じスターフラワーの赤だけめっちゃ残ってる。緑も苦手。緑も他の色ほとんど減ってるのに赤と緑だけ残ってる。ちなみにもう売っちゃえばいいと思う。だってこれで作ったとこで可愛くなる自信ないもん。こんな真っ赤っか。自分の作風と全然違うからね。売っちゃえばいいって思う。作って失敗してレジンの無駄かなって思う。別に好みじゃないからね。いや、上手に作れる方はね、この赤い花でもエレガントな作品とかできるんだろうけど、私は作れる自信がない。あんま好みじゃないし。だからもう、言うても何粒やろ、20粒ぐらいしかないか。ここにもいっぱいあるや。ね、こんな赤使えないよ、私は。難しくて。これとかやったらね、使えるんだけど、赤は無理。ってなるともう売るか、捨てちゃうかな。赤が好きな方に売ってもらっちゃうかな。
うん。多分人によってあるよね、苦手な色って。私赤と、この黄緑も使わない、なかなか。他の色だけすごい減ってる。うん、この2つは確か買い足ししたねんな。気に入っと。この2つ全然使わないもん。この辺りも買い足ししたから多いだけで気に入ってるけど。残る色あるよね。私は赤と黄色が残ってます。黄色はね、結構使えるけど上手に。もう本当に赤がわかんない、どうしたらいいか。嫌いな色は、バラしてミックスして使ってますってすごい。フラッシュフラワーみたいにするってことかな。黄緑欲しいね。もうメルカリとかでさ、販売しちゃうか、もう捨てちゃうかも、もうずっと持ってるだけ何もしてないじゃんって思ったら。赤色、バラすのもありかな。でも、その赤色のさ、バラした花びらが浮きそうで使うのすごい難しい。自分の作風に合わん気する。で、まあ、これをしとくとね、さっきの、これで色は落ちないと思いますね。こんな感じでやっとけば。ただ、もしかして1層目が縮んでた時に、さっきの周りに薄くなったレジンが、ここに断層として残ってると思うんだけど、なんちゅうの、この辺にペリってついてて。それは研磨したら問題ないんで、研磨頑張ろうって感じですね、これはね。こんな感じでした。粉々にしてクラッシュドライフラワーにしちゃったことあります。だって。すごい、結構粉々にしてみてる方いてるね。クラッシュフラワー出てこなかった。真っ赤っか使いにくい。濃い色。黒とかも使えないな。うまく使える方に使ってもらえばいいかなって思って。とにかく無理して作らない方がよくて、そういうのも使おうって思って過去にね、なんか赤色で可愛いのできるか頑張ってみようってやったことあるねんけど、もうどうせ自分が気に入らんやつができてレジンの無駄になるねん。なんでね、もういいと思う。という回答でした。でもバラしてる方が多かったからそれやってみてもいいかもね。そして明けましておめでとうってね、ありがとうございます。ご挨拶来てくださってね。続いては、こちこちいきょさんの質問です。アンバサダーになりたいのですが、どこからも声かからず、レジン作ってる数は少ないの自覚ありますし、写真も下手くそなのですが、DM なども送ってアピールしてみたりしてます。やはり映えとレジンの作る数とセンスがないとお声かけてもらえないのかなと。おまりさんのトーク力もすごいので、トーク力もつけなきゃですかね。質問というより悩みになりましたかねって。ね、ありがとうございます。でも結構これは、ね、悩んでる方多いと思う。やっぱさ、作家として活動を始めるとさ、アンバサダーって憧れるじゃんね。私初めてなったのサンワードショップさんってとこのアンバサダーやったんやけど、初めて声かかった時超嬉しかったからね。でちなみにこの質問に簡潔に答えると、トーク力はそんな関係なくて、トーク力はグリーンオーシャンで言うと KOL になるならいるかもしんないけど、クリエイター止まりだったらいらないんじゃないかなって思うし、なんつうやろうな、インフルエンサーってなってくるとトーク力が必要なんだけど、そこ以前だったらいらないって思ってて、ね、これね、もし私がアンバサダーを選ぶのだったら、大事にする基準みたいなやつを考えてきたんだよね。ちょっと見せるね、これ。もし自分がそういうレジン会社とかでアンバサダーね、選んでくださいって言われたらどう選ぶか。はい、じゃーん。こんな表があります。ブワーン。はい。ね、こんな感じ。ポイント5つあって、ね、多分どこの会社もこれを基準にやってるんじゃないかなって思うんだけど、ほら、これよくあるじゃん、キャラクターのさ、バランス表みたいなやつで、よくあるやつ作ってみた、これ。大事なのが、作品のクオリティで、綺麗やったり、可愛かったり作りたくなる。で、これは結構大事で、ここはダメだな。最低限欲しい数値を出すね。最低限は4は欲しい。1から5ね。これ1から5まであるってことにして。4は欲しいね。ここは絶対。で、この写真との綺麗さ、映えさ、ここも4必要。写真がめっちゃ大事なんで、マジで写真大事なんで、もう、
室外、電球、夜撮った電球の写真とかもう論外で、絶対ダメで、日光の光で撮った写真じゃないと厳しいかな。あ、撮影セットみたいなやつがあって、ちゃんと夜にね、撮ったやつでも、なんちゅうんやろ。こう、撮影枠用意して、昼みたいに撮れてる写真やったらいいけど、マジで写真大事だと思う。で、ここが、コメントとかがついてる方の方が、なんちゅうやろ、影響力があるという意味で、まあ、ポイントになると思うんやけど、これアンバサダーだったら、まあそんないらないかなって思う。ここ。あと、フォロワー数もそこまでいらなくて、フォロワー数もそんないらなくて、それよりこっちの方がめっちゃ大事なんで、この2つの方が。で、これはちょっと気にするかな、投稿頻度。これはちょっと気にする。こうなるかな、私が選ぶとしたら。ほら、こんな、なんかよくわからん。三角ができた。ほら、こんな感じ。マックス6らしい。なんかメモリの数おかしいらしい。ごめん。ここはまず必要。ここはこんぐらい。これもう1から2。1000人以下の方でもやり始めたばっかだけどめっちゃ写真と作品うまいなって思ったら私は声かけると思う。こんな感じだと、二等辺三角形。で、これと、もう全部関係なく1個選ばれるポイントがあって、なんつうの、ブランド愛。これは、グリーンオーシャンさんの場合なんだけど、めっちゃグリーンオーシャンさんのこと好きで、もう日頃からタグ付けしまくってる方が選ばれてるなって思う、客観的に見て。ここが番外編で、なんか、特別枠というか、これは私が今選ばれてる人たちをバーっと見て、上に映してほしいだって。こっちに映す？こうしたら映るかな？白飛びしちゃうかな？これ。白飛び。またライトが落ちちゃう。これで見えるかな？こうかな。でもピントがあんま合わないね。大丈夫かなこれ。またなんかどっかに載せるね。載せるかなこれ。ライトが落ちてきそう。これかなって思って、で、本当にそれで選んどるかしらんよ。私が選ばれた人たちを見てて思うのが、日頃からタグ付けとかしまくってる方は、やっぱ見てるんで SNS 担当の方はいつもこの方タグ付けしてくれてるなって。それで選ぶパターンはあると思う。特別枠として。一眼レフはいらないと思う。でも自然光とおしゃんしゃは大事だよね。写真超大事。もう夜に部屋の明かりで撮ったの論外だと思ってる。なんで、カービィがピント拾ってた？人柄はね、これはコメントとかが多い人の方が紹介したアイテムを、なんだろう、交流がてら買ってくれる友達とかいるかもしんないからって考慮するけど、でもアンバサダーレベルだったらそこはそこまで重要じゃないかなって思ってて、作品のクオリティも大事だよね。私でも作れそうとか結構大事と思う。私もこんなん作ってみたいとか。どうかな？これは自分が選ぶとしたらなんだけど。そうか、チャットオフってできるんかな、これ。もう夜に撮ったやつはね、ダメだよ。でも写真のうまい撮り方を教えてほしいっていうのもよく声いただくねんけど、ね、どっかでやってみたいなと思う。写真苦手って方結構多いよね。でも、ね、絶対やった方がいいのが、スマホに最初からついてる機能でさ、明るさとか調整できるじゃんね。あれは、やった方がいいよね、絶対。があるかな、いい写真。お手本。多分 iPhone 以外もあるよね。デフォルトの、カメラのデフォルトの機能で明るさとか変えれるってやつ。なんか無加工の写真ないかな？無加工の写真。無加工写真希望。
今ね、自分のスマホに無加工の写真ないかなって見てる。もう見せれない解禁前のやつばっかだな。作品写真。わかった。今日消したやつの中にいてるや、多分。事前庫をまとめて最悪玄関前に出れるように玄関にテーブルを置いてます。ね、私はね、窓のすぐ横にもうテーブル置いてある。いいか、これ見せても。来月公開のだけど、もう販売されてるモールドだからいっか。ちょっと待ってね。まあさ、例えば、今日サンプルを作るお仕事をしてたねんけど、じゃーん。これ可愛くない？やばい。白飛びしちゃう。じゃーん。ね、こんな感じの猫ちゃんのモールドのサンプルを今日作ってたんだけど、これ今取り込んだ状態なんだけど、体の暗さが表現できないな、ライブだと。ね、こういう状態なんだけど、iPhone の場合は、この端っこの、編集、あれ、待って、なんかいつもの、どこでやってたっけ、編集。ここか。iPhone の場合は、ここのところから、今なんか顔見えとったよね。ここで、明るさとかいじれるんだよね。これ最低限しないとダメだよね。これで、明るさを実際に見た時の色ぐらいまで持っていきたいよね。実物というか、明るさとシャドウっていうのは影の暗いところを薄くできる。こんぐらいは最低限したいよね。これで全然変わるから、これすらやってないのは厳しいと思うな。スマホにそもそもついてる機能だから、これぐらいはやらなきゃいけないかな。で、リアルで見た時の、明るく見える時の色にしたいって感じ。なるほど。チャット GDP にスマホカメラの調整レシピ教えてもらったら結構良くなっただって。そんなんも教えてくれるんや。そこをね、ちょこちょこやるしかないよね。フーディーのアプリってなんやろう。スノーみたいなやつかな。でもね、なんつうやろ。不自然なフィルターとかついてる感じも良くなくて、とにかくリアル作品の一番いい状態の色に持っていきたいよね。加工した後は、加工前の写真は削除してるね、私はもう完全に。外で撮ると微妙だね。外はもう明るすぎて影が強く映っちゃって、なんか、優しい色が出ないから、窓際で、曇りの日はカーテン開けといて、晴れの日は白いカーテン1枚してるって感じ、私は。直射日光微妙だよね。作品の影はね、映ってしまうのはね、微妙やな。作風によるというか、あんまり濃くならないようにはしてる。そこもバランスだから難しいよね。外めっちゃ寒いんだって。グリーンオーシャンの作品でなくてもグリーンオーシャンのタグ付けはやめた方がいい。もうバレるすぐ。全部でしっかり見てるグリーンオーシャンの方。投稿の分まで。なんでもグリーンオーシャンのものを使ってグリーンオーシャンのタグ付けをする。使ってない。あと、これみんなわかんないと思うけど、他の企業とつけるのあんま良くなくて、良くないっていうか私だったら嫌。他の競合と一緒にタグ付けっていうかメンションされるのだいぶ微妙でやめた方がいいかなって思ってる。自分がされた時いいね打たないもん。そういうのもあったりする。グリーンオーシャンさんのものを使ってグリーンオーシャンってね、タグ付けしたり毎日ってほどやないけどよくしてくれてる方はいつもしてくれてるなってやっぱ SNS 担当の方が覚えると思うんでね、そういうのは考慮されるんじゃないかなって思ってる。ね、明るさ大事、すごい大事。でもね、ちょっと写真の加工にもトレンドがあって、1年とか2年前はもうとにかく明るくて、すごい、目眩しいみたいな。写真が
トレンドだったけど、今ちょっと影を感じるような写真が人気だなって思う。なんかね、あるよ、写真にもトレンドが。他の企業とつけてた。あ、そうそう、それね、実際そうか知らんで、いろんなレジン会社の方どう思うか。私、それされるの嫌いやねんな。なもんで、やめた方がいいかなって思う。これは、あれだよ。ただの意見ね、人の。って感じで、どうでしょうね。目指してね、アンバサダーとか目指して、まずは、そうだな、写真の、ちょっとね、もう言うたら、なんか、私はもう3号ぐらいかなって思う。これ。大げさに考えるともう写真の方が大事かなって思ってる。そんぐらい大事かもって思う。そんな感じですね。明るすぎても、なんやろ、飛びすぎちゃってて見えないパターンもあるよね。アンドロイドあるかな？私、アンドロイド使ったことないねんけど、持ってる方、あるんかな？そういう明るい機能って。影を感じるような写真というのはね、これはもう上級テクニックになるから、なんかいきなりはできんと思うねんけど、今年私の写真で一番人気だったやつがね、これまさに影を感じる写真なんだけど、これ。これちょっとわかるかな？右上に影があるのわかるかな？これすごい、X とかだと、この技法を取り入れるとめちゃくちゃ伸びるなって思う。でもこれはね、フォトショップで影つけてるんだよね。なんでそこはもっと写真にこだわってる人がやる技法かもしれない。アンドロイドもあるらしい。ね、だからそれは覚えた方がいいよね。ただの写真を、絶対ね、ほら写真撮ってる時に実物より暗く撮れるじゃんね。絶対みんなそうだと思うんだけど、せめて実物の明るい時の作品の色まで持っていきたいよね。そんな感じで、なんかいろいろ頑張ってみてほしいし、写真はとにかく明るさをいじるところからね、もしされてない方がいたらするといいんじゃないかなと思いますね。グリーンオーシャンのタグとコマリッコは全然大丈夫。むしろすごい褒めてもらえる会議の時とかにコマリッコさんがすごい投稿してくれてるって。これ競合じゃないからね、競合中でも他の会社の名前出せねえや。他の会社、ライバル会社っぽいところを一緒に載せるのが、ダメかしらんで私されたら嫌だなって思う。そんな感じでした。やばい、どこまで行ったかわからなっちゃった。ね、参考になってるといいな。プロに頼むより自分でね、勉強。多分、なんかさ、写真に特化したさ、アカウントされてる方とかいるよね。なんかよく男性の方でリール作りまくってる方の流れてくるねんけど、おすすめで。スマホで綺麗に撮れる方法みたいな。やられてる方いるから、そういうアカウントで勉強するのもいいかもしんないよね。ということで、続いてね、進ませていただきますね。ちょっと待ってね、どこまで行ったか忘れちゃった。あと4枚。これで半分ぐらいかなって思いますね。うちの猫がめちゃくちゃ熱心に見ているので、ニャンバサダー目指してるかもしれない。ニャンバサダーって可愛い名前。ニャンバサダーもいいよね。そうそう、飲み物でサントリーとコカ・コーラ一緒にタグ付けするのはあかんか知らんけど、私だったら嬉しくないって感じ。ほら、マックとモスを一緒にタグ付けするみたいな感じで合ってるかなと思ってる。で、続いては、大福豆さん、ありがとうございます。作品制作について質問です。ぷっくりするときに焦りが出てしまい、縁のところまでうまく広げるのが苦手で、塗り残し状態になって失敗することが多いです。うまく縁までぷっくりするコツを教えてください。よろしくお願いしますって。ね、塗り残しはね、私も未だにやるよね。とりあえず回転グルコあると、よくて、回転グルコの上に、こうレジン作品を置き、ね、角度によってさ、
塗り残しが見える辺ってあるでしょ、ライトの。今の場合こっちから光がこう来てるんで、ここだけすごい塗り残し見えやすいんだよね。なんで、こう回してね、グルコがなかったらモールドに乗せて、もうこう回すだけでもいいから回して確認するのがいいんやけど、なんかこうやって頑張ってやったのに、端っこまで塗ったはずなのに硬化する時に縮んでるっていうか、塗ったはずの場所が戻ってる時があるねんけど、その時ってレジン液足りてないんだよね。もっと液乗せれるって感じ。もっと液の重みで端っこまで行かせたいみたいな、もうちょっと足せるよ状態って感じ。なんで塗っても弾いてくるっていうか、戻ってくる時は液足りてなくて足したいんだよね。で足してそんでも失敗する時があるんだけど、で失敗してここだけ塗れてなかったじゃんってなった時は、私はもうコーティングでその塗れてなかったとこをこうやって一回シューって塗って、塗れてなかったとこだけをで固めて最後に全体コーティングみたいな、なんちやろう、足して削って整えて最後コーティングでバンみたいなやっちゃう、雑に。フォトショップはそうだな、私の場合昔から仕事で使ってたから使えるだけで結構難しいんかな、一から覚えると。でも今さ Google とかで調べるだけでね、詳しく書いてるサイトがさ出てくるからいいよね。写真こまめな投稿はそこまでね必要ないかもしんないよね。やっぱ写真とね作品作り頑張りましょうね。マサルの座を狙ってるニャンバサダーってあるんかな。いいね、そんなんあったらね。ニャンバサダーうちの黒白ちゃんも出たい。カメラ得意な方が身内にいるとありがたいよね。光に透かしてやってまして、さっきのあれかな、丸い紹介したやつみたいのってことかな。グルコ最近いなくなりました。あれどっか行っちゃった？ニャンバサダーいいね、ニャンバサダー。なんかそう続きもいきますね。グルコはねレジンで私が作ってるやつだからねないんだよね。ただ来年もう今年だ、ちょっと販売しよっかなって思ってる。最近簡単に作れる方法を見つけて安定して作れるようになったから販売しよっかなって思ってる。ちょっと昔よりすごいねサクサク作れるようになったね。当初と作り方変わってる。でそれをライブでやるんじゃなかった？今度ライブでやりますねって言った気がするんだけど、ずっとやり忘れてるや。どっかでやりたいな。で終わりまして、あと3枚かな。続きも読ませていただきますね。丸もあるよ、すごい。誰か来るか？カービィちゃんとかも回せるよ。最近ワークショップのお土産にしてたから振りまくってるうちにすごい上手くなってよ、これ。ちょっと端っこにつけたせいで。じゃーん。こんな感じで作品のしても楽しいね。ということで続いてはタルトさんです。じゃん。数週間前に人間関係でやらかしてしまいました。内容は私が言った冗談（LINE 上で文字）が冗談と通じず相手を怒らせてしまいました。今は和解しましたが、それ以来これを言ったらこの人は怒るかな、ここまでは言っていいのかを必要以上に考えてしまって、言えず上辺だけの会話英語の教科書のような会話、元気ですか？はい、元気ですで終わってしまうイメージしかできなくなってしまいました。それが今回怒らせてしまった人以外も全ての人に対してそうなってしまい、会話に気を使いすぎて頭が疲労しすぎるし、楽しい話もできずモヤモヤしてしまいます。とのことで、なんてやろう、
れさ、悪気なかったんかな。SNS とか見てたり、このライブをしてると、稀に、なんて言ったらいいんやろ、空気を読めない方ってのを見かけるんだよね。この発言すると周りの人、ちょっと微妙な気持ちになるよな、みたいな発言を、多分本人は悪気がなくて、結構打つなっていう方を、何回か見かけたことがあるわけ。でも、この方が偉いのは、それにちゃんと気づいてることがまず偉くて、だいたいその SNS 上とかで空気読めない発言しちゃう方って、自分が悪い発言してるって全く気づいてないんだよね。で、繰り返すんだけど、タルトさんは気づいた時点でまず超偉くて、っていうかこのさ、こんなこと言ったらダメかなみたいな気使って疲れるっていうね、悩みなんだけど、私もそんな感じで、この3年間ライブ配信のたびに、発言言わなくてよかったなとか、反省してへこむみたいなのを3年間ずっと繰り返してるわけで、でもね、で、発言するときにさ、気を使って頭が疲労するとこも私と一緒じゃん。なんだけど、これを日頃から気をつけてると慣れてくるんだよね、どんどん。この気を使って頭が疲れるやつに慣れてくるわけ。なんでもう、なんつうんやろうな。気を使うのに慣れるまで頑張るっていうか、それがいいかなって思ってて、どうかな、なんか同じ悩み持ってる方いるかな。この内容がね、気になるんだよな。私が言った冗談で相手が怒ったっていうのは、本当に私、タルトさんが、結構やばいことを言ってしまったのか、相手が、沸点が低い方だったのかがわかんなくて、とにかく、たまに見かける空気が読めてない発言をしちゃうタイプの方だとしたら、ここで気づけてることが超偉くて、大体の人は気づけずにそのまま人間関係あんまうまくいかない人になっちゃってってる気がするからね。気を使うことに慣れちゃった方がいいんじゃないかなって。ね、これは私が自分自身にも思ってる話。なんで、LINE でやり取りしてるんだったら、送る前に、1分ぐらい考えるといいかもしれないね。この文章は大丈夫かなって。この文章は相手の立場に立った時に不快じゃないかなって考えてから送るといいかもしれないね。だいたいさ、勢いで送ったやつってさ、失敗するんだよね。カッとなって送ったメールってだいたい失敗してるんだよね、私過去に。なんで、考えて疲れるだろうけど、考えることに慣れた方がいいと思ってて、多分コミュニケーション能力とかが高い方ってそれがすごいできてると思う。会話に気を使いまくった結果、頭の回転速くなって、めっちゃコミュニケーション能力高まった結果、みんなに人気な人とかね、なんかそういうのなってるんかなって思う時があるから、人間関係難しいよね。でもこの方ね、偉いと思う。だいたい私が見た空気の読めない方は、自分で分かってないがする。毎分娘に気を使ってるので慣れましたって。そうでしょどういう状況だろう。でも慣れるよね、人って。私もだいぶ慣れて、もう3年くらい反省してるけど、毎回。で、ちょっと昔よりは気を使って発言できるようになったかなって思ってる。LINE とか SNS は文字だからすごく難しいと思う。ね、会って話すより難しいよね。文字だとちょっと、会ってる時より絡みづらいなって方とかもたまに感じるから、やっぱ文章って難しいと思う。私も悪気がなくて空気読めないので、ライブの時はすごく言葉探して話すので、面白いライブにならなくて。ねえ、で、そのさ、言葉探すことにやっぱ慣れるんちゃう？ずっとやっとると人って。しかも受け取り方も人によって違ったりするし難しいですよねって。そうね、もしかしてこのタルトさんが言った発言は別に普通なのに相手が変な受け取りしてる可能性もあるから難しい。会話内容を送ってほしい。送ってほしいとか言って、それを見たくなっちゃう。そう、ニュアンスがね、難しいよね。送信ボタンを押す前に3回読み直してから送信ボタンを押すようにしてますって。偉い。ね、それを
癖づけするといいかもしんないね。このネットに打つ文章においてはね。もうリアル会話とかになるとまた変わってくるねんけどね。私も空気読みすぎていろいろ考えすぎてしまうので、今は一匹狼になりました。言うてもね、一匹狼でもいいと思うけどね、いいと思うけどねとか言って、友達おらんでも今ネットとかでっていう世の中になってっちゃうんかな、これから。ネットとかで気が合う人と絡んでる方がね、気使う人と絡むのしんどいよね。でも仕事とかだと絡まなきゃいけないパターンとかあるから難しいね。仕事のチャットとかは、基本 GPT に、なんじゃこの読んだことない漢字が出たで。すごいね、今なんか楽だね、そういうことができるようになってよかった。いい世の中なんかな、これ。まあ仕事のやつだったら適当に送ればいいか、それでね。何度も確認して送るようにしてます。言葉を発する前に深呼吸してワンクッション置いて考えるといいって言いますねって。丁寧で、私もなんか自分の発言とか、あと言葉の癖ね。言葉の前にばっかつけてるって気づいてへこんで直そうと頑張った時期とか、なんかあってすぐ言っちゃうって気づいて直してた時期とかあってんけど、ゆっくり喋ることで直せたんで、やっぱ速度大事で、なんか脳内で、今なんかって言ったけどな、脳内で数秒の間に多分考えてくれてるんだよね、勝手に。なんでゆっくりが良くて、前もさ、みんなの前で発表するのが憂鬱みたいなこと悩んでる困りこキッズにゆっくり喋るといいみたいなね、結論を返したことがあるねんけど、ゆっくりやると脳の処理能力が追いついてる気がする。なんで返信する前にも確認するみたいな。で、その気を使ってしんどいけど、それに慣れると多分、逆に、どうなんやろ、怒らせることはなくなるだろうね。でも面白い会話が、英語の教科書のような会話になっちゃうか、難しいよね。英語の教科書のような会話じゃない会話がしたいんかな、相手と。なんかそんなさ、気を使う人と友達じゃなくてよくないって思っちゃった。でも、その関係とかわかんないから難しいところだね。何の話をしてたか。気づいてるのがすごい偉い。気づいてるのが。私気づかない人をたくさん知ってるから、まず気づいてて偉いって思った。成長だよ。人間日々成長。多分気をつけて、それに慣れてった結果人間って成長するんじゃないかなって思ってる。人間関係難しいですよね。職場でいろいろありましたが、今は良好になりました。大体さ、職場って人間関係疲れでさ、嫌になるよね。私今までの職場、今度そうだった気する。LINE などチャット系は慌てて送った時ほどまずいことが多い気がしてます。そうだよね。多分言うたらこのコマリンレジのチャットもそうかもしれないね。無理に急いで話そうとしないって大事だなと最近実感しました。日本語難しいです。私は文章に悩むときは直接電話しますって。ねえ、もう電話の方がさ、ほら声のトーンとかでね、雰囲気伝わったりするもんね、これ。親しき中にも礼儀ありだして、耳が痛いですって同じような悩み持ってる方いてるんかな。遂行って読むらしい。さっきの難しい漢字。初めて見た。私はこういう人間ですを印象づけてからいろいろ話すようにしてます。なんやろな、仲良くなりたいって人だったら、事前に言っとくのもありだよね。私過去にこんなこと言っちゃったことがあって気をつけてるんだけど、もし言っちゃったらごめんねって。事前に言っとくのもありかもって思う。ねんねする方もありがとうございました。ね、いい夢見てくださいね。部屋の前に黒潮ちゃんが来た。遊びの時間だ。今は入れないかな。気が合わない人は距離を持った方がいいです。そうだよね。一緒に喋ったりしてて疲れる相手って、ねえ、もう、ほら、この先人生短いしさ、短いって言ったらあれやけど、終盤だしさ、でもこの方は終盤じゃないかもしれない。ねえ、もうその気使わなくていいんじゃないって思う。楽しいことだけ選んでいくといいんじゃないかなって思っちゃうよね。
なんか参考になってるといいな。でもとにかく気づいてて偉いしね。私も日々ライブしてて反省しまくっていろいろ直したりって気使ってるねんけど、一緒に頑張りましょうね。気を使うことになれるというか成長できるように頑張りましょう。そんな感じでした。おやすみなさい。寝る方ありがとうございました。でも同じような悩み持ってる方もね結構いてる。もうみんな頑張りましょうね。気を使うの疲れる。ということで続きも読ませていただきます。続いてがニックネームひなきさん。側面をいっぺん塗って20秒硬化していっぺんに塗って20秒硬化してを繰り返し、最後に上下ライトで3分硬化すると硬化してすぐ曇ってしまいます。硬化してすぐ触ると曇ってしまいます。最後の3分の硬化の後24時間触らず放置すると曇らずチュルンと出来上がります。でもこまりさんの配信見てると側面コート、コーティング後もそこまで気をつけず触っていても曇っていなく見えます。自身の作業環境についてはライトは購入してそんなに間がないので大丈夫だと思います。コーティング剤はまさるさんです。質問が分かりづらく申し訳ありません。側面コーティングをすぐ触っても大丈夫になる方法を教えてもらえたら幸いです。ということでね、ありがとうございます。これ実は私は触ってないだけですぐ触ったら曇っちゃう。なんて言えばいいんだろう作品完成するじゃん。で、私ってすごいライブ中にコーティングちょっとしか固めてなく見えるでしょ。なんか作品ないかな。いいか、さっきのこれで。ね。で、この、ちょっとだけ固めたのに、こうやって完成って言って持ってくると思わして、もう、触ってないわけ、ほとんど。側面コーティングを。でも触ってるかな。触って、曇って後で塗り直してる時もあるよ。なんかね、やっぱ3分じゃきついね。もっと固めるね。普段の制作では10分ぐらいは固める。しかももっといろんな角度から固めるけど、ライブの時は時間がないんで、もうあたかもツルピカに固まったように、はい完成って持ってきてるだけで、指紋とかついてるから後でやり直してるって感じ。なんで、ライブは演出ですね。これはね。演出で、このやり方と同じようにすると3分じゃ硬化しないんで、同じようにもう10分ぐらい硬化した後にだいぶ変わらず放置してる。普段の配信では3分じゃきついね。全面は上下が固まるんでね、先にライトの中入れとく。なんでこう固めるのがいいんだけど、そんな暇はライブ中ないんで、結構ベタベタ状態で完成みたいに出してで、なるべく触らないように残りも進めてでやってる。だから実際は固まってないよ。ライブはやらせですね。そうまさかの3分クッキング。だいたい私この側面塗った後すぐ次行くじゃんね。だいたいその後って表面コーティングになると思うねんけど、その時に絶対側面触らないようにやって、で表面固める時に一緒にここを固めるっていうことをやってるねんけど、3分じゃやっぱ厳しいよね。で、ライブじゃない時はもう普通に10分ぐらい固める。10分かな。いろんなもの一気に作ってて常にライトついてるから入ってる時間もっと長いかもしんない。ライブはやらせっていうかね、普通に3分じゃ厳しいよね。普通にやってた時間のタイムスケジュール考えながらライブしてるから切り上げてるだけで、本当はもっと固めてますって感じだよね。やらせこれ大丈夫、スポンサーライブじゃないから。仕事で人間関係に疲れてるので癒されに参加させてください。だってね、お仕事お疲れ様です。もうちょっとやると思うんでね、気を紛らわせていってください。なるほど、私も同じ材料を使ってるのになぜだろうと思ってました。そう、あんな早く固まんないよね。ライブ後に結構やり直してるよ。ベタベタ状態で完成してる時もある。
で、ライブ後にしっかり固めるとか、なるべく触らないようにも持ってきてるんだよね。できればこの後やり直すのめんどくせえなって思う時あるから、こういうとこ持ったりして、触らないように持ってきてる時もあるし、そんな感じ。明日朝から初詣なので寝ますって。ありがとうございました。いい夢見ますように。いい夢見ろよ。あばよ。寝る方ね。めっちゃ当てないと厳しいよね。夜中だから大丈夫。あんま見てないからみんな。ね、そんな感じでやらせでした。そして続いては、さきさんが、グラデーションが綺麗にできるコツなどあれば教えていただきたいです。これはね、やっぱグラデーションのライブを見てもらうといいと思うんだけど、3色やるとしたら、濃度を揃えるのが大事だよね、濃度。ただ今濃度を作る時間がないので、グラデーションのライブを見ていただけるとね、塗ってる時にコツいってるはず。筆をそこまで落とすとかね、そういうことやってると思うんで、ライブ見てもらえるのが早いかなって思いますね。5分ライトに入れてるのに指紋つくと思ったら、そうか、やっぱりそれでダメなんかって。特にこの、今私が使っているグリーンオーシャスのね、この上下ライトに関しては横についてないんで、光が。なんで、側面ほぼ当たってないんだよね。だからもう、なんつやろ。結構長めに当てないと厳しいよね。向き変えるとかしないと。ここにもライトあるタイプだったらもうちょっと早くいけるかな。にしても上下は便利なんでこれで十分間に合ってるんだけど、横からも当たるやつも出るといいね。いつかね。まだまだいろいろ新商品考えてるだろうからね。自分が下手すぎるから固まってないのかと思ってたのでほっとしましたって。大丈夫大丈夫。そんなことないよ。そんなことないよ。こまりさんの後輩が我が家の前を通過って。正月から元気だね。寒いのにブン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 してるんかな。ものによってはね、10分ぐらいやるよね。続いても読ませていただきます。和食派さんの質問です。コーティング剤等で瓶のタイプのボトルに入っていた入れ物を捨てるときはどのようにしていますかね。これ確かに私意識にあんまりしてなかったんだけど、これね、私多分なんだけど、ごま油と同じだと思ってて、これのことだよね。これごま油、急なごま油で申し訳ないんですが、ほら、瓶素材じゃんね、これ。私さ、昔、ごま油の、ゴミ捨てするときに、瓶ゴミに捨てたらいいんかな。でも、油洗ってもらっても、ごま油ってすごいねっちょりしてるじゃん、濃度濃くて。で、中にねちょねちょついてるんだけど、どうしたらいいんだろうって調べたことがあって、もう私の自治体の場合は、ごま油の瓶って燃えるゴミなんだよね。とかツナ缶とか、ツナ缶の内側に油がついてるやつ、そういうやつは燃えるゴミに出してくださいって書いてあったんだよね。ただこれ自治体によって違うかもしんない。だからなんつうやろ、油を燃えないゴミの中に油とか液体の成分を入れるのが良くないらしくて、どうなんかなこれ。ちょっと調べてみてほしい。じゃあ調べたのが10年前とかだから、もしかして今変わってたらあれな気がする。確かそうやった気する。めっちゃ綺麗に洗って内側の油成分が全くなかったら燃えないゴミでいいだった気がする。でも違うこと言ってたら嫌だな。ちょっとそこを調べるといいかもしれない。だからごま油とにかくごま油の捨て方を調べて、それと同じ原理かなって思うんだよね。だってさ、コーティング剤って全部使い切っても、ほら、レジンボトルみたいに中切り開いて硬化とかできないじゃんね、中まで完全に。だからどうしても中に液が残ってると思うんだよね。なんか違うかもしんない。みんながってなってる。敏感になるかな。市の清掃局に問い合わせしたら燃えないゴミでしただって。やばい、私燃えるゴミに出してる。
調べるね、これ。またやばいかもしんない。自治体の焼却炉のパワーによって違いますよね、だって。あ、そうなんや。昔、ごま油は、あれやった。燃えるゴミだった記憶がある。うん。うちのところは敏感ですね、だって。燃えないゴミ臭いな。ってなるとさ、コーティング剤も燃えないゴミなんかな。私、普通に捨ててる。ゴミコールセンターに聞いたら教えてくれはる？自治体によって全然違うので問い合わせるのが一番です。家の地域は瓶、缶は燃えないゴミです。だって。ね、やっぱ聞いた方が早いってことで、私が間違ってるかもしれないので、聞いておきますね、私もね。なんか怪しい気がしてきた。うちの自治体も分別推奨してますが、ぶっちゃけいけるみたいですって。そっか。ちなみにね、レジンボトルも自治体によって違うんだったんだよね、確か。過去に調べたとき。燃えないゴミ、燃えるゴミ。資源ゴミに行く自治体もあったねん、レジンボトルって。なんで、もう、住んでる場所によってちゃうから調べた方がよくて、なんか私、やばい気がするからまた調べるね、それに関してもね。てか、今ここで知ってよかったかもしんない。普通に捨ててたから。ゴミコールセンターってとこに聞けばいいんかな？市の清掃局が、聞ける場所があるんかな？あと多分、でもな、ホームページにも載ってるじゃん。このゴミはここに捨てるみたいな。でも多分、レジンコーティング剤は載ってないから、やっぱ問い合わせた方がいいよね、これはね。という感じで、ちょっと私も、反省をした質問となりました、これね。ということで、続きも活かしていただきますね。ちなみにみんなは、やっぱ瓶ゴミに捨ててるかな？中の成分大丈夫なんかなって思っちゃうんだよね。燃えないゴミに混じって。そういうのもあるから調べた方が良さそうだよね。続いて、さやさん。こまりっこさんにもらった作品などはどんな風に飾っていますか？参考にしたいです。これ飾れてなくて、すごい量になっちゃってるもんで、もう今、こまりっこミュージアム、解説用に引き出しをね、いっぱい買ってあって、今度載るかな、収納動画に。いや、載らないか、みんなの作品。で、とりあえず今は作品、引き出しに、イベントごとに分けて入れてあるって感じ。やねん。レジンボトル燃えるゴミに捨ててました？ね、レジンボトル中に液残ってなかったら燃えるゴミでよくて、残ってたら、固めなきゃいけないんだけど、固めた後もなんか自治体によってちゃってた気がするんだよな。うちの市は食用油のボトルは可燃ゴミってなってた。けど、ペットのボトル？ペットボトルのことか。なるほどね。ペットボトル、サラダ油とかのボトルってことか。樹脂液って説明して聞くらしい。樹脂、液体樹脂の入れ物って聞けばいいと思うね。そっか、あれかな。ごま油ってもしかしてさ、ペットボトルみたいな素材のごま油のやつを書いてあったんかもしんよね。よく考えたら。やばい、私。やばい、裁かれる？もしかして。ちょっと私も確認してみますね。で、結局、もらった作品はね、まだ飾れてないんだよね。もっと余裕ができて、スペースができたら、上手に飾りたいなって思ってるんだけど、今参考にできるような飾り方できてなくて、全部引き出しに入っちゃってるって感じ。でもな、今作品を飾ってる場所がないな、一回全部しまってるから、一時期ね、飾ってたんだけどね、量が増えすぎちゃって、これやっぱさ、作品って、日光、部屋のさ、室内光に当たるだけで応援しちゃうもんで、飾りづらいみたいなとこあるよね、レジン作品。大事なやつは引き出しにしまっときたいみたいな状態になってるからね、難しいところではあるよね。うまく飾ってる方もいるだろうな。よし。で、続いては、
黒猫こてつ15歳さんのお悩みです。心配性で不透明の厚みのあるモールドで外側は硬化しているのですが、中まで硬化できているのか心配で、確認方法はないですよね。日にちが経てば徐々に固まりますか？日干しは本当に家に火が当たらずで、もし未硬化だった場合、部屋の中に数日置いといたら自然に硬化するのでしょうか？よろしくお願いします。これに関してね、もう硬化しない。何しても。なんてやろ、例えば黒い作品作るじゃん。で、もう一層で流しちゃうとするじゃん。そうすると表面固まってるんだけど、中がやっぱドロドロになっちゃってるじゃん。でその状態で外に何日も干しても外側の黒色が全く光通さなかったら中まで光届かないんで、ドロドロのままになっちゃう。濃度次第って感じ。外に干して中固まるパターンもあるけど、濃度次第だよね。とにかく作ったレジンの色が光通さない色だったら、もうどんだけ外に干しても家の中に置いといても中はずっと固まってなくて、っていうのも私も今までいただいた作品の中でそういう作品が実はあって、なんてやろ、やっぱり中が柔らかいせいで脆くなっちゃってるもんで、ちょっとした衝撃ですぐ壊れちゃうんだよね。で壊れて中からドロッとしたやつが出てきちゃったっていう作品があったもんで、今までね。なんででも確認する方法って針刺すぐらいしか思いつかないな。たまにさ、私のライブでもう急いで硬化してヒートン入れる用の穴を開けた時に中からドロって出てくる時あるじゃん。ああいう感じで穴を開けたらわかるんだけど、穴開ける完成品に穴開けれないもんね。やっぱりもう何回かに分けて硬化するしかないよね。濃い色だったら。厚みがあるやつで濃い色の時。不透明でも光が通る不透明だったら大丈夫なんだよな。濃度が難しい。貼り付けられる作品なら背面に穴開けてみるとかって。そうやねんな。でも背面に穴開けてさ、中固まってないとしたらさ、もうその作品ダメってことになっちゃうもんね。私も未硬化で渡してるかも。どうだろうね。だから私そもそも自分自身が濃い色の作品作らない作家だからね、あんまりなってないんじゃないかなと思うねんけど、濃い色が好きな方もいてるやんね。だから難しいよね、これ。未硬化怖い、大丈夫かなって。どうかな、大丈夫じゃないかな。だいたい黒と濃い茶色が多いかな、そうなっちゃうのって。黒と濃い茶色の作品がなりがちな気がする。他の色はあんまり見たことないな。大丈夫かなってね。私もなんか心配になってきた。明日お出かけがあるので寝ますって。ありがとうございました。いい夢が見れますように。そうそう、流血事件つい最近あったよね。何作った時だっけ？シマエナガちゃんの、ほら、あれ。いくらじゃなくて、やべ、出てこない。あれなんだっけ？シマエナガちゃんのさ、赤い実ね、作った時流血みたいになって、あれはね、でももっと硬化すればいけると思う。透明っていうか光通る色にはしてたから。硬化不足だね、あの時は。濃い色で厚みがある時は何回かに分けて硬化すればいいのかなって。そう。濃ければ濃いほど薄く繰り返した方がいいよね。光が通る不透明か判断できない。朝食パレットをもうこう下に UV ライトとか置いてみて、 UV ライトを眩しいかな、こうやってこうした時にここから光透けてるなって思ったら大丈夫だよね。透明カラーでも眩しい。難点もなったし、パセリもなってたよね。やっぱ濃い色で作るとああなっちゃう。っていうかでもね、ライブはすごい短縮してるから、効果時間を。そのせいもあるかもしれない。
そろそろ失礼します。おやすみなさいって、ありがとうございました。遅くまで付き合ってくださってね。そうそう、何回にも分けて作るのがいいよね。結局濃いカラーになった時は。それしかない気がする。なんで、確認するの裏から針刺すのがいいんだけど、そうすると難しいよね。でももし中ちゃんと固まってったら針刺さんないからな、そもそも。よく考えたら。針刺さった時点でアウトってことだもんな。針で確認お願いします。解決になってるかな。でもそれ以外ないよね、確認方法。あと指でギュッてしてみるのありかもしんない。もう完成した分厚い黒い作品とするじゃん。ギュッてして中柔らかかったら多分わかるんだよね、指の感覚で。なんか中むにゅっとしてるかもって指でわかりそうじゃない？もし中身効果だったら。でもな、表面結構分厚く固まってて中は固まってないパターンとかもあるかもしんないから難しいな。ちゅうことで続きいきます。今シマエナガ初挑戦してますって。レジン頑張ってる方も頑張ってね。私も明日もりもり作るぞ。はい。こまり先生って可愛い絵文字ついてる方からありがとうございます。マサルの森線なんですが、とてもぷっくりして可愛くなるし、濃度も液だれもしにくく、初心者の私には扱いやすいのですが、天空効果や熱が冷めるまで触らない水洗いやハンドソープを使って洗ってみたり、何日も放置しててもどうしてもネタネタ感が残り、指紋やホコリがついてしまったりして扱いにくくて困ってます。時にはうまくいく時もあるのですが、私の使い方が間違っているのでしょうか。ライトは UV-LED360 60W と24タイプの 2タイプを使ってます。お答えいただけたら嬉しいです。これは私のワークショップに来てる方にはみんなに伝えてるんだけど、森線はベタベタするよね。ぶっちゃけスポンサーライブじゃないか言っちゃうよ。森線は表面ね、あんまりカチカチにはならないんだよね。なんで私は使うときはもう後でコーティング絶対塗ってる。でもなんか稀にこの方が書いてるみたいに稀になぜかうまくいく時もあって謎なんだよね。多分湿度とかその辺も関係してるんかなって思うんやけど、稀にペタペタしてなく仕上がる時もあって、ちょっと条件がいまいちわからんねんけど、もう基本的にはコーティング絶対使ってる、森線の後は。だからね、あんまり森線粘土に特化してるからかっちり感にはあれだね、ステータスを支えてないというかさ、液だと思うから、もうコーティング塗るのが正解だと思う、これは。でも垂れにくさでは本当に使いやすいからね、これね。指で押してますだってね、さっきのやつ。指で押したらわかるかもしんないね。ムニってなってね。寝られる方もありがとうございました。いい夢見ろよ。あぶよ。分けた、濃い色ね。分けて硬化のたびに朝食棒でつついてふにゃっとしていたら未硬化、カチカチしていたら硬化しているなと判断してます。なるほどね。もう作ってる工程の時からつついてカチカチか確認して断層を作っていく感じかな。ね、それがいいよね。もう確認しないと、やっぱり揚げた後にさ、そうなってると思うとね、申し訳ないもんね。多分、使ってる方もみんなそうだと思うけど、森線ってあんまり表面のカッチ色には、特化してないから、コーティングと合わせて使うものかなって思ってる。でもコマリンライブでは最後のコーティングあんまりやらないんだよね。時間の関係でね。毎回同じの見せるのもなって思うとこはやらないもんで。ただ、ライブ外では絶対森線になったコーティング使ってるなーって感じ。高粘土やっぱベタつくんか。キエーってなってコーティングしてた。キエーってなるよね。っていうか、高粘土でね、今まであんまりかっちりするの見たことない気がするから、もしかして粘土高くすると難しいんかなって思うけどね。
そう乗るにはいいよね。でもベタつく。それは私も感じてるからね。いつもワークショップの時も裏面最後盛り線で仕上げてもらうねんけど、これ家帰ったらコーティング塗っといてもらうといいですって説明してた。なんでね、まあコーティングすると序盤に話したみたいに3、4年後に加水分解も起きにくくなるし、塗っちゃえばいいと思う。そういうものって思って使ってるかな、私は。でも時々ペタペタなしもできるんだよね、私も。何の違いかわかんないんだよね、これ。あ、私の質問でしたって。ありがとうございました。そうそう。コーティング剤ね、さらに表面に塗ると、もう加水分解も防げるし、いいんじゃないかなって思いますね。やってみてくださいね。続いてが、はい。あずきとそばかすさん。あ、ごめん。今読んだやつだった。あれ違うかな。一緒の質問だった、これ。全く同じ質問いただいてたあずきとそばかすさんからもね。高粘土使うとベトベトして何回も硬化するのですが、ツルツルにならない。どうしたらいいのですかってね。コーティング頑張りましょう。これね。ということで、続きのやつは、おやらさんからの質問です。魔法のオイルカラーとベビーオイルの組み合わせで使用したことはありますか？2層になるのか、もしやったことがあったら教えてください。やったことないんだよな。誰かやったことある方いてるかな？違う。魔法のオイルのカラーとクリアは2層になるじゃんね。2層になるっけ？これとこれ2層になるじゃんね。こっちとベビーオイルだとどうなるんだろうね。やったことないな。でもさ、これ序盤の質問でさ、水性って教えてくれてた方いたからさ、2層になるんかな、もしかして。もしかしてこれが油でこっちが水性かな。そんな気がしてきた。なりそうな気するな、これ。倍速が間に合わなさそうで、クラッカー鳴らしたところから飛ばしてきましたって、ありがとうございます。年末に年越しに来てくださって嬉しいね。分離してた気がする。ね、序盤のさ、会話から予想するに、多分なんだけど、これが水性で、こっちが、油系の気するから、ベビーオイルでも分離しそうな気する。やったことある方がいてるで。やった。ベビーオイルと魔法のオイルやったことあります。分離して変な白いふやふやが出てきましただって。白いふやふやが出るらしい。じゃあ微妙なんだね。やっぱりそういう相性とか考えて売ってあるんかな、魔法のオイルね。こんばんは、やっと来れましたって、いらっしゃい。ありがとうございます。来ましておめでとうございます。そうか、ふやふやになるそうです。なんで魔法のオイル同士でやった方がいいってことだね。ということになりました。続いての質問。じゃん。けまるさんの質問です。私は人付き合いも下手で言葉も上手くない、積極的になることも難しく、コミュニケーション能力皆無です。ちょっとのことでも悩んだり落ち込んだりします。SNS で積極的に人と関わっている投稿や精力的に作品をアピールする投稿を見るとますます自信がなくなります。こんな何をやっても下手くそな私は美人作家として成り立つでしょうか？人付き合いが苦手な人は販売向いてないと思いますか？でもね、これね、私友達に人気作家さんとかね、何人かいてるけど、人付き合い苦手でもう成り立ってる方はたくさんいるから、販売ってなると結局あれじゃないかな、作品のクオリティさっきも説明した写真の方が大切だと思う。ですごい友達でめっちゃ売れてて常に完売する作家さんいるけど、投稿文とかもやっぱ苦手な感じで、コメントもめったに書かない方だけど、そんでも売れまくってるから、結局作品と写真だろうなって思う。でもコミュニケーションができるとプラスになることはあるよね、きっとね。
やり取りしてるうちにいつも仲良くしてくれるから買おうかなみたいになる方もいるだろうから、プラス要素にはなるだろうけど、できないことがマイナスにはならないかなって思う、販売においてはねって一応思ってるけど、どうなんだろうね。それがまたさ、インフルエンサーとかなるとね、コミュニケーション能力が問われてくるけど、レジン作品販売においてはあんま関係ない気がしてる。それよりも作品の綺麗さとか、写真とかね、そのあたりかなって思うよね。寝る方が、ありがとうございました。限界が来てしまいましたって。ね、限界までありがとうね。ちなみに私、昨日5時に寝たからね、全然まだいけるって感じ。白いふやふやって気になるよね。何ができるんかな。コミュニケーション能力はね、あると、ちょっとプラスにはなるけど、なくても問題ないって感じ、私が思ってるの。ない作家さんいっぱい知ってるって感じ。人気作家さんでコミュニケーション能力別にないよって方いっぱい知ってるなって思う。なんで綺麗な作品作れるようにね、頑張りましょうね。こんな感じかな。はい。励みになりましたってね。お写真頑張りましょうね。謹んで新春のお祝いいたしますって、ありがとうございます。ご挨拶してってくれる方もね。いい夢、みんないい夢見れますよね。私もいい夢見たい今日は。富士山とか出てこいよな今日。で、続いては、これレジンの質問じゃない質問いただいております。レジンの質問ではありませんが、どこかに吐き出したくて投稿しました。私は今2人目の不妊治療をしているのですが、先日体外受精についての説明を聞いてきました。その際に、採卵前の刺激の段階で緊急入院になる可能性が高いと言われました。そのことを夫に話したら、そういう可能性があるならやらなくていいんじゃない？上の子もそこまでして弟や妹欲しいって言わないと思うよと言われましたが、世話好きで弟や妹が欲しいと言っている娘のことを考えると、私の中では諦められない気持ちと、夫からの立場から考えると、止める気持ちもどちらもわかるので複雑です。夫と入院期間の治療の過程を調べ、話し合って最終的な決断を決める予定です。こんなことを書き込んでしまって本当に申し訳ないなと思いますが、誰かに吐き出したい気持ちがあり、書き込んでしまいましたってね。さきさんでした。ありがとうございます。ね、これはね、私実は今までの人生ね、不妊治療をしてる友達とか身内すごい多かって周りに。なんかいっぱい見てきたんだけど、不妊治療、多分こうやってネットで話しにくい話題なだけでしてる方今すごい多いと思うんだよね。今って結婚遅い。昔より遅いしね。書かないだけでしてる方多いと思うし、私昔よく買ってくれる方が不妊治療の投稿のアカウントをしてる方だったんで、なんかそういうのもね、いっぱい見てきたんだけど、ね、これは難しいよね。私だったら、難しいんだよな。私だったら本人が後悔しない選択をしてほしくて、旦那さんより自分優先してほしくて、ほら、あるじゃない、やらない後悔よりやる後悔みたいな言葉あるじゃん。それ結構モットーにして生きてるからさ、やっぱりね、時間が限られてるんだよね、この不妊治療の難しいとこって。お金もめっちゃかかるし、時間限られてるせいで、超絶焦るもんで、友達とかでね、してる友達は、普段はポジティブな子とかもいたんだけど、やっぱダメな結果が出た後めっちゃ凹んでるわけ。なんで、もう、してない人じゃ想像できないぐらい大変なんだよね、不妊治療ってね。って思ってて、ね、でもこれ難しいな。危険があるってのが難しいね。緊急入院になる可能性。自分だったらって考えたいんだよな、まず。自分だったらどうするか。私だったら説得に行くかな。夫説得コースに行くかもしんない、これは。やっぱり後悔したくないよね、後悔。でも、やっぱ諦められない気持ちって書いてくれてるじゃんね。説得した方がいい気がする。私がさ、こんな大事なこと決めちゃあかんと思うけど、説得って欲しいかも、これは。
後悔しない人生を送ってほしい。みんな死ぬで、最後、人間って。全員死ぬんやで、最後。いや、怖い。なんかそんな話して申し訳ないねんけど、全員死ぬんだからさ、後悔せずにさ、やりたいことっていうか、やりたいよねって思ってて、なんか最後宇宙の塵だよ、全員。って思うと、どうでもよくなる時あるよね。ちっちゃい悩みぐらいだったら。ただこれはちっちゃい悩みじゃないんだよな。緊急入院か。で、私もし、もし旦那さんの立場だったら、やってほしくない、絶対。ごめん。今、複雑な回答をしてる。私、もし旦那さんの立場だったら、やってほしくないや。難しくて、どうしようね、これね。でもさ、やっぱり自分第一で生きていきたいじゃんね。って思ってるよ。難しいよね。自分が後悔しない選択大事だと思いますって。1富士2鷹3なすびでナスが散らばってるイラスト受けたって。どこにあるんそんなの。縁起良さそうでいいね。私にはお子がいません。たくさん悩んでたくさん泣きました。何年も悩み続け苦しみましたが、優しい旦那さんのおかげで今は可愛い4匹のワンちゃんと過ごせる今幸せですって。ね、そうだよね。悩んでる方多いっていうか、絶対に書いてないだけで悩んでる方多い問題で、しかも本人じゃないとわかんないぐらい大変なんだよね、これってね。難しい。最初、このさきさんの立場に自分を置いた時に、いや、旦那を説得してやりたいって思って、旦那さんの立場に立った時に、説得してやらせたくないって思っちゃって、結局どっちやねんってなっちゃった。難しいね。客観視が大事だと思うんだけど、こういう時。でも自分第一に生きてほしいな。自分の意思第一がいいって思ってる。後悔だけしてほしくない、本当に。もうさ、緊急入院ってどういう感じなんやろ、気になっちゃうね、それも。リスクと、気持ちを考えなきゃいけないね、これね。ご主人と一緒に説明をまずは受けてよく話し合った方がいいかもですねって。そうやねんな。私も不妊治療をしました。私の時はそういう説明がなかったので、リスク説明してくれる良い病院だと思いました。説明しない病院とかもあるんや。後悔のないように決断したいよね。これはね、難しい問題で、でも、とにかく言えるのが、自己中に生きてほしくて、もうこの他の悩みある方もなんだけど、自分を一番にしてほしいって思ってて、てか私はそう思いながら生きてるもんで、誰かのために自分の気持ちを犠牲にしない方がいいと思ってるんだよね。これ、自己中なおかげで生きやすいラッキーな性格なだけかもしんないけど。自分は子供欲しくても産むのは奥さんで、奥さんの体を大切に思うからこそ慎重になる気持ちはわかりますよねって。だよねんな。なんか自分の大事な人が危ないかもって思ってやってほしくないもんな。ここは諦めたくない気持ちもわかります。どっちもわかるから難しい問題。やっぱり話し合いだね、これはね。2人で話し合うのが大事かな。で、本当はこう思ってるけどなってならないように全部出し切るのがいいよね、お互いに。紙に書くでもいいし、メールで一回文字にするでもいいから、思ってること全部言い合わなきゃわだかまり残りそうじゃないこれ。きちんとぶつけ合って結論出すのがいいと思います。私も12年不妊治療をしてました。何をやってもダメやってお金もなくなり心も折れてしまい、治療を諦めると決めた途端に妊娠しました。こんな経験した人もいるってことを知ってほしいと思いました。でね、結構聞くんだよね。だから多分そんぐらいプレッシャーが半端なくて不妊治療中って。もう本当にね、ダメやった後の友達のへこみ具合を見ても本当に辛いんだろうなって思ってたもん。プレッシャー半端ないから、そのプレッシャーのせいで妊娠できないみたいな悪循環に陥っちゃうんだよな、あれ。
緊急入院って言われたら引き止めると思うけど、後悔もしてほしくないかなってね、男性側の意見もいただいた。だよね、後悔してほしくないよね。これね、難しいのが時間制限がある、時間制限が。この問題は。だから難しい。どちらにしても自分で納得して決めないといつか人のせいにしてしまうかもと思い、私も時間がかかったけど一人で終わりにしましたって。ね、そうだよね。みんなやっぱ結論出るまで悩んでそこにたどり着いてるもんね。緊急入院がどれほどの確率で起きるんでしょうか。そこもちょっと気になるよね。なんつうんやろう。リスクがあるんだろうけど、緊急入院になって何が起きるんだろうって思っちゃう。もともと持病があるとかなのかな。誰かのせいにしない、自分の選択にしないと後々みんなのせいにしてうまくいかなさそうだよねんな。自分のことを第一に生きてほしいよね。昔は人のことを気遣ったりして、なんかそれで疲れることが多かって、で結局自己中に生きなきゃなってなって今の性格にたどり着いてるんだけど、難しいでこれ。私もいろいろあり、今は自己中でいいやって思うようにしてます。じゃないと心の病に勝てなくなりますって。だね、もうさ、自分に一番優しくしてあげるべきなんだよね。かわいそうじゃん、もう、日々が頑張っててさ。だから私、自分が自分に一番優しくしようって思ってて、だからコンビニスイーツとかね、夜中に食べるわけ。自分を甘やかしてあげないと誰も甘やかしてくれないんだからさって。別に甘やかしてもらえてるけどね。っていう風に考えるようにしてる。おかしいよ、これは。私も諦めた途端授かりました。それ、私の周りでも結構聞くねんけど、やっぱやってる途中のプレッシャーがすごいってことなんだろうなって思うねんな。ね、生活、本当にね、24時間気使う生活になるみたいよ、それはね。で、結局結論としては、自分の意思を第一にしてほしいけど、この緊急具合がわからないから難しいんだけどね。後悔しないように生きていきましょうって感じだよね。って感じの、でも私なんかがさ、答えるのがおこがましいよ、これ。ね、ここにね、吐き出してくださり、すっきりしてると嬉しいなと思いますね。また、どうなったかもね、報告できそうだったらしてくださいね。こうなるのだけは絶対嫌というところをお互いに話し合うと良いかもです。例えば、治療を諦める。で、相手を責め続けてしまう。なるほどね。治療する。うまくいくかご利用しはうまくいかなかったことで関係性が悪化する。など。確かに、夫婦のさ、もう何十年もね、この後付き合っていくからね、そのことも考慮しないといけないよね。そう、自己中でいいと思うし、自己中に生きた方がいいと思う。後悔少なくね、生きていきましょうね。という回答とさせていただきます。もう吐き出していただきありがとうございました。なんかうまくいくように祈ってます。困りっこバーでみんなでね、応援しておりますよ、これね。ありがとうございます。ということで、次の質問行かせていただきます。でもこういう話もなかなかすることないから大事だよね。後悔せずに生きよう。不妊治療されてる方やっぱたくさんいてるね。チャット欄に書いてくださってありがとうございます。10年してた方が。やっぱ辛いよね。去年辞めましたって。自分の心と体を一番大切にしてあげてください。そやねんな。心も大事だからね。心がね、心のダメージ回復するの大変だからね。はい、ということで続いてメイキャラさんの質問行かせていただきます。モールドの収納にずっと悩んでます。福袋とかに入っていたけど自分の好みとは違ったりして使ってないモールド。皆さんはどうしてますか？売りに出して売れるものでしょうか？ね、これまず収納は全員悩んでるでしょ。今このライブ見てる。全員悩んでると思うんだけど、もう一回も使ってないやつどうするかっていう話だよね。メルカリで過去には販売してたんやけど、未使用のやつとかもね、もう販売
で、なんつうやろ、販売利益がさ、100円とかで、送料とか考えると、で、その100円のために写真撮って出品ページ作って、出品して発送通知してって、なんつうの、1時間ぐらい使ってるって思うと、100円のために1時間かけてるの無駄だなって思うようになってきて、ちょっと前から考えてるのが、もう、セカンドストリートとかで、まとめてね、持ってくと、もう何十個で50円とかで買い取られるらしいねんけど、もうそれでもいいから、使える方に使ってもらう選択ありかなって最近思い出した。で、もしできたら、私、フリーマーケットとか、なんていうの、街のもう、発送とかの手間なく、バーって、ね、安く譲れるところに出したいなって思うけど、コロナ禍でさ、うちの近所のフリーマーケット、たまに出してたやつ終わっちゃったんだよな。心臓の手術かね、そういう、人生で選択の時が来るパターンあるやろうからね。みんなどうやって乗り越えてきたかも気になるな。買ってないモールドどうする？ほっとさよならしてます？ね、もうだってさ、100円の利益のために何時間かかって販売するならもう捨てちゃった方が早いかって考える時あるよね。いつか使うかもと思ってしまってます。私も今はその状態。いつか使うかもと思って結局どんどん増える一方です。だよね。まだまだ始めたばかりですが悩んでます。みんなそうじゃんね。福袋のために片付けてました。こまりっこさんにまとめて送ってしまってる。もしかして交換便とかで欲しい方にね、譲るのもありかもしんないよね。買ってないモールド買ったけど自分手に負えなかったモールドはインスタのストーリーにあげたら欲しい人がお菓子と交換とかにしたら皆さん交換してくれはるよってね。インスタされてる方は結構そういうのされてるよね。SNS をしてない方は難しいよね、そうなると。もう絶対作らないシリーズは売りました。まとめて5つを500円ぐらいでね。買ったのは捨ててますって。そっか。まとめてもうバラエティパックみたいな感じで出しちゃうかってなるよね。足元にたくさん袋が転がってますだって。みんなそうだよね。季節のモールドとかはどこに片付けたかわからなくなる。私もハロウィンとかクリスマスのやつよくわかんなくなっちゃう。冷静になってる今、間もなく届く福袋をどうしようか考え中。だよねんな。私もどうしよう。サンプル作るお仕事したけど、普通の福袋、他にもね、福袋いっぱい入ってるだろうから、ないな、置く場所が。どうしようね。フリーマーケット出すのめんどくさいしな。私ね、でも多分もう手間を考えてセカスト行きかもしんない、私は。猫好きパパに誰か使ってくれるかもしんないからね。20個50円でもいいから、セカンドストリートに売ってきてってやるかな。もう時間がないからね、私今。以前はメルカリとかでやってた。モールドはよくなくなります。で、後で出てくるよね。おまりさん交換会とか開催してください。ねえ、でも、怖くてさ、交換便ってね、たまに、悪い人が紛れ込むらしいねんな。なんちゅうやろ。もらうだけもらって返さんみたいな。これは困りっ子の話とかじゃなく、いろんなね、幸いで交換便するとトラブルが起きるらしくて、結構開催するのむずいよね。本人確認とかしたくなるよね。参加するなら本人確認しますみたいな。福袋、初福袋なんだ。もうめっちゃ可愛いからお楽しみに。2025年の箱が健在です。あれ ?1 年前のやつ ?1 年前のやつがあるってこと？大変じゃん。どうしようね。また来たら考えよっか。これね。なにスワイプしたら心霊スポット配信かもしれんらしい、この配信。やばい。コマリンライブをこうやってシュッてすると心霊スポット
の配信かもしんないんだって。みんな気をつけて、スワイプ。こんな夜更けにこまりさんの声を聞ける幸せです。配信の内容関係なくすいませんって。いや、こちらこそありがとうございます。もうでもレアだよね、この時間。3回目ぐらいかな。オールナイト2回やったことあるから、3回目レアだね、これね。いいね、新年早々レアで。スワイプしないように。旦那がこまりさんのお声で寝落ちしてしまいましたって。すごい、新年初睡眠こまり寝落ちありがとうございます。で、いい夢見てるといいね。私もいい夢見たいな。最近夢の中でもオフ会とかやってる時あるよ。で、続いても読んでいきますね。なんと最後の紙となってしまいました。ホワイトルルさんからの質問で、ドボンコーティングの時は、その前に軽く必ず全体やすりがけした方がいいですか？これね、ドボンコーティングで、うまくコーティングするのむずいやつの時だけしてる私はね。例えば前回、この前作った、どこ行ったかな？海の生き物シリーズとか。この辺結局後で私はドボンで仕上げたんだけど、このぐらいのサイズ感だったら難しくないからドボンしてない。ただシェイカーとかね、シェイカーをドボンコーティングするときとか、ドボンコーティングって球体のものほどやりやすいんだよね。球体から離れていくほどムラができたり弾いたりしやすくなるんだけど、球体なおかつでかくなっていくときにヤスリがけした方がいいと思う。ヤスリがけするとコーティング液がピタってつきやすくなるもんで、ちょっと失敗しづらくなるらしくて、なんでって感じ。でかくなったり形が複雑、球体から離れてってるアイテムだったら全体コートヤスリがけしてからやった方が失敗しづらくなるんじゃないかなって思う。レジンしながら聞いてますってね。ありがとうございます。みんなはかどってるかな。お久しぶりですって。いらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。スワイプしたらスロット配信でした。だってスロット配信ってこんな時間にやっとるんや。ゲーセンとかかな。さっきスクロールしてスワイプしちゃったら違う方の配信に行っちゃって、黒いトップスの方で下からライト当ててる感じはもしかして心霊配信一緒のやつかもしれん。それ同じやつ見てるかも。そしてお寺へお参りに行ってきました。明けましておめでとうございますって。いらっしゃい。まだやってました。ご挨拶ありがとうございます。太鼓の達人叩いてる配信だって。新年から太鼓の達人叩いてるって元気やな。すごいね。こんなでも今日正月だからさ、普段しない方がしてそうだよね、今日ってね。すやーって寝てるやん。もしかして寝落ちしてる方何人かいてるかな、これ。インスタのタグ付けの仕方わからずで、ハッシュタグってやつをつける。このスマホだとしかも半額のハッシュタグね、これをつけなきゃいけないんだけど、よく間違えて全額売ってる方とかいるよね。半額じゃないとダメなのに。これがタグ付け？違うかな？タグだよね。この半額ハッシュタグの後ろにコマリッコとかつけて、でその後にスペースもつけなきゃいけないね。スペースって感じだよね。それを投稿文の中に入れるって感じだよね。よし、明けましておめでとうございます。海の仲間可愛いからしばらくここにいてもらおうか。そして続いての質問です。アニクマさんからの質問です。最近レジンを始めたのですが、こまりさんがハンドメイドを本格的に始める際に参考にした本などがあったら教えてください。でね、何も参考にしてなくて、全部独学でやってよね。てか、Google 先生すら使わなかったね、当時は。自分で、自分で考えてやっていくタイプの人間なもんで、本は自分で書いたやつ以外読んだことないな、レジンの本とか。
参考にしてませんね。あと、まだ YouTube とかもあんまりない時代に始めてたから、独学っていうか、試して試行錯誤で作ってた気がする、当時。リールとかもない時代だったからね。うん。いっぱい失敗してね、やっておりましたね。今やったら YouTube ですぐ調べれそうだけどね。私が始めたの 9年前かな、8年前かな。YouTube もそんななかったし、リールがない時代だからインスタリールとかが。とにかく試してたって感じでしたね。で、参考になってない、全然申し訳ない。今やったらいろいろあるよね。ということで、次の質問も行かせていただきます。あ、日の出まであと4時間50分ってめっちゃ長いじゃん。一回寝れちゃうね。そして、旦那の実家に来てるのでトイレから見てますだって。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。昨日ストーリーズの作品購入させていただきましたって。すごい。1点だけね、キャンセルが出たんで、ストーリーズに載せたら1分ぐらいで売り切れてたやつだ。娘もとっても喜んでましたってね、楽しみにしててくださいね。わざわざ伝えに来てくださってありがとうございます。娘ちゃんと楽しんでください。ということで、続いての質問ちぎりパンさんからの質問で、こまりさんがワークショップで心がけていること、気をつけていることはありますか？特にお子様向けのワークショップについて聞きたいですね。なんだろう？気をつけてること。やばい、何も気をつけてないかも。どうしよう。気をつけてることあるかな？全員に声かけるようにしてる。順番に。なるべく一人にばっかにつかないようには気をつけてるけど、作ってる作品によっては一人にばっかつくことになっちゃう時があって難しいよね。難しいの作ってる子のところについちゃうことになるから。でも、なるべく全員こまめにチェックするようにしてる。定期的に。とにかく、移動しまくるね。私ワークショップ中。で、足の筋肉痛になる、絶対ワークショップの日。全員気を使うって感じ。どうかな、これ。で、続きが、じゃん。4円ライトの使用で急に傾きがひどくなって噂に聞く透明板の歪みか持っていたら、そもそもライトが机から半分落ちていた人ってなんだすごいニックネーム長い。面白い。机から落ちてたんだ、ライト。そうそう、これがね、私いまいちいい対策思いつかなくて、もしやってる方いたら教えてほしいねんけど、可愛い折り紙などの封入をしたいなと思ってたくさん持っているのですが、なかなかうまくいきません。1、紙の下処理はボンドやデコパージュだとシワが寄るし、ラミネートだと変なテカリが出るし、両面つけるの大変すぎて何かいい方法はないでしょうか。2、どうやっても気泡が出ます。片面が表のモールドでは絶対成功せず、仕方なしに反対で作ると表面はなんとか綺麗にできるのですが、裏は気泡ができてしまいますし、ヤスリなどの工程が増えて正直大変です。何か成功率上がる方法はないでしょうか。よろしくお願いしますとのことでね。これさ、私布とか入れるときってデコパージュ塗るか、ラミネートっつうか、写真とかやったら透明なねテープで挟むとかなんだけど、この方法だとテカリが出て微妙らしくて、折り紙の質感を残したいんかな。他の方法が思いつかなくてっていうか、やったことないからさ、折り紙とか和紙をね、なんかいい方法ないんかなって思って、自分が現状やってる方法がデコパージュとかラミネートだから、他の方法がね、わかんなくて、なんかないかなって思ってた。で、下に入れるときに関しては一応答えれて、下に入れる前に、なんか布ないかな、布。そんな布でもいいから用意してと、ちょうど切れ端がある。始めた頃布入れてなんで気泡がこんなできるのってわからなくていろいろやってたなってね。そうやねんな。結局布から出る気泡ってのは、やっぱ切れ味いいなこれ。布の
紙に書くか。でもデコパージュしてたらちゃうんかな。これ布さ、ね、こんな横から見たずね、布を横から見るとこうなってると思うじゃん、みんな。ほら、ね、こうなってると思ってるでしょ、布横から見たら全然違ってて、布ってもうこんなんなんだよね、拡大してみると。こうなってるわけ。これプラ板とかもそうなんだけどね。これ、この状態でレジン入れると、もうここ全部気泡になるわけ、ここを。これ全部気泡できるよ。ちっちゃい気泡。こんな感じで、もう、陸線というね、星のごとく気泡ができるわけ、ギザギザの。で、これが、上がってきて、この時は目に見えないぐらいちっちゃい気泡なんだけど、浮いてきた時にこのちっちゃい気泡たちがこう合体して目に見える気泡になっちゃうわけ。合体してさ、特に固めてる時になるよね、この状態に。なんでできるわけなんだよな、これ。木工ボンドでコーティングとかはって、それも書いてあるねん。ボンドでしてもテカテカして微妙やったんやって。ボンドやデコパージュだとシワが寄る？私のさ、シワが寄るだけだったらさ、私のクリアファイルで挟むやり方どうかな？これシワ寄らんくない？ダメなんかな？乾燥っつうかそれで寄ったりするんかな？シワがさ寄るの嫌やったらさ、この方法どうかな？これダメかな？クリアファイルに挟んで干す方法。ね、なんかボンドで何やっけ、ツルツルになるのが嫌って書いてると思ったら、ラミネートがツルツルになるのが嫌で、デコパージュはシワになるのが嫌っていう悩みだった。クリアファイルでこうやって挟むのどうかな？やってるかな？これでもダメかな？これ一応回答にしとこっか。この方法やったらシワにならん気するで。この、ショート動画を見てみてくださいね。簡単ズボラ人間がたどり着いたデコパージュの方法というやつですね。これもぜひやってみてください。コーティング剤を塗ってからやってる方がいた？おまりさん方式だとシワ寄らなかったですよって。そうだよね。紙物なら水張りしてボンド。水張りとは。大型丸出しって書いたらさ、めっちゃ、中傷コメントめっちゃ来た。大型バカにしてんのかって。すいませんって感じ。何でも気をつけて発信しなきゃいけないよね、今。ね。で、これ、結局、これ防ぐ方法は、なんだっけ、先にレジン薄く塗ってほしくて、デコパージュからなんかした後でも、このギザギザ状態のとこに、コーティング剤でいいかな？コーティング剤を薄く塗ってほしくて、で、硬化までして、とにかくこのギザギザを一回ガードする、しっかり。ガードして、で、その後封入に入れてほしいんだよね。で、封入に入れるときは、よくライブで説明してる、金魚すくい法で入れてほしく、端っこから斜めにこう、っていうの？なんかない？モールド。真ん中にできちゃうんで、泡が。モールドどっか行っちゃった。まあいいや、これ、モールド。なんでいいか。とにかく、金魚すくいで金魚すくうときさ、斜めに入れるでしょ、こうやって。こう、ポイを。ポイみたいに、こうやって端っこから入れて、ここにできた空気をこっちに逃がしてほしく、こう、ポコって。ね。入れ方も大事かな。で、下から効果がいいと思う。下にできちゃうんで。その序盤に説明したみたいに、上の方だけ固まって下の方のレジンが柔らかいと、下の方のレジンが歪んで、そこに気泡が生まれちゃうんで、もう一回まぶしってやっちゃうんだけど、この下向きに布を入れた後に、下から効果がいいと思う。できればここに1個台、まぶしい !1 個ここに台を、1センチぐらいのクリア台を置けるといいんだけど、この状態でいったらできなくないかなと思う。ね、そうそう、折り紙だからまた違うのかなと思って、私のやってるやつと。
クリアファイルの上でやるのありだよね。ぜひやってみてほしい。でもさ、クリアファイルでペポって挟んでたら、紙でもいけそうな気するよね。大型一緒イエーイの感想しかなかったです。そうやね、もう、ね、書く言葉がね、やばい。難しい。すぐ怒ってくる方いるよ、今。A 型なのにめんどくさくなるのはなぜ？ね、やっぱ血液型関係ない疑惑あるかもしんないね。だから怒られたんかもしれん、大型の人に。ね、それでやってみてうまくできるといいな。こんな感じでお答えさせていただきました。そして今もいてくれるね。けまるさんのネガティブな質問ばかりすいません。私は悲しいことや腹が立つことがあると力が抜けて何もしたくなくなります。もう横になるしかしたくないのですが、こまりさんは嫌なことがあった時や家族と喧嘩した時等に作品作りやライブなどの気力はどのように出していますか？ハンドメイドは気持ちが作品に出てしまうので、そんなところも困っていますってね。このね、悲しいことが力が抜けて何もしたくなるのはすごい分かって、私過去にうつ病になってて精神科に通ってるんだけど、その時この状態だったからめっちゃ分かる。今はもう治ってるけどね。なんかもうこの時は横になるしかなくて、横になってやっぱさっきからよく言ってる好きなもの食べて動画とかね、見たいやつがもしあったら動画するなり、私ネトゲにハマっちゃったんだけど、うつ病の時に。とにかく自分が楽しいことだけを探すといいんだけど、家事とかね、育児とかあるから難しいんだよな。私の時は独り身だったから好き放題できたけど、そううまくはいかないよね。とにかく何もしないのが正解で、これはまず。で、その後ろの、嫌なことがあった時、家族と喧嘩した時とに、これがないんだよな。いや、私、3月に、ほら、メンタルやられてたじゃん。後からね、暴露したけど。あん時は、猫好きパワーを借りてたよね。猫好きをライブにも、猫好きを出すっつうか、猫好きを最後に呼んで明るく締めくくって、なんとか自分の気を紛らわそうみたいな。いろいろ工夫はしてたわけ、あの時期は。もう私の3月何してたんだろうね。怖くて見直せないや。なんか今ね、もうすごい嫌なことが起きない環境だから、あまり想像できないんだ。気力か。でも本当にね、いつか辛くなった時用にみんなにもらった手紙をしっかり、何のイベント、このイベント、何々オフとか言って、分けてあってファイリングして、これ辛くなった時読もうって取ってある。なんちゃら嬉しかった、もし嬉しかったさ、コメントとか DM とかねあったら、それをスクショしておいて、で辛い時に見るかなって思ってる。やばいやばい、みんなねコメントしてくれててありがとうございます。A 型だけどめんどくさい方結構いてるね、これね。そっか。いや、O 型だけってわけじゃないんだね。めんどくさがり仲間いっぱいって嬉しいね。今日はレジンはかどります。一緒にみんなと過ごせるってやる気出るんだなって再確認できました。よかった。私もよく夜更かしでレジンするけど、夜中ってただでさえはかどるし、みんなもやってるって思うとやる気出るよね。やだちょっと私さっきズボンチラッと見えてたらしい。変な座り方して見ないで。パジャマじゃなくて、これもうレジンでめちゃくちゃに汚れたワイドパンツって感じ。ないで膝見えたらしい。ベージュベージュ。3月はねマジきつかったよ。もうでも見直さない、辛いから。どうやって乗り越えたんだろうね。ひどかったよ、あの時期。もう今日スポンサーライブじゃないから好き放題言えるじゃんとか言って言わんけどな。あの時期は食べてなくて、もうチョコすら食べてなくて、2時間ぐらいしか毎日寝てない。ねっけ、何障害やっけ、名前忘れちゃった。なんとか障害になっちゃって、夜寝ようとすると、眠りに落ちる直前に、わーって叫んじゃって自分が。で、目覚めるんだよね。それで永遠に寝れないみたいになっちゃって、何日も。今治ったなぁ。
不思議な現象やった。でね、おかしかったね、あの時期。でもライブはちゃんとしてたね、ずっと。どうしたんだろう、私。どうやって乗り越えたんだろう、覚えてない。あ、ウォーキングめちゃくちゃしてたね。ウォーキング、我が家のウォーキングさ、猫好きパパと一緒にするねんけど、だから多分猫好きパパに愚痴りまくってたんじゃないかなって。で、愚痴りすぎて猫好きパパが病んじゃったんだよね。話聞いてて辛くなったみたいで。あ、適応障害、それ。適応障害になってたんだよ、あの時期。で、なんか、多分、話しまくってた。話してストレス発散してたかなって思う。だってね、私の大好きなお菓子すら食べれてなかったからね、あの時期。ホビーショー前に5キロ痩せちゃった。今はね、もう毎日食べまくってるよ、チョコ。どうやってたんだろう。ストレッチタイムを挟みましょうという、パジャマ見せようとしてるじゃん。ストレッチ。ストレスが一番毒だから遠ざけるしかない。そうやねん。でも生活リズム整えるの大事だけどね。そういう時って夜寝れないんだよね。さっきの私のやつみたいに。難しいねんな。悪循環が起きちゃう。だから、美味しいもの食べてとかさっきから言ってるけど、確かに3月は私食べれなくなっちゃってたんだよな。そこまで行くともうさ、時間がどうにかするじゃん、大体の悩みって。ガン待ちじゃないかな。私も不安障害と今戦ってますってね。もう今頑張ってる方いてるはずだし、時間が全部解決すると思うんだよね、世の中ってね。言うたらさ、ロスとかってあるじゃん。いろんなロスって辛いじゃん。あれも時間でもう完全には消えないんだけど、和らぐじゃん。時間待ちかなって思う。私もそのうち時間で消えてたからね。時間じゃない時間。ね、全然解決になってない。やばい。ちなみにどんだけその時期ですらレジンは楽しかった。だから相当レジンは性に合ってる私は。ちゃんとバリバリ作ってたその時期でも。苦じゃなかったレジン。でももしそれでレジンが空だったら休んでたんだろうなって思う。その時期ですら作品作るのは楽しかった。でもなんかレジン液ちょっと待って落ち着いて。何作ってたんだろう。いや、使ってたね。そんでも使ってたか。どんだけ好きだよな、レジン。そういうものがあるのが良かったんかもしれんね。お化粧の質問してくれてる。今つけてるよ。ワーサードのマグネットつけまつげを買ったのですが、違和感が半端ないです。どう？私今つけてるけど、これ。違和感する？うまくなじませるお化粧の仕方を教えてください。アイライン引いてるかな？アイライン。こっからここまで引いてみて。でも私化粧下手っていうかね、このコマリンライブしだしてから化粧しだしたぐらいだから、あんまりアドバイスする立場じゃないかもしれない。このつけまつげのつけるところが太いじゃん。そこに負けないようにアイライン引かないとバランス取れないよね、上と下に。ほら、ここのつけまつげの根元だけ浮いちゃうじゃん、多分。っていう美術感覚で化粧してるねんけど。で他の線もまつげの線だけが浮かないように他の線も太くはしてるって感じ。どうこれ。美術的考え方。日にち薬ね、日にち薬、そうそう。ちょっとおかしいと思った時は悩まず病院に行ってみるのも良いです。ね、結局、お薬、効くからね、気持ちを落ち着かせるのにね。こまりさん配信してると誹謗中傷あると思いますが負けないでずっと応援してますって優しい。ありがとうございます。慣れっこだね。誹謗中傷かに関しては今回のフォームにもいっぱい来てたけどそれは大丈夫って感じで行ってきますってありがとうございました。こっちがありがとうございました。いってらっしゃいませ。
こんにちはかな。今日はかな。元旦でも旦那仕事です。私が夜更かししてもお弁当あったら OK。今レジンやってます。いつもだったらネットの世界でおしゃべりしてます。現実に人と関わるのが苦手です。ネットなら大丈夫。今レジンが楽しみですって。でもさ、今ネットあるからさ、現実無理しなくていいよね。そしてレジンが楽しみということがやっぱ素晴らしい。そういうものがあるのがラッキーだよね。仕事なくて何もしないでいられるなら何もしないことを楽しむのも良いかもしれませんねって。ねえ。どうなんやろうな。これさ、あれかな、気分がへこんでレジンがごめん、最終的に、作品作りに出てしまうって書いてくれてるから、作品を作る気持ちになれないぐらいへこんじゃうことがあるっていう感じかなって思うんだけど、ねえ、そういう時は作らなくてもいいかなって思うんだよな。そうだよね。ハンドメイドは気持ちが作品に出てしまうので、そんなところも困ってますって。逆に、レジンでめっちゃ明るいの作って気持ちそっちに持ってくのはできんよね。それはな、さすがにできんもんな。私結構それできちゃうんだよな。だから花作品作って気分上げるみたいな。難しいよね。とにかく無理なくさ、この横になるしかない、したくないって横になっとくといいよ。時間薬だね、時間薬。もう全然アドバイスなんなくて申し訳ない。3月何してたんだろう。目線ありがとうございまして。めっちゃ褒めてもらえた。そう。いいよ、これ。頑張って化粧を覚えてる。ストレスはやばいです。うちも仕事と旦那がストレスで不眠症になった時仕事辞めて家出しました。家出しました。不眠症を治して家に帰るまでに1年かかった。そんぐらいかかるよね。私も、2、3ヶ月、どうやろうな、テレアポじゃないな、電話対応の仕事をしてて、で、昇給してクレーム対応に送られて2、3ヶ月で精神潰れて、治るまで3年かかったもん。2、3ヶ月でうつ病になったのに、治るまで3年かかった。だからね、脳の回復、時間かかるねん。アイライン強めニットって男性なのになぜメモをする。してるのか、化粧。コマリンさんに私が辛い時たくさん元気もらってばかりで、コマリンさんの辛い時に元気になるお返しできたらよかったなーって。でもね、私3月はもう出さないようにめっちゃ頑張っとってんけど、後から見ると結構超変な様子やったかもしんないなって思う。アイライン太く引くってより、このつけまと同じ太さになるように頑張ってるって感じ、他のとこも。上下と、でも下はちょっと薄くてもいいか。わからん、これが合ってるかも。夜眠れなくなったら即病院。睡眠不足だと病状が加速します。ね、やっぱり人間って夜寝るの大事なんだね、きっとね。私も適応障害&記憶障害があって記憶が飛ぶことあるけど、こまりさんに出会えて嬉しかったですって。わあ、記憶が飛ぶことあるんや。それやと、やっぱ、大変ってか困ること多いよね。みんなそういうの乗り越えてさ、楽しいこと見つけてね、できてて偉いよね。私、レジンの神に愛されてるから、レジンするために生まれてきてるもん、多分これ。だからどんだけ病んでもレジン楽しかった。おかしいと友達が分かってくれて病院に連れて行ってくれました。そうそう、それ周りの人結構大事で、猫好きパパをブラック企業から辞めさせたのも私なんだけど、おかしかったもん、様子が。今まで行ったことないのに電話でさ、辞めたいとか言って聞いたことない暗い声で言ってきたり、すぐに辞めろって言って、そっから電話してやめてよね、猫好きパパ。周りの人が気づかんとあかんよね、あれ。うつで5年間の記憶がないですって。わかる。で、私もうつの時の記憶全くないんだよね。多分ネトゲしてたんだけど、何も覚えてない。なんか脳みそが物理攻撃
食らってる状態だから記憶力とかも落ちちゃってるんだろうな。ストレスにやられると体も心も壊れるのですぐには治りません。普通の体に戻るのに3年半かかりました。もう年単位だよね、やっぱりね。結局今はストレスに弱い体になってしまいました。ストレスかかるとなんか症状出るみたいな。私も結局ジンマシンとかディオールで、根本的には弱いのかもしんないよね。何もしないことも大事ね。なんかしないかんって思っちゃう気持ちとかも焦りにつながるもんね、これね。落ち込んだりイライラしたり不安になったり、私は一人旅に出ましたって。すごいね。でもガチの状態になるとそれやる気出なくなるんだよな。うつ病状態だと出ようってまずならん気するよな。ひたすら寝てます。フロキャン、ご飯はお菓子で。ご飯お菓子わかる。でも本当はさ、そこでサラダとかさ、野菜とかさ、食べた方がいいんだろうね。食事とかも大事なんだろうね、本当は。そういう感じでさ、どんどん、だよね。悪いことが重なり続けて悪化してっちゃうんだよな。うつ病で3年休職してます。来月から復職チャレンジ予定だけど、ダメならダメで精神でいますって。そうそう、ダメならダメで。ね、その考え方も大事だよね。昔うつになった時、薬とともにとにかく好きなことをしなさいと言われました。こんなこと言われても初めは全く動けずでした。そうだよね。しばらくして薬で楽になったら散歩に行きたくなり、早朝に川や海に行ってぼーっとしてました。できることからでいいので、気が向いたらできそうならいいんですよって。そうだよね。さっきの一人旅に出るってやつも、ちょっと落ち着いてきたなって思った時に考えたらいいってことだよね。そうなるとね。でも考えられない時は、時間待ちになるんかな。仕事で寝れない時はコンシーラーとアイプチのお世話になりましたって。クマ隠しとかしてたってことかな。まつげ、好評で嬉しいまつげつけ。キラーストレスというものがあり死に至る場合もあるそうですよ。でもさ、小動物とかもさ、ストレスで死んじゃう時あるじゃん。そういうことだよね。人間もさ、強いストレスが加わると、そうなることもあり得るってことだよね。私もパニック障害とうつ持ってて、毎日薬を25錠読んで、25錠、25種25種の値段とか普通に生活してますって。そっかー。ね、生活できるだけで毎日が楽しいから怖がらないで病院に行ってほしいですって。ね、でも生活できるだけで楽しいって思えてるのが偉いよね。もうそこまで頑張ってて偉い。頑張ってて偉いと言いつつ、これあれでしょ。頑張ってって言っちゃダメなんだよね。よく言うよね。難しいよね、ここのとこが。伝え方が。やばい、私チャット読むのめっちゃ遅くて、すごいみんな体験談書いてくれててありがとうございます。ね、やっぱ普段さ、自分の SNS とかには書けないけど、そういうのを持ちつつね、頑張ってる方もいるよね。こんだけ明るい私ですらなってた時期あるからな。ね、いろいろ書いてくれてる方もありがとうございます。ライブになって読ませていただきますね。で、これでも結局、解決法が出せてない。聞いていいのかな。昔の動画ってずっと残ってるのかなって。難しいねん。ちょっと消そうかなって思ってるやつもある。なんつうやろ。もう使ってないやつって言ったらいいんかな。なんか何個か消そうかなって思ってるやつはある。これ聞いても大丈夫。今日はスポンサーライブじゃないので大丈夫ですって感じ。はい、整頓しようかな。2026年になったし整頓しようかな。そういうのもありかもしんないね。そうそう、生きてるだけで偉いよね。あとさ、今、大体の人が家とかお出かけ先で見てくれてると思うけど、家に暮らせてるのが幸せかなって思う。ほら、入院中の方とかもこの前ねコメント書いてくれてた方もいてるしさ、言うたらアフリカのさ子供たちとか外で寝てるじゃん今。
て思うと、もう家で布団で寝れてることが幸せだなって思う。あ、今起きました。年明けてたーって。おはようございます。明けましておめでとうございます。ね、でもそうそう、頑張ってない人っていないもんね。だから頑張ってって言ったらいかんねんけど、ありきたりな言葉出ちゃうから難しいんだよね。難しい。無理しないでっていうのがいいんかな、一番ね、これ。あ、今起きてくる方がいっぱいいてる。解決方法は、こまりさんの配信を見る。コメントでこまりっこさんと交流する。もうそれでかなり良くなりました。皆様ありがとうございますってよかった。ねえ、そういうのがなんか支えになってたら嬉しいな。とにかく無理しないでほしいよね。そして時間でね、なんとかなるからね、ずっとこのままじゃないんだよね。うつ病になってる最中ってもう永遠に一生このままだろうなって思っちゃうんだけど、マジで時間すごいから、時間薬大丈夫なんだよね、これ。というね、全然参考にならなくて申し訳なかったんですが、今ね、チャットにいろいろ書いてくれてた方がいてて、みんなやっぱ、さ、日頃はさ、明るかったりね、元気な方でも、裏ではね、頑張ってるんだなって思うから、みんな頑張ってるっていうかね、いろいろ乗り越えてるから、ね、そういうの励みにしていきましょうね。やべえ、2時半になるだってやばい。あ、でもね、もう終わる。あと2個で終わっちゃうから、じゃあ読んじゃおっかな。ね、明けましておめでとうございます。あと2個でした。で、続いてが、湯沢屋さんがシンプルな形のモールドたくさん安く出してたので、ほぼ全部買いましたって、あ、すごいほぼ全部買ってる。すごいね。あ、ごめん。これ最後だった。これさっき読んだやつがなぜかついてた1個。こちらが最後ですね。むずいやつだった。これ、私まだ考えてないやつだ。やばい。こまりさん的2025年ベストバイなものを知りたいです。個人的にはモールド、作品、道具が知りたいですが、食べ物など他のものもあれば知りたいです。やばい、むずい。あれでしょ、これ買うといいよってものだよね、ベストバイって合ってるこれで。でも真面目に考えると、ちょっと先読みになっちゃうんだけど、先のことなんだけど、1月に、今もう先行販売で、ハンズで販売してたけど、これ出るじゃん。これマジでおすすめで、私、2025年、今まで金属ヒートンだったのが、透明ヒートンに変わったんだよね。透明ヒートンめっちゃ良くて、何がいいかって、まず、金属と違ってデザインの邪魔しないわけ。みんな、ベストバイ聞いてみたいって言ってくれてた。デザインの邪魔しなくてすごい良くて、しかも強度もあるしね。でも途中から私金属のヒートンほとんど使わなくなって全部これになっちゃったんだよね。そんぐらい気に入ってるから、これはやっぱ出たら買うべきだよ。ちなみにこれコマリンレジン初モールドだからね。これはマジで買う方がいいよ。で、今までさ、モールドの隅とかに1個だけちょこんってついててさ、私それ気に入ってるからそこばっか使ってたら、マットになっちゃって、こればっか作ってるから、モールドは綺麗なのにここだけマットみたいな、そんなモールドばっかりだったんだよね、今まで。これがね、ついにこれが出たんで、振りまくりたい。これはベストバイ。だけど、これじゃなくて、ちゃんと可愛いやつ。なんだろう。難しいね。インスタ見ていいかな。だって私後半のことしか覚えてないんだもん。インスタの前半を見よう。気に入った。コロクマかな。コロクマ。だってこんなに買ったからね。やばい、こんなに買ったのに全然作ってない。コロクマ気に入りすぎて、モールドなくなったら嫌だなって思って、グリーンオーシャンで販売すぐ終わっちゃって、
シークレットガーデンさんしか置いてなかったから。ほら、コロクマモールドをね。コロクマじゃない？でもね、これ結構ローガンズの方たちはメメつけるの厳しいって言ってるから、ベストバイって他人に勧めるよりは自分がめっちゃ気に入ってるって思ってる。コロクマ今一匹もいないんだよね。また作らなきゃ。ちょっと季節外れだけどクリスマスのコロクマちゃんだけど、何人かいてるやん。また作らなきゃコロクマ。コロクマ。まだいてた何人かよかったね。かわいいね。ベストバイって、自分的ベストバイかな、これ。ちなみに、これ使うと目入れるの簡単らしい。まだ私やったことないけど。この、目ん玉フォローつけると使うと楽らしいから、今度からそれでやろうって思ってた。コロクマちゃんは多分、シークレットガーデンさんで売ってるかな、まだ。グリーンオーシャンさんはもう仕入れないって言ってた。理由があって仕入れないらしい。福袋入らないし、グリーンオーシャンさんからもう販売されないから、紹介するときいつもシークレットガーデンさんのページ貼ってる。他は、振り返ってる自分の投稿。ベストバイでしょ。待って。多分もうモールドじゃないな。モールドじゃなくて、日頃使いまくってるものなんかあるかな。フジオとフジコは2025じゃなくて、去年から、もっと前から使ってるもんね。またもう、そうかな。これめっちゃ使うなってものなんかあるかな。ミヤも前から使ってるしね。なんかあるっけ？ゲルクリーナーももっと前から使ってる気がする。待って、レジン飛び出していいかな？レジン飛び出して。なんだっけ？なんかあるかな？明けましておめでとうございます。ワッフルモールド来ました？ワッフルモールド届いてる方多いね。すごいね。明日届くって方もいてるし、年末年始も関係なくレジンとかすごいね。配送業界の人たち大変だね。だよね。シークレットガーデンさん売ってるよね。うわー、どうしよう。コードレスのライトもめちゃくちゃ使ったな、これ。てかもう14個ぐらい買っててやばい。ワークショップで使ってるせいもあるけど。14個ぐらい持ってる今。すごい気に入ってる。これ。ただ、充電分かりやすくしてほしい。充電終わったの分かんないとこだけ。それ以外はめっちゃ気に入ってる。こうやってさ、持ち運ぶときぺったんこにするとね、絶対光らないんだよ、これ。すごいでしょ？それもすごいよね。これマジで気に入ってる。レジン以外はなんだろう。でもね、私、お菓子に関しては、今年はずっとオフラインイベントしてたから、もうコマリッコさんにいただいたものをずっといただけたんでね、今年1年、ほんとありがたいことに。自発的に買うことあんまなかったんだよな。なんかあるかな？商品などなど。もう思い出したらありそうで悲しい。ちなみに皆さんが今年買ったものでもうおすすめしたいぐらい気に入ってるものあるかな？ちなみに去年でよければマジでビオスリー勧めるからね、これ。ただあれ、全く出なくなったからね。毎年めちゃくちゃボロボロになってたのに、冬。これはマジでおすすめ。超腸内環境を変えるってやつね。他になんかあるかな？言うたら、まつげもおすすめかも。さっきからの、和ソドやっけ？ボサドかな？いいよ。あとは、なんかあるかな？ババアの粉いいよ、ババアの粉。SNS でバズって、ババアの粉って呼ばれてる化粧品のおすすめになってきちゃった。これやっぱいいね。バズってるだけあって。くすみにね、住んでるとこに刺さって塗ると
ふわーんってなる、これ。これは、さすが、売り切れ続出、人気なだけあるで、これ。なんかこの辺に適当にこうやってやると、よくわかんないけど、くすみ消える。あとは、今日からこのファンデーション試してる。いいかはまだわかんない。どうかな、ちょっと待って。あ、いいかもしんないね。カピカピが浮いてきてない。これもまた、私、アホだからね、SNS でこういうステマかもしんないやつが流れてくるとすぐ欲しくなっちゃって、化粧品めちゃくちゃ買ってるんだよね。なんて読むんだろう。チルかな。これ今日から使ってみた。なかなかいい感じ。合ってそう、自分に。ファンデーションも5種類ぐらい買ったな、今年。充電がわかる仕様でコマリンクマバージョン欲しいって言ってくれてる。ね、充電わかるようにしてほしいよね。パナソニックのコリコランって何？コリコラン 3D ワイドおすすめです。肩こりと頭痛がめっちゃ緩和しましただって。コリコラン。あ、マサルの持ってもね、いいね。マサルの持っても。コリコラン。なんじゃこりゃ。中波。アブトロニックの肩バージョンみたいなやつってこと？わ、高い！すごい！ 5万もする！すごいね。でも肩こりとか頭痛持ちの、肩こりから来る頭痛持ちの方には良さそうだね。やっぱ、お値段高いものって、相応に効くよね。初見さんがコメントしてくれてた。初見です。心地いい声で癒されます。内容もちょうど回復期の私にとって皆さんのコメント見て、同じ境遇の方がいて心の支えになりました。ありがとうございますってね。いやー、こちらこそね、初見コメント勇気いるのにわざわざありがとうございます。ずっと解決できないことがあるのですが、適応障害うつになる前の明るく繊細なことでも楽しいと思える感情が発症後にできなくなってしまって、昔の感情をもう一度味わいたいのですが、感情が薄くなってつまらない日々でした。それ治る。時間マジで。大丈夫。なってた。よく猫好きパパ付き合っとったよなって思う。私に、あの頃の。反応超薄かったね、あの頃。で、これ、もう物理ダメージなんで、心の病気じゃなくて、脳みそが物理ダメージ食らってる状態なんで、治るのに時間かかるんだけど、戻るから大丈夫、絶対。多分過去にね、なってる方も同じ回答するんじゃないかな。治ったっていうか乗り越えた方はね。カービィちゃんのぬいぐるみはね、どっちかっていうと猫好き妹がすごい気に入ってる。私も気に入ってるけど。カービィはすべて似てる。ババアの粉マジでいいよね。本当にね、うまいこと消える。ティル合ってた。ずっとコンタクトだったのですが、メガネに変えました。楽だし節約になるからなんで今まで使ってなかったんだろうって感じですって。すごいね。メガネの方が楽だよね。私はね、普段メガネっ子なんだよね、普段はどこにあるメガネ？今つけたとなんか大変なことなんだけど、普段メガネしててこんな感じで。普段メガネで、何も見えんかった今つけたら。で、こういうイベントとかさ、ライブの時だけワンデーの使ってるよ、こういう。ワンデーアキビューの、ちょっと色ついてるやつかな、これ。めっちゃ目悪いから。ほら、こんなやつ。こんなんつけてる。ワンデー。目がね、楽ちんだよね。でもさ、裸眼になるともう、何も見えなくなるわけ。すべてがぼやけてる世界になっちゃう。しょうがないよね。コリコランは高周波治療器だよね。すごいアブトロニックっぽい見た目の気がした。
あ、いや、メガネ、褒めてもらえてる、嬉しい。なんで結局ベストバイはなんだっちゅう話だよね。どうしよう。いや、絶対なんかあるのに。夢暖房は去年だし、3代目追加したの去年だし、今年買ったものだよね。食べ物。あ、セブンイレブンの、あれにハマったな。セブンイレブンの名前出てこい。春雨みたいなやつ。春雨何？あ、中華春雨みたいなやつにめっちゃハマって、ワークショップの前絶対食べてた。すんごい美味しいんだけど。待ってね。なんて出てくるかな。私が住んでる周りセブンイレブンばっかりなもんで、あまり参考にならないな。あ、これ。そうかな。あれこれやっけな。あ、違ったっけ？あ、これの気する。これかな。あ、眩しい。これかもしんない。これみたいなやつにすんごいハマって、いっぱい買ったね、今年。春雨サラダ。めっちゃ美味しい。違うかな？こっちかな？これかもしんないけど。よくわかんないけど、セブンの春雨がめっちゃ美味しくて、すごい買った今年。アイケアってなんだろう？アイケア何もしてない。目のケアってことかな？何にもしてないな。3歳よりメガネですってすごい。今でもね、昔よりメガネの子めちゃくちゃ増えたよ。小4の時に半分メガネしてたよ、姉ちゃんのクラス。外出時だけコンタクトですが、最近コンタクトだと近くが見えません。近く見えないやつってローガンズってことかな。あ、セブンのホワイトラテも美味しかったけど、さすがに先週過ぎて、ずるいよね。最近だから。コンタクトにしたいけど細胞少なすぎて、ドクターストップかかりましたってなんやろ？目の細胞とかあるんかな？なんか思い出したら美味しいものいっぱいありそう。やばい。なんかないかな？あと、ウォーキングのお供に黒酢ドリンクをめちゃくちゃ買ったね。今年多分50本ぐらい買ってるんじゃないかな。パック、これ。蜂蜜黒酢ダイエットってやつ。これ飲むと喉痛いんだけど、ウォーキングのついでによく買ってた。体に良さそうだから。でもベストバイと言ったらベストバイってわけでもないか。ウォーキングのお供みたいな感じで。あ、こんばんは。遅れましたが、今年もよろしくお願いいたします。睡眠障害っぽい私ですが、去年は毎日こまりさんの癒しボイスで寝てましただって。よかった。睡眠障害大変やけどね、お手伝いになってて嬉しいな。今年もたくさん配信アーカイブ聞きますってね、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。老眼のコンタクトってやつがあるんや。もう全部見えるやつ欲しいよね。セブンのスムージーにハマった28歳。スムージーって何やっけ？ジュースのトロトロしたやつかな。黒酢って体に良さそうでいいよね。こまりさんもおっしゃってましたが、私も今精神的に落ちた前のように、もしかしたら何か振り切れたのか、前よりも感情は豊かになった気がします。怪我した時みたく精神的にかなりダメージがあったようで、回復には時間が必要でした。参考になれば幸いですって。そうだよね。戻るんだよね、絶対。ただかかってる状態になってる時は戻らない気がしてたまらないだろうし、私ももうずっとこの感じなんかなって思っとったけど、戻るんだよね、それがね。なんで乗り越えてくださいと言いたいよね。レジで混ぜるやつなんだ。やばい、ベストバイが絶対あるのに出てこない。
何かあるはずなんだよね。これめっちゃいいじゃん。これ持っててよかった。これ買ってよかったってものが何かあるはずなんだけど、なんだろうな。なんだろうな。何かあるぞ、絶対。出てこない。どうしよう。脳トレだ。新年初の脳トレ。一番買ってよかったものを思い出せ。食べ物は、でも2025年ってのが難しいよね、これ。マイクはね、まだよくわかんない。よかったのか。設定が終わってないから、もっと、後にわかるかも、買ってよかったかは。漢字ドリルは実は、1年前だよね。2024年の気がする。モアリップは、まあ、一瞬で治っちゃったからな。よかったか、そういう意味では買って。生活が快適になるものって感じだよね。なんかあれ、ね、ある気がするんだよな。テプラも良かったな。パソコンはね、今年かもしんない。買ったの。引き出しも結構気に入ってるけど、ベストではないんだよな。黒白グッズも別にベストではないよね。牛タンはマジで美味しかった。でもテプラありかもしれない。テプラそうかもしんない。最近自分の販売作品ほとんどテプラ使ってるもんね。そういう意味ではテプラかもしれない。ベストバイ。もうめんどくさいか、一回テプラで。2025年ベストバイはテプラでした。テプラでしたってことにしちゃおうっと。でもテプラ本当に買ってよかったよね。何でもかんでも使ってるし、今。結構ね、いろんなパターン作ってるよ。ただ、最近気づいたんだけど、テプラってシルバーのテープがないんだよね。てか、過去に販売されてたっぽいんだけど、今はもう売ってないみたいで、販売ページみたいなとこ行っても、どこも在庫切れになってる。本当はシルバーの文字作りたいのにさ、シルバーがないんだよ。これ。今年の目標は、販売もっとしたい、販売。去年マジでできなかったから。販売したい。みんなでベストバイ探し当てるゲーム始まったけど面倒なってすぐ決まっちゃった、これ。私は電気毛布がベストバイでしたって。何それ？電気毛布ってあったかそうだね。喘息持ちで冬場は加湿器必須なんですが、とにかく掃除のしやすいものに買い替えて、カビの不安もなくなりベストバイですって。私今まで加湿器結構いろいろ買ってきたけど、基本手入れしないとカビついてめんどかったな。見にくいやつであるんや、今。お気に入りモールの上位3位むず。1位はもう序盤に話した琥珀糖だよね、間違いなく。2位が、もうダメだ。最近のやつしか出てこないもんね。絶対気に入ってたやつ。琥珀糖はぶっちぎり1位なんだけど、それ以外がむずい。シルバーない。白にしようかな。銀ないよね。販売待ってますって嬉しい。そう、もう全然ね、去年作れなかったからね。メーカーから出てないんだ、そもそも銀。あれモノタロウにあった気がしたねんけど。で、終了してるんかなって思ってた。出てないんかな。みんなでキングジムに圧かけよっか。シルバー欲しいですって。で、他のカシオのネームランドとかはシルバーあるのにね。なんでテプラだけないんだろう。私のベストバイは、マグセーフのスマホケースです。スマホケースか。グリーンオーシャンのちっちゃい朝食カップ、確かに、すごい使った数で言うと。やばい、絡まってる。よくわかんないことになってる、これ。
ほら、もう、クラッカーと、ね、クラッカーと、これが絡まって、わあ、マドルディも、マドルディが吊り下げられてる。ちょっとマドルディが吊り下げられてもうめちゃくちゃになってる、これ。よくわからんもんできちゃった。クラッカーの紐と、電球の紐とマドルディが絡まって、よくわからないもんできちゃった、これ。かわいそう。どうにかしてあげたいけど、よくわかんないことになってるな。シルバーだけ欲しいよね。あ、シマエナが完成しましたって。おめでとうございます。すごーい。そして、今来てくれる方もありがとうございます。明けましておめでとうございます。わなちゃんが、わかった。頭にアフロとか言って乗せてたから調子に乗ってね。かわいそう。誰か、助けてー。わにゃわにゃわにゃ。撮りたいのに撮れない。うん。頑張っちゃった。可愛いからこのままにしとこっか。ね、ということで、2時ぐらいまでという予定でしたが、気がついたら3時になっておりましたね。こんな時間までお付き合いいただきありがとうございました。このクラッカーの残り2個はまたどこかで、すごいめでたいことがあった時に鳴らすね。だから常にコマリンライブ中待機しておくね。いつでもクラッカー鳴らせるように。うん。助けてー、助けてーってなってる。かわいいね。後で救出してあげようっと。ということでね、年越し配信、これにて終了したいと思いますが、一応本日の20時から、花やります。花レジン一発目は。で、セリアからモールド出たんだよね。明日あれ今日木曜日だよね。明日セリアの新作モールドやろうかなって思っておりますので、よろしくお願いします。楽しんでいただけてよかった。ありがとうございました。でもさ、全部を解決できてなくて申し訳ないんだけどね。チャットとかでもさ、一緒に考えてくださった方もありがとうございました。そうそう。ね、先生もそうおっしゃってましたが、半信半疑だったので、このような機会で希望が持てた気がしましたって。マジで時間が一番の治療薬らしい。ね、もう Google で調べるといい。時間が一番の治療薬って打ち込んで調べると、それっぽい説得力のある文章がいっぱい出てくるねん。それでも信じていいと思うんでね。頑張って乗り越えてくださいね。とにかくゆっくり無理なく過ごしましょうね。花レジン、お楽しみに。クラッカージップロックに入れる。そうなの？入れとく。そうなんや。クラッカーってジップロックに入れて保管しないかんねや。いや、こちらこそ遅い時間まで本当にありがとうございました。お付き合いくださった方もね。無理なく寝てくださいね。私も昨日5時に寝たんで、今日もそんぐらいまで起きてると思うんですけど、そんな感じで、寝てしまってたーって、おはようございます。起きれてよかった。おはようございます。今日木曜日やねんな。感覚おかしくなるよね。すごい、鐘をつきに行った方もね、おめでとうございます、鐘。はい、ありがとうございました。ということでね、この配信生で見てくれた方も、アーカイブで見てくれてる方もね、もうこの配信を見たからに2026年いいことが絶対起きます。ので、ね、この調子で、楽しく元気にやっていきましょうね。楽しんでもらえてよかったです。ありがとうございました。じゃあ今日の夜20時またお時間の方はお待ちしております。ね、今年もよろしくお願いします。じゃあまたね。バイバーイ。あわよ。ここや。よし、じゃあね、バイバイ。あわよ。